Also, the only character I've ever wanted in Smash Bros. Watch out for falling cows. So, はい。 anyway, ではお待 the たせし marble ました。引き the 続 marble き of the screen 司 made 会 it はフゲ outside ラ is でお now 送りし rolled ま out of す。my home and said で、 now 続 we い can て have a のゲーム prize ですが、 segment 黄 when 金の Mr. 太 Gave a 陽 shout. 失われし Take 時 it 代 away, shout. カ I テゴリが definitely agree. Any%、ノーセンブクワイトですね。Thank you, LLK. I am reasonably 少 confident 々お that 待ち that ください。 screaming man may in fact be the は producer. い。では、 Good 解 morning, 説 everyone, の方いらっしゃっ and ており welcome ま to す。 Summer ライザ Games さんです。 Dust よろしくお願いしま 2021す。 online. I am Mr. Game and Shout, and I am going to take a little time right now and show you some of the awesome はい、 prizes 皆 that さん、 we こんに have ちは。解 available 説のライ for ザ the と申しま next す。 couple of runs. They opened up これからあ、黄金のよろしくお太陽願いしま just す。a お little bit 願 ago. いし They're ま going to す。 run はい、 all 失われ the し way through 時 that の massive golden sun 解 run 説 and を finish 担 up 当さ with せていただきます。 GeoGuessr よろし right くお願いし after. ます。So, all of these ではま prizes are ず、 available to 簡 win 単に now. 自己紹 To 介 find か out ら more ですか details ね。 about these prizes and other prizes は we い、 have ど going う up, ぞ。as はい。 always, you can head over to the 前 website 回の AGDQ で games.quick.com. 行われた You 黄 can 金の click on 太 the 陽開かれ prizes し link in 封 the 印 top の left of the screen. まあ Should be RTA right 経 about up 験があ there. りまし That て、will give you all the まあ、1 information 月の you need to find out. AGDQ で解説させていただきました。まあ、今回、その続編で失われし時というタイトルなんですけど、まあ、RTA はあんまり、まあ、思想をしたことある程度なんですけど、まあ、完全に続きものなんで、まあ、続きで解説させていただきたいと思い、応募させていただきました。まあ、6時間という長いんですけど、まあ、よろしくお願いします。コメントでも盛り上げていただけたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。ではもう引き続いてゲームの概要についてお願いします。はい。じゃあまず、ゲームの解説からいきたいと思います。まあ、黄金の太陽シリーズは現在3作発売されており、今回走られる黄金の太陽失われし時は、まあ、先ほども言いましたが、シリーズ2作目にあたります。開発はキャメロットで、日本では2002年6月28日に発売されたゲームボーイアドバンスのソフトの RPG ゲームです。まあ、当時、任天堂の対策 RPG っていうのは少なかったので、まあ、任天堂初の本格 RPG を作ろうという試みで開発されていたそうです。今回2作目ということで、本当に1作目の終わりた時点から2作目がスタートしているので、まあ、本当に続編というかもう完全な合わせて1作みたいなイメージで見ていただけるとまあ分かります。まあ世界観なんですけど、この世界は地、火、風、水の4つのエレメントが元にできてまして、まあ、そこにエナジストと呼ばれるエレメンタルの力を利用できる人々が存在している世界です。かつて世界はエレメンタルを利用した錬金術と呼ばれるものによって繁栄していましたが、この錬金術はあまりにも強大すぎて封印されていました。主人公たちの故郷であるハイティア村という村が錬金術の封印を守る一族がいて、錬金術の解放の鍵となる4つのエレメンタルの灯台を灯すアイテムを守っていたんですけど、前作ではその灯台を灯すのに必要なアイテムがサティロスとメナージという2人組によって神殿から強奪されたところから始まり、灯台の天下とさらわれた仲間を灯台の天下を防ぐこととさらわれた仲間を救うためにロビンたちが旅に出て、水と地面の2つの灯台を灯されてしまいましたが、なんとか敵の2人組を倒したというところでエンディングとなりました。今作ではさらわれた仲間たちの方に主人公が移って物語が進行しています。前作のラストでもちょっと出たんですけど、さらわれた仲間たちはなぜか灯台を灯す側について、これからも灯台を灯していくということで終わったんですね、前作は。なので、今回は灯台を灯す物語として進行していきます。その理由というのは、おいおいということで、ストーリー解説はこんなもんですかね。ちょっと前作を知らない人にはどうしてもわからないところとかあるかもしれないんですけど、長い RTA なんで適宜解説ができたらいいかなと思っています。あと僕のストーリーの記憶が曖昧かもしれないので、その辺はちょっとコメントでも解説していただければ嬉しいです。ではちょっと RTA の話に移りますが、まず気になってると思うんですけど、エスティメイトタイム6時間6分ということで、先ほど聞いたんですけど、今回のイベントで最長の他のやつの2倍ぐらいの
長さがあるということで、大変長時間の RTA なんですけど、できればお付き合いいただければなと思います。で、奏者さんは世界記録ホルダーで、前回の開かれし封印も走られた方で、その方の自己ベは5時間29分です。5時間半どころか、6時間を切るだけでも最近まで早いと言われていたんですけど、それでさらに5時間半を切っているという、驚異的な速さを誇っていて、もう7年ぐらい前からもう日々研究みたいな感じで、もう日進月歩にいろんなところが更新されていってて、その結果、プレクサさん、今回の奏者さんは、あらゆるカテゴリーでワールドレコードを取っていますね。それで、そうだ、ノーセーブ&クイットというカテゴリーなんですけど、これは、いわゆる普通の any% のことなんですけど、セーブ自体が罪ではなくて、セーブをしてタイトルに戻ってから始めるという行為が結構容易に乱数調整をできる要因でありまして、あんまり乱数調整をせずに、真っ向にその敵の AI とか、エンカウントとか、そういうのと戦って普通に最初から最後まで通すというのが、2% のセーブ&クイットなんですね。グリッチはバンバン。禁止というか、リセット禁止という感じですかね。そうですね。どっちかっていうとリセットがいけないことなんですね。セーブは多分今回もイベントなんで挟んでいくんじゃないかなと思います。前回もちょっとセーブしていたところがあったので。なのでセーブを縛るというよりかは、リセットを防ぐみたいな、そういう意味合いですね。で普通の any% というカテゴリーもあるんですけど、その any% はもうバリバリ最初から最後まで乱数調整をして通せるようになってしまっているので、それもプレクサ氏が世界記録を持ってて5時間を切っていますね、そのカテゴリーでは。そのカテゴリーはもうなんか精密に再現をするというゲームになってしまっているので、普通の any% といえば、こっちの any% のセーブ&クイットを指すことになります。乱数調整禁止と言ったんですけど、開幕でちょっとファイルを作るときに乱数をいじる小細工があります。のでそこはそういうルールなのでありということでなっていますね。はい、では、こちらですね、ビット王は、定められてまして、かなり多くなってますね。で、9つあるんですけど、ほとんどが、キャラクターのニックネームについての投票になっています。はい、1、2、3、4、5、6、7キャラクターですね。各キャラクター、まだ投票続いていると思います。で、残り2つ、あるんですけど、多分達成できないんじゃないかなという学区になっています。なるほど、そうなんですね。一方がデュアラハンスーパーボス。これは何ですか？デュアラハンっていうのは、最強の裏ボスでして、結構みんながトラウマになるレベルに強いという裏ボスです。それに挑むんですかね。ちょっとどのデータで挑むかどうかは分かんないんですけど、それを倒すというヒットだと思いますね。ただ、5万ドル目標で1万ドルの状態ですね。ちょっと厳しいかなと思います。ただ、6時間あるので、もしかしたら時間中にっていうこともあるかもしれないですね。はい。で、もう一つが、メイククライデンアングリーですね。これ、ちょっと、はい、調べたんですけど、あんまよくわかんなくて、直接聞けたらよかったんですけど、ちょっと直前に見てしまったんで、
わかんないんですけど、クラーデンっていうのは、スクレーダーっていう日本名で、仲間のおじいさんなんですけど、おじいさんを怒らせるってことなんですね。なんかそういうイ説ベントが、明的にはそんな感じですね。そういうイベントがなんかあるんですかね。ちょっとどれを指しているのかわかんなかったんで、なんか有名なイベントがあるのか、何かあるのか、ちょっとすいません。把握できていないです。もしかしたら奏者さんが好きなシーンとかかもしれないですね。ちょっとコメントでも分かる方がいたら教えていただきたいなと思います。申し訳ないです。調査不足で。いえいえ、ありがとうございます。長丁場ですんで、はい、大変だと思いますが、よろしくお願いします。はい、できるだけ力尽きないように、ちょっと休憩とかは生かしていただくんですけど、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっともうちょっと時間ありそうですんで、このイベントについて、紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では現在、ジャパニーズリストリームでは、海外オンライン RTA イベントのサマーゲームズダウンクイック SGDQ2021 の様子を公認で日本語ミラー配信しています。サマーゲームズダウンクイック2021とは、ゲームズダウンクイックというチャンネルで行われているオンラインチャリティーイベントです。ゲームのやり込み要素の一つであるリアルタイムアタック、通称 RTA、海外ではスピードランと呼ばれてますね。これを視聴していただくことで寄付を募っています。今回集まった寄付金は国境なき医師団に寄付されます。国境なき医師団は独立、中立、公平な立場で医療・人道援助活動を行う民間非営利の国際団体です。また寄付と関連して特定のゲームには高難易度の変更やエンディングなどの選択等が予定されており、各項目ごとに設定された目標寄付金額を達成した際に行われます。また、先ほど説明もありましたが、寄付金額を表に見立てたビットウォーによってキャラクター名や選択肢などが決定されることもあります。寄付に対する報酬は、また、リンクからご覧いただけます。また、SGDQ の寄付ですが、サイトから直接行うか、GDQ の Twitch チャンネルや Bits へとサブスクライブを行うことで可能です。また、イエティやファンゲーマーにて GDQ 公式グッズを購入することで間接的に寄付が可能です。直接の寄付はカードによってできないこともあるようですが、ぜひチャレンジしてみてください。ジャパニーズリストリームではこのような海外のスピードランイベントも今後ミラー配信する予定です。Twitter や Twitch チャンネルのフォローもよろしくお願いします。Welcome back to Summer Games Done Quick 2020. We are about to go to a Twitch ad, but this いや、 is もう my そろ last そろ ship. 始まりそうですね。It's been great. Keep donating. Let's get that Dullahan fight in. I leave you with this final donation to read. Dr. Gunn sends $25 and says, ビットの説明で、仲間7人って言ってたんですけど、主人公を入れて仲間は8人いるんですけど、主人公の名前はちょっと乱数に関わってくるところがあるため、おそらく、あらかじめ決められた名前を入力するのだと思います。それで引き継ぎ要素っていうのがあって、前作からパスワードを入れると引き継ぎができるんですけど、今回はそれは使わないカテゴリーですね。それで、具体的に引き継げる要素に、大事なのがジンっていうエレメンタルの精霊で、この作品の肝となる、アイテム、精霊なんで、アイテムというのもあれなんですけど、それが前作から引き継ぐのに大切なんですけど、引き継がなかった場合は、仲間になった時にランダムで決定されるんですね。このランダムであるとちょっとクリアが厳しいんですよね。やっぱ欲しい陣がいないと結構厳しい戦いになったり、作戦が定まらなかったりして難しいんですね。しかも合流するのがおそらく4時間を過ぎたあたりから合流するので、それじゃちょっと RTA にならないので、その合流した時の陣の乱数を固定化する方法が編み出されてまして、それを名前を決める前にちょっとガチャガチャと
俳句をして調整するところから多分始まると思うので、まずそこが見どころかなと思います。今ちょっと補足されていますね、ビットボードの内容。海外ウィキによると、船入手までのストーリーの選択肢を特定の順で選ぶと、レムリア到着時にスクレーターが起こるイベントが発生するということで、これのことを指していたようですね。ありがとうございます。ありがとうございます。このイベントは僕はあまり知らなかったので、楽しみですね。英語なんで分かんないかもしれないですけど。寄付額もどんどん上がってきてますんで、もしかしたらいけるかもしれないです。そうですね。6時間あるんで、なんかいけそうな気がしてきますね。こちらの方は3000ドル目標で今、1840ドルですね。やっぱり海外、日本でも人気だと僕は思ってるんですけど、海外ではさらに人気で、約2倍ぐらいの売り上げがあるらしいですね。ゲームボーイアドバンスのソフトなんですけど、Wii U でバーチャルコンソールがあるので、ぜひね、やったことないという方は Wii U で入手していただければいいかなと思います。All good, let me know when I'm live. 6時間ですので、4時前頃までありますので、皆さんご注意ください。Alright, hey everybody, welcome back to Summer Games 2021 online. 平日なんで無理なくお付き合いいただけると、本音を言うと僕は無理をしているので、皆さんも付き合っていただきたいという気持ちがありますが、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。最後まで見ても損はない面白いゲームだと思いますね。本当に。Gotta see that super boss fight. Let's get this train going. Indeed, let's get that train going for the super boss. If you want to see Dullahan, that is happening around the middle of the fight. We are currently at $12,405 out of the 50,000 needed to hit that. So you're definitely want to go and get that one through. But we got another couple in here as well. We got a massive $250 donation from Anonymous that says, let's get that Dullahan fight. We don't want just Satoros and Minardi to have issues, or do we? Let's find out. We got a $25 donation from Michael that says, let's get the Golden Sun incentive. We've also got a $50 donation from Error that comes in and says, gotta donate for Golden Sun. The Lost Age was my first Game Boy Advance game, and I spent countless hours with it. Best of luck to the runner, and let's go kick Dullahan's butt. And I have just been informed, folks, that we are ready to go. So without further ado, get ready to enjoy some Golden Sun, The Lost Age. Whoa, hey guys. I am Plexa, and I'm here running Golden Sun, The Lost Age. One of the critically acclaimed GBA games, one of the best on the console. データが何もない状況から始めるのがランスの固定に重要なので、多分データを消します。そのランス調整の仕方なんですけど、名前を消す、名前を選択画面で名前を消すっていうのが、ランスが動く要因となってまして、
ガルシアの名前を消す、ロビンの名前を消すというのが、を組み合わせることで、まあ、乱数を調整してるんですね。具体的にはガルシア、ロビン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 、ガルシア、ガルシア、ロビン、ロビンの順で名前を消すのが狙い通りですね。ガルシア、ロビン、でまたガルシア、といった具合で、ロビン、ロビンか。といった具合で、まあちょっと何やってるか分かんないと思うんですけど。まあこんな感じで、まあ、本当にどうやって見つけるんだって感じなんですけど、まあ、本当に細かい研究がめちゃくちゃ進んでまして、このゲーム。まあ、日本ではいないんですけど、海外は本当に奏者がいっぱいいて、本当に細かいバグで、ちょっとずつ短縮した結果、まあ、5時間半でクリアできるようになったという、まあ、すごいゲームですね。すごい RTA だと思います。今、調整が終わったので、ガルシアの名前を決めていきますが、ガルシアは多分 Y と波線4つにするんだと思いますね。乱数調整のために。これですね。あ、でもなんか違う名前にしてるかも。いや、ここの乱数は大して、まあ、大事ではないので、まあ大丈夫ですね。ここからビットで決まった名前に決めていくと思います。Looking at it, Jenna's nickname is going to be Germa with a capital J. Germa. I believe this is it. Germa. Yup. Wonderful. For Shiba, we have Blue. 今のがジャスミンというキャラクターですね。これはシバというキャラクターで、これはピカードというキャラクターですね。ちょっと名前がそもそも外国名と違うんですけど、まあ、さらにあだ名がついています。でロビンたちのパーティーもパスワード入力で決めれるようになっているので、買ったやつで決まっていきます。出ました。このロビンロビン君は前作の主人公。ここから4人は前作のパーティーのキャラクターとなっていきます。ちょっと名前のネタはどういうもんなのかは知らないので、あれなんですけど、解説できないんですけど、これはイワンというキャラクターですね。And for Mia, we have got Kitty. Kitty, nice. ボブ。イワン君はボブという名前になりました。Wonderful, love it. Thank you for. このキャラクターはメアリーですね。メアリーちゃんはキティという名前になりました。Right, so timing starts as soon as I hit confirm here. So in 3, 2, 1, let's go. ここからスタートです。GL です。最初に前作のあらすじが流れるんですけど、さっとスルーしていますね。ここは前作ラストシーンの少し前です。ロビンたちがこのヴィーナス灯台が灯るのを防ぎに来たところをガルシアたちが迎え撃つという、まあ、前作のラストシーンちょっと前ですね。ガルシアは灯台の頂上を目指すんですけど、ジャスミンとこのおじいさんスクレーターですね。このスクレーターがまあ危ないから、灯台が点火されると危ないので逃げるという、まあそういう場面から始まっています。この突然出てきた青髪はまあ仲間というか敵サイドですね、どちらかというと。水のエナジストなんですけど、この人たちもガルシアたちと同行しているので、まあ、一緒に逃げるということになっています。It's pretty neat because we start the game off with a banger and Venus Lighthouse soundtrack. Like, okay,
本当に2作目なんですけど、完全に続きから始まっていますね。He knocked it out of the park with these two games. He also did the compositions for Dark Souls and a bunch of other games, right, Bowie? You know the lore on this one? Yeah, I did that. Yeah, Dark Souls, Star Ocean, oh god, Valve Profile, the Tales games, yeah. Eternal Sonata. Yeah, what was a good game? So yeah, this ここ前作のラスダンで BGM がすごくいいので、おすすめのところですね。 There's not a bad song in the game except for Talpost 1. このゲームは本当に BGM が売りなところもあって、どの BGM も素晴らしいと思います。But it's barely relevant in casual as well. So it's fantastic. Yeah, it's an awful dungeon. Anyway, and yet we invented this category to go to specifically Talpost 1. 見ての通り、会話は長いですね。このゲーム、賛否両論点として、独特な言い回しで長い会話があるという、ご愛嬌ですね。僕は結構好きです。ここではなんかジャスミンが胸騒ぎがするという、胸騒ぎがするから心配だみたいなことを言うと、アレックスがジャスミンが胸騒ぎなんて言葉を使うなんてみたいな煽りを入れているという、よくわからない会話なんですけど、僕はなんかいいなと思いますね。ここからジャスミンですね。最初はジャスミンをで移動するんですけど、チュートリアルみたいなもんですね。今一瞬メニューを開いたのは、ジャスミンのステータスを一応確認しているところですね。で、メッセージスピードを変更して外に出て、とにかく逃げようというところです、今は。We got some pretty solid times in the no save and quit category for the first game as well, which was really nice. And then we had this ここでは前作のラスボスであるサティロス・メナーディとこのジャスミンは人質になってたので、同行してまして、なんかそのサティロス・メナーディは結構各地でめちゃめちゃ悪いことをしてたので、その一味としてこの3人は囚われようとしています。But it was a great run. You should watch it anyway. Just really typifies the Golden Sun spirit right there. It was incredibly back and forth. It was such a good watch. Yeah. And after that, we got like 20 new. He got destroyed, Bowie. Yeah. Sorry. Okay. And then after that, we got like 10, 15 new runners in the community just overnight. It was insane. Like, where did these people come from? So thank you. 具体的に前作で何をしたかというと、ここの近くにある町の神の子と呼ばれる、シバですね。今作の仲間なんですけれど、神の子として崇められていたシバをさらっていったということで、主にお尋ね者として追われていますね。今のはエナジーでちょっとビビらして一般人をビビらしているシーンですね。普通の人はエナジーを使えなくて、選ばれしエナジストだけが使える技なので、みんなビビって逃げていきました。このアレックスは水のエナジストで、前作のメアリーという水のエナジストの、同郷というか同族の一族の人ですね。同族です。で、あっちはアレックスが引き受けてくれるので、本来の脱出経路に向かうという感じですね、今は。開幕なんでしばらくストーリーが続きます。ジャスミンたちは船が止めてあるので、その船が止めてある島まで向かいます。ここの、敵のおじさんはさっきの男にビビったんですけど、この女の子とじいさんがいないと分かるとすぐ襲いかかってきます。がジャスミンも火のエナジストなので、一般人は余裕で焼き払っていきます。ここで出てくるヒュームっていうのはちょっと新しい
エナジーですね。 And she has 新 an 作 AoE で heal 出 in a てき base た。 class. Oh, she's nuts. Well, not She base. basically was scared to shit. BGM も、じゃあジャスミン専用の BGM なんですけど、 We took her away from the ちょっと戦闘が短すぎてあんまり聞くことはできません。 So we are going to get the same things here. There's going to be a regular attack, then there's going to be a crit. And yeah, 55 HP, and then we're going to do 2 more fumes to finish it off. We should get 2. この BGM も結構人気ですね。 It's all going to work the same way. Now, again, we aren't going to do much RNG manipulation. However, because these オー first ス 4 さん2以 fights 上 are で mandatory, 襲いかかってくるんですけど、 we are going to play them in a way that's going to be the most まあ optimal 特に問題 for は us. ないです So ね。 this next encounter is not going to be a one shot with 問 fume. 題なく It's 勝 going 利 to be を an して、 attack into synergy usage to kill this な final んかア punch. リも襲いかかってくるんですけ What ど、 this does is it forces the battle 普通に倒し RNG. ます。 So the battle RNG advances when any action is taken in battle. So by doing a physical attack, the punch ant will then attack, and then do a synergy cast that pushes the RNG in such a way that now the next 2 encounters that we're going to get are guaranteed to be まあチュー attacks トリア first, ルは and attacks こんな感じ first で are 完 essentially 了しま preemptive す。 attacks, and we can get a guaranteed flee from that to basically mean the ここ first が 2 もう fights 前 are 作の not ラストシーンでも which is ちょ very, っと very 映ったところなんですけど、 It's nice. まあ今から東大が灯されようとしていますね。 Practically, it's faster, so we just take it. This is a long game, so if you miss the まあ脱 first 出 bell, 用 you の just 船 feel なんで sad すけ about ど、 your life, and you're like, why didn't I just do the minute? So everyone just does the minute. Except Also, me, Jenna's- I take the chance and just cry. まあ船は動かないんでしたっけ？多分動かな I ask myself that every かっ day. たと思います。 Jenna's theme, by the way, is one of the best themes in the game. We hear it very, very briefly here. There was I'm going to bring this up right now. There was a reroute that happened a few months back, which brought Jenna's theme back into the game. Because what's really cool in this game is there are 3 battle themes that you can actively choose between. Then it has a priority. It will go Felix's theme, Isaac's theme, and then Jenna's. So if Felix is in the party, that overrides everything, and you get まあ Felix's 前 theme. 作ラストシーンで But if 東大は Isaac's 灯 in the されてしまっ party た and の no で、 Felix, Isaac's theme's in. まあそれを島の方から見ているという感じです is in ね。 battle. But if neither Felix or Isaac are in the party and Jenna is, bosh, you get Jenna's theme. That was brought back into the game. でなん And for と a week there was bliss. 東大を灯した影響で島は流れていってしまい something ま else. す。 So we took it out. And Thank you, Stella Newt. Your contribution to this community is immeasurable. まあ地震の影響で He is amazing. He's also a member このまま of the 流されるしかないと He's told us more いう about these 感 games じ than で I すね、 thought. 今。 So I don't know. He's a good dude. yeah. どういう構造の島なのかちょっ I have to point と out, 謎ですけど。 isn't Jenna lower level there? Oh well. Oh well. God. So we should mention as well that if you watched the Golden Sun 1 speedrun that Plexa did back at AGDQ, you might remember the 42-minute intro. Well, you might こ be こも前 surprised 作 to の know ラスト that シーン this であ is ったと actually ころ the です end が、 of, well, roughly the end of the ガルシアは芝を process. We've got a few 芝 more が cutscenes, but it's only- 東大を灯した影 there's 響 only で an 11-minute intro in this game, 海に落ちてしまったのを助けるためにガルシアも一緒に海に飛び込んで、 It's a really, really short intro, so actually この流れてる島までガルシアを泳いで追いついて多分乗ったという感じだったと思いますね。流れ着いたのかもしれないです。なんか多分泳いだ Another one of those things where if you saw the first run, it is a very fascinating run. There's loads of great strats. It's super fast paced. But it's not quite as technically demanding as TLA, because TLA has a lot more going under the hood, and pretty much from the word go, we are like cracking this game open. There's out of bounds, there's retreat glitches from like the first dungeon we go into. So the first like hour of this is going to be really hectic. So keep your eyes peeled because it's very technical. This is a very, very, very different run to the first game. The first game is all about speed and then blowing things up with summons. まあこれからどうするかみたいな話をしているんですけど、 Every strategy that you can think of is used at some なんと we really make 地震の影響で津波が発生してしまい、 which I'm sure we'll talk about at great length. 津波に飲まれてしまいま Sure, we will. But okay, let's get a donation or two out really quickly. す。こんな感じで東大を灯すっていうのは結構世界に影響を与える行動なんですね。 We have a massive $1,000 donation from Etriel that says, I ここで動けるようになったので the great work that GDQ has 仲 done 間を over 起こ the し years, ていきます and I が、 can't resist donating every time. I really want to see ここでジャスミンとシバだけ起こすんですけど、 Let's go. まあおっさんを置いていきたいというわけではなく、まあタイムのために仕方なく2人に声をかけておっさんを置いていこうとして、まあこっちのイベントにいます。 Lost Age was a great addition to an already amazing game that ate up probably way too much of my childhood. So here is $44 for the additional 44ピカードはなぜかまあいなくなってるんですね。さっきの青髪の水のエナジストですけど。
まああまり仲間って感じでもなかったので、まあ、気にせず進むという感じですね。この芝っていうのは完全にまあさらわれて巻き込まれた身なんですけど、まあ、ちょっと思うことがあって、ガルシアたちに同行することを決めます。It's kind of weird because like the cutscenes in this game aren't as kind of like long. And I feel like it's just generally less cutscenes. で冒険が始まりますね。前作はイントロが42分あったので、まあ、それに比べるとかなり短いかなと思います。で最初の村、デリー村ですね。ここはインドラ大陸ということで、まあ、モーロインドっぽい感じですね。If you've played the original game, you will know that when you leave Vale, you have to have a very long conversation with Flint, who loves to talk. 大して用はないので、外に出るとジンですね。これが先ほど言っていたエレメンタルの精霊のジンで、まあ、今作の肝となる。ここの対応シリーズの肝となるシステム。ジンは主人公たちに力を貸してくれる、まあ、仲間のようなもので、主人公が装備することでステータスが、仲間が装備することでステータスが上がったり、まあ、職業、クラスチェンジで職業が変わったりして、まあ、ステータスもアップするという、まあ、必須なアイテムですね。まあ、ジンは各地に散らばってて、まあ、怪しいところ調べたら大体いたりするので、まあ、ジンを集めるのもこのゲームの楽しさの一つですね。ちなみに前作9体、各属性9体、今作各属性9体の合計72体存在します。ここで結構メニュー開いてるんですけど、早速エナジーで謎を解いて進んでいきます。それもこのゲームの魅力の一つで、こうやってダンジョンにエナジーを使って物を動かしたり、解除したりしながら進んでいきますね。これでまあ RTA 的な肝となる要素としてリターンバグというのがありまして、前作見てくれたら、まあ、おなじみな感じなんですけど、まずこのエナジーで謎を解きながら進むというんですけど、L と R にはショートカットとしてエナジーをセットして、まあ、よく使うエナジーとかを LR にショートカットして、まあ、簡単に発動するというのがあるんですけど、エナジーの一つにアルシアが覚えているリターンという、まあ、入り口に戻る、ダンジョンの入り口に戻るエナジーがあるんですけど、このリターンというのをショートカットにセットして、リターンが発動するのに 6PP といって、まあ、MP みたいなエナジーポイント、まあ、があるんですけど、エナジーポイントが足りない状態でリターンを発動するというのが、まあ、リターンバグの発動条件でして、まあ、使うと、まあ、いろんな場所にワープしたり、ちょっと様々なバグが起こったりします。まあ、早速それを使いますね。ここでガルシアの PP が6以下になるまでムーブというエナジーを使って PP を消費していきます。エナジーを使って謎解きをするって言ったんですけど、PP はこの謎解きに使うエナジーでも消費されるので、こうやってエナジーですね。消費して、まあ、6以下になったので今リターンできなかったと出て、扉に入るとさっき来たところと別のところに出ていますね。まあ、ここはもうダンジョンの出口付近なんですけど、ここでもう一個リターンバグを使います。リターンバグを使った状態でこの穴に落ちると、このダンジョンの最後の目的地まで到着という、まあこんな感じでリターンバグというのはぶっ壊れバグですね。このエナジーの目的地まで到着しました。このエナジー、このダンジョン。このダンジョン最深部に、ゴリラのボスがいるんですけど、それと戦わずに済むので、かなりの短縮になります。
そもそもこのダンジョン普通に行くと結構長いので、もう必須のバグですね。ここは、なんかエナジーを伝承する寺みたいなところで、この試練をクリアした人は、このエナジーを授けるということで、ガルシアがなんか弟子たちに割り込んで、エナジーをいただきました、今。今みたいにアイテムの形で装備すると使えるようになるエナジーっていうのがあって、今のアイテムを装備するとこの紐をかけるリードじゃないわ。何やっけ、リードは心読むやつだ。待てよ。ど忘れしました。なんか網をかける、綱を渡すエナジーがあります。そうそう、リリースですね。すいません。これでこのダンジョンの中にリリースを使うことでゲットできるジンがいるので、もう一回入り口からジンの方に向かいます。さっき使ったところと同じところですね。さっきちょっと見えてたと思うんですけど、このリリースを使って今リリースのアイテムを装備したことでリリースが使えるようになりました。ジンですね。さっきは普通に仲間になったと思うんですけど、ダンジョンの中にいるジンは戦わなければ入手できません。炎が弱点なので、おっと、いきなり逃げられました。このジンは本当にお祈りポイントで、逃げられるとエリア移動しても入らないと戦うことができません。ここは近いので、そこまで痛くはないんですけど、結構でかいダンジョンで逃げられたりするとロスですね。これも、おっといやこれぐらい逃げるんですよね、ジンっていうのは。I feel compelled to point out that this is not the first time this has happened, so this is not a that's never happened before moment yet. Oh yeah. Oh no, Jin run all the time. 気を取り直して3度目の正直大丈夫でしたね。ジンは街の中にいることもあるんですけど、街の中にいるジンは戦わずに入手することができます。で、このダンジョンに用はないんでリターンしたいんですけど、リターンバグの影響で PP は足りないんですけど、ここでリターンバグ2回使うと入り口に連結するので普通に外に出ます。ここで必要なエナジーをゲットしたので次のダンジョンに向かいます。リターンバグを頻繁に使うのでガルシアのエナジーは低く保っていることが多いですね。序盤の敵は大して稼ぐ必要もないので逃げながら進んでいきます。で次のダンジョンは怪人の社ということで、なんかイベントが少し大して重要なイベントではないんですけど、迷子の子供がいるので助けます。さっきの村はビシャビシャだったと思うんですけど、あれも津波の影響ですね。さっきの村の子供たちは迷子になってたので、ここで助けます。このダンジョンは奥に大事なアイテムがあるんですけど、この段階では進めないので、ジンだけ回収して次のところへ向かいます。でもここでも当然リターンバグをして進むんですけど、ここですね。ガルシアは回復のエナジーも使えるので回復とかでも PP を調整できます。ここでアウトオブバウンド壁抜けをして暗闇を歩きます。だいたい画面が光ってから
光ったりそういうので調整してい You ま might be すね。 wondering what he was doing out of bounds to begin with, but で結構長いことこ yeah, のジンと追いかけっ in こ the した first 末 room that に you interact この with ジンを doesn't ゲットすると necessarily い have う to ダン actually ジョン be な a んです door. け It ど、 can also be data out of bounds. まあもう最後の And you can be 最 sent 後、ジ that ンの追い data かけっ to この get 最後 out の of 段 bounds. 階のところまで来てい And ますね。も once you are out of bounds, you can うなので actually もう keep すぐジンをゲッ interacting ト with し all て of the data that is stored there. This game kind of 捕まえ stores ていき all ま of す。 its RAM data out of bounds. So でまあ、ジ stuff ンは like 逃げるので monster 逃 sprites げ and 道 that を kind of 塞 stuff. いでバトルということで It す can ね。 it can all be stored out there, and you can interact with it. And based on what kind of data これは it is, 風 it の陣 will ですね。 interact ジュ with ピ you タ in ーの different 陣で ways. す。 Sometimes it spikes, あ sometimes 先 it ほどのはマーキュリーの水の陣ですね。 So this is Breath. Breath is a fantastic 名前は Ginny, フォグと言います priority ね。 healing Ginny. 前回 So, の you 今 know, 回のは if you レ need スキュ to ーという kind of 名 go 前 first and off で to す。 heal, so, 英語名 Fume は Echo ブレ Ray, ブレ so スだっ Fume け。 Echo attack and then Fume Venus Ray is enough to make sure and confirm this kill. この陣は使うと Also make it 確 also 定の先 maintaining 行 the で fact that 仲間を we 回 have 復す at ること least ができるので、 6 PP, so we can まあ、序盤で actually 使い道 regress があ back りま to す the ね。 start or retreat back to the start. Sorry, Shining Force is まあ、 getting そういう能力が陣一体一体固有に備わっ also て make まし Shining て、 Force if I ever say a Shining Force name instead of a Golden Command. まあ、今まで手に入れたのは、まあ、ダメージは攻撃力の 1.6 倍ぐらい与えると、そういうのがまあ結構基本なんですけど、さっきのレスキューみたいに仲間を回復したり、まあ、あとはダメージをカットするシールドを貼ったりするまあ特殊能力を持ってて、まあ、そういうのが強いんですね。まあ、そういう強い陣を集めて進んでいくことになります。前回 SGDQ でもまあ活躍してた陣も出てきますね、終盤で。まああのダンジョンは進めないので、次の目的地に向かいます。ここはデカン高原というところで、まあ、比較的普通に進んでいかないですね。まあ、リターンバグを使います、あるところで。リターンバグ使う地点まではまあ普通にテクテクといきますね。So there's too many treasure items in this game. Oh, that's not good. Oh, that's really not good. おっと。 It's okay, we're fine. Okay. Germa's fine. Now, basically, in the first game, all of the treasures まあ are 逃げてダメージを受けて coded into the global 受ける memory. ことでまあ Whereas in this 回 game, 復 there's too many of them, so they're のエナジーが使えるようになるので、 as in, it's like ガルシアの PP 調整が楽になっているところはあります。ここでリターンバグを発動して宝箱を開くと2つ目のアイテムが入っていますね。まあ、このフルメタルベストというアイテムは、まあ、普通の防具なんですけど、まあ、このダンジョンの別の宝箱に入ってるのを、まあ、取り寄せたような感じですね。でここでリターンバグを使って進むと、なんかわけわからないところに出ます。ここはジンがいるんですね。フィールドでエンカウントするジンもいまして、まあ、これですね。アイアンのジン、アイアンという名前のジンです。まあ、これを入手したいがために、おっとまた逃げられましたね。ここに飛びました。まあ、フィールドに逃げられた場合は、まあ、比較的ロスは少ないですね。ただエナジーを使った後に逃げられたりすると PP が足りなくなったり、まあ、この後召喚を使っていくと思うんですけど、召喚使った後に逃げられたりすると結構厄介ですね。今召喚、マーキュリーの召喚というのを使いました。まあ、ジンというのは普通に使うと、まあ、攻撃したり回復したり効果があるとさっき説明したんですけど、まあ、そう使うことによってスタンバイ状態というのになるんですね。普通に持っているのはセットという状態で、セットの状態で使うとスタンバイ状態というものになりまして、スタンバイになると召喚、スタンバイの数に応じて召喚という強力な攻撃ができます。その強力な召喚とジンの能力を使うというのを組み合わせて戦うのがこのゲームの面白さで、なぜ召喚を使うとロスになるかというと、召喚したらクールタイムというクールタイムがありまして、スタンバイじゃないわ、何やっけ、
リカバリー状態ですね。リカバリー状態になるので、リカバリーを解除するためには数歩歩かなければならないので、ちょっとロスになります。今、ダンジョンの後ろから入場して、この道は本来通れないんですけど、本来通れない道を通って、短縮しながら進んでいきます。ちょっとリカバリーとかセットスタンバイは、まあ、後々、肝となってくるので、まあ、ちょっとその都度解説させていただきたいと思います。まあ、一発で未プレイの方が分かるように、うまく説明できないんですけど。これ今落としたものを装備すると、プレスという、まあ、今みたいに、まあ、グーで押しつぶすエナジーを使ってゲットして、ついでにジンも捕まえていきます。このジンはカノンですね。これは火のジンですね。まあこのカノンが持っているプレスっていうのは必須で、進むのに必須のエナジーで、まあ、このダンジョンはカノンと結構長いこと追いかけっこをした末にここに来るんですけど、まあ、リターンバグで裏口から入場したので、さっさと捕まえられます。でまたさっきの裏口に行きたいんですけど、リターンが使えないので、まあ、おなじみのリターンバグを2回使って、入り口の方に入ると出口に出ます。ここ船が止まってると思うんですけど、船はこの先の町にいるピカードが持っている、ピカード4人目の仲間ですね。ピカードの船です。現在動かすことはできないので、まあ、気にせず先に進んでいきますね。フィールドで森を避けながら進んでいると思うんですけど、森は歩数でエンカウントするんですね、このゲーム。森はエンカウント率が高いので、できるだけ森を通らないように歩いています。まあ、具体的にはガルシアの影が表示されなくなっているところが森です、ね。で次の町、マドラというところに来ました。マドラという町は盗賊に襲われているんですね。津波のどさくさに紛れて盗賊に、海賊に襲われている町です。のでまあちょっと入り口でイベントがありますね。まあ海賊が囚われているというので、まあ、見に行くと、ここでピカードが捕まっているんですね。ピカードは、まあ、完全に冤罪で捕まってて、このシーンはちょっとイライラしてます。まあちょっと怒ってエナジーでちょっとビビらしてますね。まあ結構より怪しまれてるんですけど、まあここでまあエナジストだということをガルシアたちが気づいて、ちょっと冤罪なんじゃないかというイベントがあります。まあここでもうマドラーの町長もまあ話が分かる人なんで、ピカードは冤罪なんじゃないかというのはまあ薄々気づいているので、まあ、他の真犯人を探しにまあ行きますね。ついでにその町に船があるということを聞いたので、まあ、船を求めていたガルシアたちもその町に向かうことになります。Garrett is rubbish, and Piers is like really cool, but there's this kind of weird like interplay between his archetype of stats than his class type, and it's so strange. But he's really fun. And what you're trying to say is that Piers is also rubbish? Is that no.
We would not be able to survive Poseidon without Pierce, so therefore we cannot call him rubbish. Yeah, and his greatsword's got a red line down the center, so he's cool. その町は隣の大陸のオセニア大陸というもろオーストラリアの形をした大陸に向かっていきます。And it's literally the same model. Thank you, Dr. Mr. Camelot. No worries. ここに would you say he just appears? は海賊ソードというアイテムがあるので、それを入手して進みますね。So Lash is being used, and 次の大陸に行くと結構敵も強くなっていくし、結構長いダンジョンがありまして、そこをうまく進むためにちょっとアイテムを補強していきます。We're crossing over from one continent to another, and this is this next continent of Oceania. ここはただの大陸のつなぎ目なんで、このまま外に出て、次の村に向かいますね。目的の町はちょっと今の段階では行かなくて、先に寄り道をしてから目的の町に向かいます。今は普通のリターンですが、薬草で回復したり、逆にガルシアのエナジーを消費して回復したり、でリターンバグをしたりリターンバグをしなかったりという調整を細かくしていますね。PP というのは歩いても回復するので、その辺も調整に含まれています。この大陸ではバトルをしながら進んでいきますね。今一瞬砂漠に入ったのはただのエンカウントをリセットするためですね。ちょくちょく洞窟に入って出たり街に入って出たりしてると思うんですけど、それは歩数がリセットされるんですね。エンカウントは歩数でエンカウントするので、それがリセットされる効果があります。I think it is, and she can hit for like 53 to 57 or something around that. That's with breath, yeah. She absolutely needs breath, you can't do it without. But we're going to stop doing that from now on because... インカサラ村ですね。この村にはジンが1体いるんですけど、それは大して必要がないので、取らずに買い物だけをして進みますね。この次に進んでいくのが、エアーズロックという結構大掛かりなダンジョンですね。印象深い人も多いと思いますが、そこは敵が強いので、装備を整えつつ、進んでいきます。海賊ソードっていうのは金策のために取ったんですね。海賊ソードを売ったお金で装備を整えていきます。シバはちょっと死にやすいので、シバの防御力アップとガルシアの攻撃力アップですね。開かれし封印前作も結構ダンジョンボリュームあったんですけど、失われしはさらにダンジョンの長さ一個一個倍ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい容量が多いですね。実際多分プレイ時間も倍ぐらい想定されていると思います。長さの象徴がこの今から行くエアーズロックですね。このなんちゃらロックって言って4属性あるので、4つ分のロックをクリアしていくことになりますね。この1作で。ここでジンがいるのでジンを回収しますね。シェリーですね。マーキュリーのジン、シェリーを回収して進みます。装備を整えた理由の一つでもありますが、シェリーは結構強いのでギリギリの戦いになります。シェリーも無事に入手できたのでエアードロックに向かいます。Death is pretty permanent in this game. We don't have access to revives very easily until much later in the game. No freely available Phoenix Downs in this game, unfortunately. So, death is bad.
So now that we have VWOW in Knight, he's going to deal 45 rather than 41 damage. Just a nice little upgrade. Momongas don't have much HP as we say, but まあロックもどうせリターンで壊れるんだろうなと書かれていますが、まさにまあその通りですね。エアーズロックは結構てんこ盛りですね。ただ進むだけではなく結構チャート構成に関わってくる重大なアイテムを入手します。Use 2 attacks with Felix instead, just to save synergy points on Shiba, because Shiba is going to be needing a lot of it. And this next dungeon, Air's Rock, as it turns out, is going to make great use of her ability. まあエナジーを使いながら処理していくんですけど、シバは風のエナジストでして、次の風のダンジョンを攻略していくにあたって、シバのエナジーを使って進んでいくので、あまり戦闘でシバの PP を使うとダンジョンの謎解きに使う PP が足りなくなってしまうという事態が起こり得るので、その辺を気にかけながら雑魚の勝利の戦術を考えていきます。They kind of, I think it's like 110% to start, then it's 130%, 150, 170, 190, roughly, I think. Although you might know the exact numbers there, Plexa. But essentially, it's like a percentage boost to all of your stats. And each class has like different ones. Like they're not all just like flat across the board, but there'll be like, you know, a bonus to MP. まあ今マップを開いたところは、そのアウト・オブ・バウンズを行うんですけど、ちょっとアウト・オブ・バウンズに関わってくるんですね。具体的に何がどう関わってくるのかは、よくわかんないんですけど、マップとあと敵のエンカウントのうち2体目に配置されている敵がアウト・オブ・バウンズに関わってくるので、まあちょっとそういう仕込みですね。外角はちょっとドアとかも何もないんで、リターンバグを使う余地はなく、まあ、普通にちょっと謎解きをしながら進んでいます。このスピンという竜巻のエナジーが芝のエナジーで PP を5消費するので結構使う割には消費がでかいんですよね。なのでまあちょっと戦術を考える必要があります。しばらくは普通にダンジョンをクリアしていきます。Or like different sized enemies essentially, and particular enemies being in slot 2 or just being in the game's memory as a whole can sometimes create difficulties and intricacies. そうですね。その分風のエナジストは EP が多かったりします。As Sid was saying earlier, the game essentially stores its data in the out of bounds area. そもそもまあ風のエナジストは防御力が低い。そして体力も低いということで結構死にますね。前作のイワン君もまあ結構やられてたと思うんですけど、今作の芝さんもまあやられます。リターンは普通に近道になるのでリターンを使っています。一回外に出たのは、まあ、さっき言った通りあれですね、エンカウントをリセットするためですね。こんな感じで、まあ、単純に近道するためにも結構リターンを使えるので、ガルシアの PP 調整も意外と考えなければならないところではありますね。まあ、普通に進めばこの3回分のリターンは足りているので、まあ大丈夫なんですけど、結構綿密にチャートは練られていますね。本当に細かいところまでこだわってます、プレクサ氏は。まあ、さっきもなんかスピンを使うときも、できるだけ遠くからスピンを使って歩数を少なくしたりっていう風に、まあ本当に細かいところまでこだわってます。6時間っていう長いカテゴリーなんですけど、まあそういうところを雑にせず、一個一個丁寧なプレーをしていますね。素晴らしいところだと思います。まあ、スピンはこのダンジョンを進むための要となっていて、まあ、今みたいにいかにもスピンをしろみたいな言い場にスピンをすると進めたりします。エアーズロックはまず外角を進んでいきますね。基本的にロック系は外角を進んだ後に内側を進んでいくというかなり長いダンジョンとなっていきます。
まあ2倍ぐらいって言ったのも、まあこの2つ分あるんですね。2つ分クリアした感じがします。体感、プレイをしていると。ダンジョン。Best off taking a wipe, going back to Mikasala, spending a bunch of money reviving your people, and then walking all the way back to Arisrock and through it. まあしばらくはまあ普通に進んでいきますが、ちょっとしたらまたリターンバグで悪さをしてすっ飛ばしていきます。こういうふうにまあ風のダンジョンは風をモチーフにしたギミックで進んでいきますね。結構ダンジョンごとに多彩なのがこのゲームの魅力だと思います。Nothing particularly horrific has happened just yet. Just bad RNG on the. この登ってる時に風に巻き込まれると飛ばされるので受けながら進みます。Even if you do get like really big encounters, they do also give more experience, and the experience level does matter. That is a 今エンカウントのタイミングが絶妙すぎて竜巻が過ぎ抜けました。I've never seen that before. I'm sorry. I'm gonna plus one that count. 初めて見ました。If I had not had my last attempt in this game, then I would have said I've never seen that before. But this happened in my exact last run. Yeah, it happens from time to time. It's super frustrating, but when you get an encounter, all of these things just get reset, and you can. ここなんですけど、 you can get this cycle by doing this. 普通に押したら竜巻が消されてしまうんですけど、ムーブで押すことによって木の柱をすり抜けて押すことができます。こういう細かいところまでちゃんと研究をして走ってますね。前月と同じことが。なるほど。結構走れば走るほど予想外のことが出てくるゲームですね。ここですが、本当は右側から進んで右のギミックを解除した上で左側に行くという、ここですね。なんですけど、先に左側に向かいます。ここはここでリターンバグを使って柱を登ることによってはしごを登ると、ここで次の画面に切り替わるんですが、その切り替わりがなくなり、切り替わりがなくなることによって画面は切り替わってないんですけど、ガルシアのいる位置は次のマップを歩くことになります。なのでまあ見ずに次のマップを歩いていっています。今次のマップのさらにその次のマップに行って、そこを裏から回って次のマップのギミックのところまで行くという技をやっています。このちょくちょくメニューを開いているのは、はしごに登っているとメニューは開かなくて、はしごに登って地面に立っているとメニューが開けるんですね。なのでまあはしごか降りたか降りてないかの判別のためにメニューを開いています。で今ムーブが発動できたので成功です。成功したら左側にまた戻ってきて、今うろうろしてるんですけど、これはエンカウントしないとリターンバグ状態を解除できないんですよね。リターンバグ状態解除できないと一生まあ画面が移り変わらないので、一回戦闘を挟んでリターンバグ状態を解除すると画面が切り替わります。ここのギミックが解除されていくんですね。このマップを今映ってるマップをまあ見ずに進んでいったということです。なのでまあ今映ってる画面を目隠しで進んで右側の木のところまで来たということですね。ギミックを解除して、本当は解除しなければ無限ループとなって進めないんですけど、解除して進みました。ここでようやくエアードロックの入り口に入ることができます。PP management has been really good. I can actually skip this the news time, but I'm not going to. Yeah, it's always safer just to grab it. まあリターンバグを使うのがしばらく先なのと、芝の PP 調整がちょっと面倒なので、ここは一旦回復をして、今の石は PP を全員回復する石なんですけど、PP を全開にして進んでいきます。ここから
敵が2体以上出た時の2体目の敵が壁抜きに関わってくるので、走者はこの2体目の敵抜きをかけつつ進んでいきます。単体しか出てないので今のところ関係はないんですけど、ロック系も結構壮大な雰囲気で、雰囲気がすごく好きです僕は。遺跡がいっぱい出てくるんですけど、どれも結構特徴的で景色もすごいので好きですね。ここでちょっとバグをします。ガルシエが絶妙な位置でムーブを行うと、こういう風に上にピョンと重なった状態になると、上に浮かび上がるというちょっとしたバグというかバグですね。前回もチルドを見ていただいた方はなんか変な位置でチルドを使ってその柱の上に乗るという技を披露されていたと思うんですけど、それと同じ要領ですね。今の場所は比較的簡単なんですけど、結構ピクセル単位で調整しなければならないところが多くて難しいです。今からもう一回やるところがあるんですけど、ここは結構難しいですね。資料を見る限りはこの木を置く目印のところの左の細い白線があると思うんですけど、白ラインとガルシアの靴下の濃い部分一列合わせたら右を向いて、ガルシアの影がこの下の模様の濃いところのピクセルに合わせてからムーブを使えば成功します。ちょっとマジで意味不明だと思うんですけど、でこの後リターンバグを使うのでムーブをキャンセルしてガルシアの PP を消費しています。ここでムーブをすると乗りましたね。ここはかなり難しいんですけど鮮やかに決めました。今リターンバグの調整をしたと思うんですけど、ここでリターンバグを発動させることによって本来風が吹くギミックがあって通れないんですけど、ここの風が消えるので通過できます。で今うろうろしたのはエンカウントしないとリターンバグ状態が消えないので、一旦エンカウントします。風が出てますね。でまたリターンバグをして今度は出口付近に飛びますね。ここはメインのギミックを起こすフロアなんですけど、いい感じのところに扉に入ったんですけど上から落ちてきましたね。結構盛りだくさんです。ここでダンジョンを起動した上で最深部に向かうという、半分の目安ぐらいですね。Now, I don't mean to kind of like toot my own horn, but that's called the Bowie door, purely because I was playing a casual playthrough and used the door, and Plexa went, wait a second. That's the door? Yeah, that's going to be really important in a moment. Yeah. I actually need... There we go. Sid and Bowie are like, what on earth is he doing? Well, in retreat mode, this pillar isn't actually moved. I've moved the object, but not its collision, so I can just walk back through it. So I'm going to get an encounter now to reset retreat mode eventually. ここで一旦リターンバグを解除します。本当は今のところ上から落ちてきて右からキーを押して進むんですけど、その必要はなくなりましたね。今のバグによって。ここでちょっと入り口に戻るんですけど、今から大事なソルブレードという武器を皆さんご存知でしょうか。今作最強の装備でして、マーズ灯台に置いてある最強の装備なんですけど、このソルブレードがなんと取り寄せれてしまうということで今から向かっています。
大体この辺で手に入る装備が攻撃力、ここですね。今リターンバグ状態でエナジーストーンを調べることによってソウルブレードをゲットしました。今からまたリターンバグを使ってアウト・オブ・バウンドですね。さっき2体目にエミューが出てたのを記憶しているので、エミューが出た時用のアウト・オブ・バウンズの移動の仕方をしなければなりません。2体目は多分気を配ってた方はいないと思うんですけど、これでですね、ソウルブレードのメギド、演出がめちゃくちゃ長いですね。日本名ではハルマゲドン。弱い敵にメギドが出るとちょっとロスになるので、今ちょっと笑ってましたね。でまあここでアウト・オブ・バウンズをして、モート・アインジョンの最後ですね。ここは最後の方のところまで来ました。ここからガルシアの攻撃でほとんどの敵を処理しながら進んでいくことになります。メギドは日本語でハルマゲドンですが、あれが発動すると攻撃力の3倍のダメージですね。ですがまあそこまで必要ないので、今はハルマゲドンは出ないでほしいところはあります。ソウルブレードの攻撃力は200ですね。この辺で手に入る装備がだいたい攻撃力30ぐらいなので、その強さはわかると思います。And also remember the Megiddo itself is a triple damage. It's like a crit proc basically, but it's triple damage and it's also Venus aligned. So Megiddo. It's generally faster when you have like 2 enemies or whatever, or maybe 3 as well, just to have. 3体出ようかもうガルシアで処理していきますね。All this time casting. Generally 2 is like the best one, but you know Megiddo. メギド結構発動率が高いんですね。出てほしいところもあるので、それは嬉しいところではありますが、今はいらないです。The thing with Megiddo as well is that it will proc a million times in every single encounter until you get to a point when you need it. やっぱラストダンジョンで手に入ってて演出もかっこよくて強いという大人気の装備だと思います。Yes, maybe. Plexa, please describe that because I have no clue. Memory. そうこうしているうちに最後のところまで来ました。You may recall at some point I did a retreat warp and I ended up on the world map. What happens at that point is that the game is trying to find a door that doesn't なんで進んでいるかというと、 and then freaks out and then エナジーが封印されているんですね。そのエナジーを得て先に進むことができるようになるので、そのエナジーを取りに行っています。大体その属性に合ったエナジーが封印されています。ここがその石板を封印しているエリアですね。ここの雰囲気とかも結構好きです。風のエナジストである芝がイマジンというエナジーを習得します。今今から使うので分かると思います。前作でも出てきています。前作はちょっとイワン君があっさりと教えてもらったエナジーなんで、ちょっと拍子抜け感はありますね。前作プレイヤーからして。エナジーのイマジンゲットしたらもう用はないので外に出ます。また次でもちょっとアウトバウオブバウンドを使うので、マップを開くことによってその仕込みをしていますね。今から向かっているのが先ほどちょっと入った砂漠の裏口なんですけど、ここは一方通行なんですね。
でまあ一方通行の裏口に入るということはまあそういうことです。ここでリターンバグを使ってまた外を歩いて外を歩くことによって入り口付近に出ますね。ここには大事な復活の聖水という仲間を蘇らせるアイテムがあるので、それをゲットしてこの後に外に出ます。成功しましたね。目的の船があるアラフラという町に着きました。マドラの市長たちも来ているようですね。Very much. We've got plenty coming in here, plenty of Golden Sun love. We have a $25 donation from Silent Persona who says, I've been hyped for this Golden Sun run all week. I know you're going to crush it, Plexa. Let's get that Dullahan boss incentive met. We got a $25 donation from Dew Potter that says, glad to see Golden Sun and GDQ. Let's see that Dullahan fight. We've also got a $10 donation from Meglo that says we'd love to see some Dullahan. Good luck with the run. Also got a $25 donation from Kate Karma saying Golden Sun, the Lost Age. デュラハンを達成されるか微妙なラインですね。あと5時間あるので。Great game for a great cause and good luck with the run. And then one that I definitely have to read here, $25 donation from Anonymous that says, I have to say, こんだけずるしても6時間近くかかるのか。まあその通りなんですね。今もあっさりエアドロップ抜けたんですけど、あれよりはるかに長いギミックがあって、初めて見た方はちょっと長めのダンジョンかなと思ったかもしれないんですけど、それよりはるかに長いですね。Well done. That was a well-deserved sigh, person. ここでボスとの戦闘があるので、このボスとの戦いのために調整していきます。アルシアにミントを上げて素早さを上げるんですけど、素早さが60だったので、ちょっと戦い方が変わってくるかもしれないですね。ちょっと敵の雑魚よりアルシアが速いかどうかで、戦術が変わってきます。船を求めてこの町に来たんですが、船は津波の影響で破壊されてしまって、修復できないという状況ですね。とりあえず船の中に入ると盗賊がいるんですね。ここにマドラの町を襲った張本人ですね。各地でこの盗賊、ちょっとずつ盗賊を働いてこの町で船を買って自分の故郷に戻るという、そういうところだったと思います。ハヤヤームという盗賊ですね。今盗み聞きしてるんですけど、ジャスミンはちょっと我慢できなくなって声をかけますね。許せないという感じで戦闘に入っていきます。ファイアームはこの段階で戦うにはボスを1匹飛ばしているんで厳しいんですけど、こちらにはソルブレードがあるので大して苦戦せずに戦えます。メギドが出ると一発で雑魚を処理できますね。メギドなくてもいけるのかな。記憶が曖昧ですけど、アルシアのいけましたね。メギドなくても雑魚を倒せるので、アルシアで雑魚処理をして、そのまま倒しますね。ファイアヤーンは攻撃でも回復もするんですけど、
攻撃されないターンに防御ばっかりしてて、結構ラッキーなあれですね。仲間は4体までしか呼ばれないので、まあ回復で支援をしてきますが、メギドが出れば倒せそうですね。結構こういう強い技を持ってるんですけど、今回は運が良かったですね。回復されているので、そこまで運がいいと言い切るわけにはいかないですけど。開けましたね。こんな感じで楽々に勝てます。いかにソルブレードが強いかは分かったかと思います。ここでパイアームを倒して捕まってたピカードの無実を証明してもらうという流れになりますね。I can feel the years being added to your life every single time you get past a run killer. You're just like, oh Christ, thank God. Yeah, we got some terrible ones coming up, but we also have a really obnoxiously long cutscene. So Argek, please relieve me from my boredom. そうですね。ザコも回復してくるし、パイアーム自体も回復や防御してくるので、結構ザコを処理してからじっくりとパイアームを倒していくという戦術になりますね。このちょっとぽっちゃりめのおじさんはこの町の町長で、作中屈指の、クズ人間ですね。結構強欲で、なんか揉めてますね。マドラーの市長は結構優しい人なんですけど。今マドラーとかから盗んだお金で買ったこの船をマドラーのものとすることで、この場を収めようという話になると思います。がちょっとアラフラの町長は不服そうですね。Solid effort so far, team. Let's keep it up. Yeah. Just I want to reiterate that the dollar hand fight is 町長は absolutely absurd. でもマドラーの町長はいい人です。この町の町長はちょっとダメですね。Please tell me, why is this so absurd? Why is it so absurd? Because I mean the fact that the thing is like おとなしくこの盗賊は引き渡されるんですけど、 it's incredibly tricky even if you're able to manipulate it. So the fact that he's so hard to kind of like corral into a particular way that we can actually 盗賊の家族がいるんですけど、その家族はこの船で済むということになりますね。後でちょっとそういうイベントがあるので、また後ほどですね。後ほどと言っても多分1時間ちょい後ぐらいかもしれないです。We're not choosing Dullahan. Like, we're doing the fight at level 28. We're doing it with 39 out of the 72 available Jin. There's no cheese. It's just we grind him down into oblivion. And then Dullahan complains the game isn't fair. And Twitch, we laugh and say, well, suck it. Yeah, and the big thing as well, I mean, there's a skill that, you know, everyone is aware of that he has and another enemy in this game has, and which is called Jin Storm, which completely removes every single one of your Jin. And you don't want to see that. That's not nice if that happens. マドラーの町長は優しいので、ありがとうございますみたいな。なんかお礼をくれるみたいですね。なのでもう一度マドラーに立ち寄ることになっています。あとピカードはエナジストなので、捕まったピカードにも話を聞こうということで、次の目標はマドラーに戻ろうということになります。この船はエナジーで直すこともできるんですけど、この段階ではちょっと直せないので、ここの船はちょっと一旦諦めることになりますね。It's made the route come a really long way. So again, cannot give enough praise to him. He's done
Oh yeah, all of this work has pushed this category な faster. ので、まあ今から先ほどのマドラの町に戻るのですが、途中にあった砂漠に必要なアイテムがあるので、帰るついでに砂漠に寄っていきます。まあ先にソルブレードを取ってることもあって、この攻略も簡単になっていますね。まあ、帰るついでに取るので、謎解きも短めに済むし、結構まあいいことずくめですね。Oh, absolutely. In the meantime, we're going to go get an item that we will not use until the final boss of the game. レベルも上がってるので、このアボイドという、日本名でプルーフというエナジーなんですけど、まあこれが敵よけのエナジーでエンカウントを減らすことができます。結構無駄なハルマゲドンが出ていますね。Yeah, Avoid, we should talk about that. Avoid is a spell that we use very sparingly in both Golden Sun 1 and 2. Essentially, if your party's average level is higher than the dungeon enemies, like average level, then Avoid will prevent steps accruing. 逆走していることになりますね、この出口から入っているので。It doesn't work. So basically, yeah. We need to be level 10 across the board, an average 10, because I think, yeah, Yampi Desert's a level 9 area. So if we're level 10, then we avoid all the encounters. 今、入り口の方に向かってるんですけど、まあこれはリターンのブックマークですね。お、画面が戻った。次は入り口の方からマドラに向かうので、一旦入り口の方に向かっています。途中でまあアイテムを拾ったりして、今拾ったアイテムは HP を増やすことができる指輪ですね。やっぱりシバーが死にやすいので、シバーは防御力とか HP をできるだけ上げたいという戦略ですね。You can sell them for money, but you've seen the size of our shopping menu, so that's not really needed. What are you talking about? It's so expensive. This is a legitimate problem in the new Dark Dawn route, by the way. We cannot afford to buy. 砂漠はプレイスを活用して進んでいくギミックになっています。In Dark Dawn, they changed something. So when you die, you lose half your money. こうやって道になったり、道を塞いだりという、まあ単純なギミックですけど。And so Dark Dawn's now got all these death warps in them, so we end up at the end of the game with like 200 coins because we just. ここにジンがいるので、ジンを入手していきます。ここにいるジンはブリッツですね。風のジンです。エコーというジンを解き放って倒しましたね。エコーというのは攻撃力の 1.6 倍のダメージを与える最初に手に入れたジンですね。日本名ではデュオと言います。通常の攻撃力が桁違いに高いのでデュオもそれに合わせて高くなっています。ガルシアの素早さを上げてソルブレードの攻撃力で何とかするというのがまあ序盤の戦術となっていますね。ここはサソリを追いかけます。結構いいタイミングでプレスを使うことによって誘導できます。この辺もしっかりとミスなく効率よくやっています。これでまあサソリを追い詰めたので大した理由はないんですけどサソリを倒します。このサソリが使うスコップというエナジーを倒すと入手することができるのでそれ目当てですね。
キングスコーピオンもガルシアの攻撃力をシバのエナジーによって底上げしつつ、ガルシアの攻撃だけで攻略していきますね。今の麻痺する攻撃とかを使ってくるのが厄介ですが、まあ、基本的に苦戦することはないです。まあいい具合にメギドが入って倒すことができました。ここでスコップを使えるようになるアイテムをジャスミンに装備してスコップを使って進みます。この段階で700というのは破格ですね。さすがソルブレード。So we've got these elixirs in our inventory. We have them for two reasons. One, if he gets smoke bombed in the Briggs fight, then he has a 60% chance. で、まあお決まりの PP 調整からのリターンバグをやろうとしているところですね。リターンバグでここに入ると外に出ます。まあ外といってもこれはもうマドラの西側なんですね。Apparently, what that door sends you if you earn retreat mode with the retreat pointers into the first room of the dungeon. 一気にマドラの西側の大陸に今から向かうところですが、なぜマドラの西側に行くのかというと、マドラという町は盗賊に襲われた後、なんか謎の部族に襲われてるんですね。それでピカード君の大事な持ち物である黒水晶という、船を動かすに必要なアイテムなんですけど、それが奪われてしまったので、今度は西にあるその部族の村に行って取り返してもらいに行くところですね。マドラに行くとピカードはもうそれをすでに追いかけているという感じになってて、さらにそれを追いかけるという形ですが、リターンバグでかなり進みました。本当に踏んだり蹴ったりですね。ピカードは津波に流されて盗賊扱いされて、そして宝まで盗まれるという、結構散々な目にあってますね。We should outspeed everything for sure, which is nice. Fairly also nice that you outspeed gorillas because they have some very slow moves. リターンバグの補足されているんですけど、リターンバグでなんか他の出口があったら他の出口なければなんかああいう風にワールドマップが参照されたりすることがあるらしいですね。ちょっと僕はあまり詳しくないので解説できないんですけど。このロープを伝って別の大陸に移ります。橋ぐらいかけろよと思いますけど、まあこれで隣の大陸ですね。ゴンドワナ大陸で、前回の最後の方の舞台もゴンドワナ大陸の北の方でしたが、今回ゴンドワナ大陸の南側を進んでいくことになります。この途中にあるニリ村ですね。ニリ村には大して用はないですね。ここにあるソーンクラウンというアイテムを入手したら先に進みます。この黒水晶を盗んだ部族というのは儀式を行う、黒魔術の継承を行う大事な儀式を行うために黒水晶を盗んだんですけど、その儀式を邪魔されないためにこの入り口の山では警備されていますね。なので警備に見つからないように進んでいくというダンジョンですね、ここは。Further to this, they also have pretty powerful spells as well. So, as in how hard they hit you. They're very, very weak. They have 80 HP or something. この警備が強化されているというのは、ピカードも通ってちょっと、ピカードはなんか兵士を倒しながら進んでたっぽいので、こんな感じですね。警備が強化されています。今やろうとしているのは先ほど披露したムーブによって上に登るムーブクリップと呼ばれる技ですね。結構難しいんですよね、本当に。
横押したりして単純に横に1ピクセル進むわけではないので、ガルシアターンしたりしますからね。ピクセルを揃えるのは難しいです。That's a spoiler of things to come. But yeah, that clip I did onto that thing, it really doesn't save time, but it's swag, so it's time neutral. この辺の敵も強いんですが、まあソルブレードがあるので問題なく進めます。問題なくと言ったんですけど、先ほどのピクシーですかね。ちっちゃい今出ている右側の敵ですが、このキャラクター速いのに、まあ、睡眠状態に撮影エナジーなどを使ってきて、かなり厄介な敵ですね。あのピクシーはちょっと警戒しなければならないです。警備が強化されたと言ったんですけど、まあ、あんな感じであっさりと相手の視界に入りさえすれば、入らなければ簡単に進めますね。This is monkeys are fine. This is fine. Because we can kill one of them, it's always going to be fine. Yeah, the monkeys are pretty powerful. They didn't use like they do like chest beat. 3体でも芝に集中攻撃されたりすると厳しかったりするので、極力ガルシアだけ攻撃して芝とジャスミンは防御したりして安全に進んでいますね。この犬もまあ可愛いんですけど、見つかると厄介なので封じ込めます。You can pet the dog with a giant stone pillar. Get on it. Can you pet the dog, Twitter? I'd love to see that. What you can do is you can get the ability Trimmer, and you can cast Trimmer on that crate in the bottom left of the screen, and then the bone falls down, and you can feed the dog, and the dog can be happy eating the bone. But we don't get Trimmer because it's slow, so instead we crush its skull. So fair trade, I think. Oh, this is a fun encounter. The price for speed. 結構厄介なエンカウントが多いですね。この人型の敵は即時攻撃を使ってきたりして厄介です。We want to get rid of them of the gorilla because he used beat dance. That attack is a lot of an increase, so the girls are maybe in danger if they get crit or something. This is why we keep everyone in like with all the gyms set to give them as many stats as possible, so they're as tanky. そうですね。ノーセーブというまあレギュレーションですが、今みたいにまあちょっとセーブをしたりすることはあります。今までみたいに。まあ本来タイムを測るときは当然セーブはしませんが、まあ今回イベントなので一応セーブだけはして関数調整はせずに進んでいますね。Then I got 3 pixies and they cast sleep on everybody, and I was a very, very sad person. I mean, you're getting away with it here. I shouldn't have said that. Touch wood. Oh god, I said something. Yeah, they are. これも結構嫌なエンカウントですね。こういう風に先行で眠らしてきます。And a bind! They have bind too, by the way, so it's just as bad as sleep. But we've got one more turn to deal with now, and we're going to cast on the other side because you may have noticed that spells have like splash damage. That was fine. Okay, they weren't too nice. Okay, you can see that they're like terrifying red eyes as they like look down like the barrel of their sleep gun. なのでまあソルブレードがあるといっても気を抜けないところは結構出てきますね。Oh, we got that was it. Oh my gosh, that's so good. 今の山を抜けて部族の山に向かいます。山じゃない村に向かいます。部族ではもうすでに儀式が行われているので見つからないように建物の上を通って儀式のところまで行きます。Yeah, we're going to have a bit of a change up now. So at this point, we've been mainly focusing on Felix just pressing the A button and winning. However, we are going to have a little bit of a change as we are going to get our 4th character in the game. And even though you may have, thought it was quite unlikely that Piers was going to join the party, because obviously, why would a Mercury Adept join a team missing a Mercury Adept? But of course, he is going to join our party. でまあこのクロス衣装ですね。今像の前に置かれているアイテムがピカードの持ち物で船を動かすのに必要なんですね。前作でも出てきています。We have a $50 donation from Megiddo who just says Megiddo!
結構ピカードは困っているところにガルシアたちが来るんですが、まあ、頼んでねえよみたいな感じでちょっと突き放されますね。Some people are saying that Dullahan's head is a marble with a screaming man inside, but we'll have to wait and see. If you meet that donation, we'll find out. And speaking of that, we have a massive $260 donation from Sicaria, who says we had Golden Sun for AGDQ, and now we have Golden Sun the Lost Age on SGDQ. So much yes. Those two are my favorite GBA games and the first games I ever completed 100%. I have so many fond memories of these games. I think I might dig up my GBA again just to complete them. ことでピカードはガルシアたちがエナジストであることに気づきます。エナジストであることに気づくと結構友好的に話しかけてくれて、ここで仲間になりますね。ピカードはレムリアから来た、ガルシアたちの目的地の一つでもあるレムリアから来た青年ですね。厳密には青年ではないんですけど。で、まあ、助ける代わりに船が動くようになったらレムリアに連れてってほしいということを頼んでいます。前作の水のエナジストであるメアリーが仲間になるときも障害物をムーブで動かして仲間にしていたので、結構これも前作と同じ流れで個人的に好きですね。ここで水のエナジストであるピカードが仲間になることで仲間が4人揃いましたね。ここからは4人で進んでいきますが、ピカードはあらかじめ陣を2体持っているので、この段階で水の陣が4体になるんですね。水の陣が4体になると強力な4体の召喚ができます。ので、ここからのダンジョンはその水の4体の召喚を使って進んでいくことになります。4体をスタンバイ状態で手に持って手にスタンバイ状態で持つことによっていつでも召喚できるようにしました。今今言われているボレアスですね。水の4体召喚ボレアスですね。敵が1体の時がガルシアであっさりと処理できるので、体力の多い敵に応じてボレアスを使っていきます。そうですね、リカバリーの説明はまだちょっとしてなかったんですけど、召喚を行うとリカバリーといって歩数を歩かないとセット状態に戻らないんですね。クールタイムというもの、クールタイムがあります。まあ、召喚はあまりにも強いのでクールタイムを設けないとクールタイムというリスクがあるんですけど、水の4体召喚今使いましたボレアスですね。これを使うと4体がリカバリー状態になるんですが、1人につき1体セットできるんですね。1人が4体を持つと4回セットしなければ、4回リカバリーを解除しなければならないんですけど、1人が1体ずつ持つことによって、まあ、1回で4体ともセット状態に戻すことができます。そのセットに戻ったかどうかっていうのは、このボレアスを使った後しばらく歩くと、まあ、シャキーンという音がするんですけど、その音がリカバリー状態からセット状態に戻ったという合図ですね。今なったのがそうです。でこのセットの白い状態になっているので、赤の状態のリカバリーにすることでまた召喚が次できるという、まあ、前作では対応した戦術ですね。Very much worth getting very early on, just to go to Shrine of the Sea God for. Beth puts in a lot of work.
そうですね、まあ、セットした状態で持つと、ステータスが上がったり、職業が強くなったりして、まあ、その素の能力がアップするので強いんですけど、召喚メインで戦うならこの方法でやることで、まあ、快適に進むことができます。多分通常プレイやったことある人は、まあ、自分のキャラに同じ属性の陣を持たしている人が多かったんではないかと思いますね。結構陣の組み合わせによってクラス、職業ですね、クラスが変わって、使えるエナジーとかも、まあ、戦いの中で変化してしまうことがあって、なかなか難しいんですよね、それを調整するのが。なので、まあ、色を合わせて、自分の属性の陣を持っている人が、まあ、多分多かったと思います。And that is something that we'll be doing quite a bit, just trying to optimize those standby 今、 menus as much as 反対側 possible. の Yeah, otherwise you プレスで歯車の can't lose quite a lot of time. 邪魔していたものを解除したんですけど、今度反対側に回らないといけないんですが、ここでリターンバグを使用してはしごに登ると、こんな風に外壁の上に乗って移動することができます。外壁を移動することによって反対側に快適に移動します。結構黄金の太陽の遺跡とかダンジョンでは、まずこっち側を解除して、そこから反対側に回り込んで、もう一回同じようなことで解除して進むっていうギミックが多いんですけど、まあ、そういうのは結構このリターンバグの餌食となって解除されていきますね。まあ、エアードロップの外壁で使ったのも大体そんな感じでしたね。これ今全体で何割ぐらい、あとまあ1時間半経過しているので、残り4時間といったところですかね。4時間ちょっと、4時間20分ぐらい残っています。つまりまあ序盤ですね。Here we have the one encounter that we cannot fully clear with Furious, so we need to do a little bit of magic of Donk. 3割ぐらいかな、ストーリー的にも。Damn, I'm secretly hoping I get a Staff of Anubis drop here, but it's whatever. It would be nice though. Swaggy. Exactly, it'd be a nice stat stick for Jenna, and otherwise we'll just have to get the Angelica. I should probably equip that at some point as well. まあこの召喚をするデメリットとしては、召喚した後に毎回メニューを開いていちいちスタンバイ状態にしなければならないことがあるので、プレクサ氏の操作しかまあ見たことないと思うんですけど、このメニューで陣をスタンバイにする操作もめちゃくちゃ洗練されていますね。こういうところで、まあ、タイムをしっかりと短縮しているのがプレクサ氏のすごいところです。ここに陣がいるので、マーキュリーじゃないな、ヴィーナスの陣、地面属性の陣ですね。スティールですね。日本名ではキッスと言います。基本的にメインウェポンはガルシアの攻撃プラス召喚ですね。これで倒せないときはあんまりいないので快適に進めます。Or soft resetting by doing like A/B start select and just doing a soft reset. Soft resetting resets because there are two types of RNG in this game: general and battle. General just advances in its own way with things moving on screen, or just in general it just moves. Battle RNG only advances. リストを回収したらダンジョンの最新部を迎えますね。 But I'll go into a bit more detail now. When you do a soft reset, it only resets general RNG, but hard resets reset both.
陣を入手した直後はちょっと並びが変わるので操作が難しかったりしますね。今逃げたのは一瞬で見えなかったと思うんですけど、ガルシアたちが先制したら 100% 逃げられるので、そういう時は逃げるを選択します。ここのパズルは乱数要素でして、名前次第で変わるんですけど、大して短縮にはならないですね、ここは。パズルが早く解けても待たないといけないんですね。今何かやってたと思うんですけど、ここでなんか回路が断線しててエナジーが伝わらずに儀式が失敗しているという状況ですね、今。なので、また20秒後にもう一回やるぞって族長みたいな人が言ってるので、もう一回儀式をする前にガルシアたちが回路をつなぎ合わせることで、一旦儀式を成功させることによってクロス優勝を奪うタイミングを作ろうという作戦を練っています。All right, here we go. Sweet, we got to speedrun some donations then. Righty, we have got a $50 donation from Zalim Miogos, who says, my first donation here. This is for all the doctors out there. Let's show them diseases that 実際にここの猶予は90秒あるので、大丈夫です。そんなに急がなくても成功すると思います。And I can confirm that we are going to make an old man angry later on in the run here. The creative being angry instead of 回路つなぎ終わったので待機します。休憩タイムですね。僕も少し飲み物を取ってきます。今から儀式が成功すると思います。しばしお待ちを。I appreciate that GDQ does help organizations for people in need, along with supporting the gamer community at large. 司会進行も変わっております。ただいまの時間、私2点が担当しております。今回のゲーム6時間と EST が非常に長くなっておりますので、皆さんも適度に休憩をとってご視聴いただければなと思います。アーカイブもイベントの終了後に公開されるので、リアルタイムで見れなかったという場合はそちらを参考していただければなと思います。Take down Dullahan. And speaking of the $5 donation train, we've got Aether Fang with $5 saying $5 train for one of the best battles. Count me in. So let's get a $5 donation going to get that Dullahan boss fight. We are getting closer and closer all the way through it here. We do want to see that. クロスフィッシュは中に取り込まれて。Going to sneak in another one here quickly. We got a $25 donation from Gull that says, "When I was a kid, I started." これは回想ですね。水晶スルーしたわけではなくて、多分入ったんだろうと思う。I just enjoyed the cool pseudo 3D battle scene graphics and the creative uses Psy Energy had out of combat. でなんか不審者がいる扱いをされますが、ジャスミンが反論しますね。私たちが回路をつなげたから儀式が成功したんだと説明して、クロスイーシャは用済みになったら譲ってもらえないかと交渉するところですね。Yeah, I pretty much played the first game so I could finish the second game properly. So I relate to that. And you thought you were done, Argek, but no, we got more cutscenes because the Golden Sun. More cutscenes means more donations. We got a $25 donation from King of Mischief. この部族の長の赤フグは、赤フグだったっけ名前は。赤フグは、儀式が成功すればそれでいいので、あっさりクロスイーシャを返してもらいますね。ガンボマという像のうさんくさい儀式のように見えたんですけど、ガンボマという神的な存在は実在してまして、ここで語りかけています。
I must find my comrades. We were separated from each other when the volcano erupted. Maybe you can help ま gather my あ、 friends 黒魔術 together を as you 継 travel. 承させてやってもいいって言っただけで、赤フグが喜んで beneficial to you, 出ていきまし Your た psi が、 energy will grow stronger, まあ、本 and 当は your この innate 奥にあ skills る will also improve. ネクロ You ノ can ミ call コン on と us いう in アイ battle, テムを or 取ら just ない use と our power to boost your 黒 own. 魔術師 If に you はな call れな on いの many で、 of us at once, our powers will work together. What do まあ、 you なれ think? なれないと Will い you う、take me with まあ、 you? そういうストーリーですね。 Oh, that takes me back. Whew. まあ別にガルシアは黒魔術師になりたくはないので、今回黒魔術師は取らずに、お前取り忘れてんぞとここで教えてあげて、この段階ではこの街を去ります。And Professor Flint and Dark Dawn is quite a sight to behold. So thank you, Flint, for improving yourself, but we just wish you were skippable. Wow. でまあ無事黒水晶を手に入れたので、船が動かせるようになりましたね、これで。なのでカードの船のところまで戻ります。He's alright. He does his best. He's no echo, but he tries. That's all we can ask of him. まあ基本的に来た道戻るんですけど、ピカードを仲間になったことによって水のエナジーのギミックを解除することができます。なので今までいけなかったこれですね、チルドを使って進むようなギミックは使えるようになりました。使えるようになったので進んでいきます。About sometimes when you actually, you could fight this, but on average, it's actually faster to flee. Even if you do, have those odd runs where, you fail flee 19 times, on average, it's a better idea. 結構おもろいですね。 Yeah, another kind of like mini moment where we're going to just swap to a fleeing approach. Yeah, this game's a lot about finding 翻訳が変なんですかね、海外。 what is going to be the fastest way to clear or get through an encounter, not necessarily defeat it, but get through it. And it turns out that at this point, at level 13 specifically, まあ日本でその技はファルミナスエッジという on average slightly ウラ faster ハンの than 攻 that 撃です battle. ね。 It very clearly was not, but you don't know before you do the battle, and most of the time, you'll just flee immediately. So I'm going to try and be greedy here and get the rainbow kill. Please don't. さあまあ先ほど通れなかったところを通って陣を解除しながら進んでいきます。おっと、 And there we go. Walk down. Not the longest reset. 久々に逃げられましたね。 Oh, it's pretty bad. Considering the amount of encounters you can get on this particular section of land, yeah, pretty bad. But they used to expect まあこういう感じでギミックが解除されるのでかなりのロスになりま I'm す。 going to have more of those than Pixies, and it's all going to work out. So, probability, it's a good thing, learn it. Alright, that's better. And then eventually you come into a point of まあなかなか2回連続で逃げられることはないですね。 Oh, sorry guys, my calculations were wrong. すでに悪い運は引いているので、 And we just trust him on that. この後には幸運を期待しましょう。 So when we talk about rainbow kills, we've only done them on Ginny. Ginny don't actually flash the rainbow colors, but yeah. ここで手に入れたのはブーケですね。海外名はなんていうのだ、ワフトかな。ワフト、どういう単語かよく知らないんですけど。 That Ginny will, well, the enemy will usually like flash rainbow colors and then die, but the Ginny don't. So even though we've been talking about it, it has been happening. That was a lot of experience there. Yeah, we might be able to, like, we're going to go for a bunch of them. If we get them, it's nice. If we don't, it's not a big deal. On Aqua Hydra, it's probably the one that's easiest to set up, so we'll give that a run. If it works, great. If not, so be it. The RNG is not with me today. ここでの目標レベルっていうのがあって、まあ13レベルになってるので、結構逃げれる確率が高くて、逃げながら進んでいますね。今は運悪く逃げられなかったんですけど。まあ逃げられる要因も、ピカードのレベルが結構高いので、パーティーの平均レベルが高くて逃げられるようになっています。In the first game specifically. Thank you, but I also hate you for it. Thanks for your honesty, Plexa. Yeah. It's just like, it introduces so much random
nonsense. でもなかなかちょっと運が悪いですね。Grumble, grumble, grumble. Old man here, don't worry. I appreciate the old man grumble. It's Same. it's a skill. It's a skill you hone over many years. Yeah. Back in my day, we actually fought encounters. Yeah, that's Yep. that's actually not true because we ran away from things with で manipulation. まあ来た道を戻ってマドラー I まで do 戻 remember り the ます。 dark days of early any percent no SNQ for Golden Sun 1, which was just flee from everything and hope you don't die. Oh, yeah. That was a fun time. Okay, so we're going to be running back to Madra because now that we have the Black Orb, we can get onto Piers' ship. 再びゴンドワナ大陸からインドラ大陸ですねに戻ります。 ここでもピカードが仲間になることによって手に入るジンがいるので回収しつつ進みます。 Took away his Black Orb. The Black Orb was then stolen from the Madrans by the Kabombans because they were searching for items that they could use as part of their rituals to help. What's his face? I can't remember his name. What's his name? Akafubu. Thank you. Yes. ここにいるのはアクセルというジンですね。海外名はキンドルかな。これまたちょっと意味は知らないんですけど。 Thank you so much. My word is leaving me today. English, please. Yeah. So he could ascend to the village witch doctor and take over from his アクセルは全員の攻撃力を上げるという能力持ちで、おそらく使う場面も出てくると思います。Yeah. So now that we have the Black Crystal back, we can now grab Piers' ship and use that to kind of head off into the Eastern Sea. We do need to go back to the Madrans though and kind of pop in and say 今取ったキノコは次の町で使い道があります。 Visiting a relative when you're kind of like in the area, one of those things. そうですね、Wii U でゲームボーイアドバンスのこの2作品はバーチャルコンソールとして販売されているのでプレイすることができます。できれば2つをいい感じにまとめたリマスター、リメイク、そのあたりの作品が出てほしいところですね。And then we're going to go and grab one more in Madra as well. So we're going to like build up a big chunk of Fire Genie as well. Because we want to have, as many of all of them as possible. Yeah, and I just want to shout out everybody who met the created incentive. I know we're pushing Dullahan pretty hard. ここから敵のレベルもさらに低くなるので、プルーフをかけてエンカウントしないようにしながら進んでいきます。マドラーに帰ってきました。マドラーでは蝶々がお礼をくれるということなので、蝶々に会いに行きます。今ちょっと謎の女が立っていましたね。女の子はカーストというキャラクターで、前作のラスボスで、主人公の敵対勢力であったメナーディ、サティロスがいたんですけど、メナーディの妹にあたるキャラクターですね。どうやらその2人組とは別に東大を灯すためにこっちの大陸で情報を集めたりしていたみたいです。町長での会話はピカードを冤罪で捕まえたことを詫びてもらっているところですかね。Anyway, this is a fantastic time for some more donations, Agik. We got a bit. Of course, we got a $25 donation here from Tricheron that says 5 tickets to the Dullahan show, please. Golden Sun is my favorite game series ever. So happy to see them at GDQ. エナジーのサイクロンとエナジーが使えるようになるアイテムをくれます。これによっていけるところが増えますね。ここでガルシアという名前を聞いてカーストという先ほど説明した女が話しかけてきます。ロビン、前作の主人公ロビンたちがメナーリーたちを倒したということはもう知られていまして、復讐のためにロビンを狙うという感じですね、このカーストは。そういった会話をしています。And we have $50 from Hoagie in disguise that says, I didn't know there was a cutscene to make Kraden angry. I always figured he was just angry because of how poorly I played the game, not because of my dialogue choices.
でまあ敵っぽいんですけど、まあ目的はこの段階では一緒なので、対して対立することもなく去っていきますね。SGDQ2021 Golden Sun run was amazing by Plexa. I'm so happy the second game in the series is being run again by Plexa today, and I can't wait to see how he breaks the game. ここでジャスミンが真っ赤になってると思うんですけど、ロビンたちが狙われていることを伝えてあげたいとジャスミンは思っているんですけど、今ロビンたちって目的を違えているので、あったらバトルになってしまうんじゃないかという話で、シッバーがちょっとそのジャスミンとロビン恋人なんだから何とかしろよみたいな感じで茶化してジャスミンが照れている、そういうシーンですね。そこでジャスミンが言ったうるさいぞシバというセリフはまあ結構人気のセリフだと思います。結構会話少ないんですけど、まあこういう和気あいあいとした会話も結構挟まれていきます。今画面に映っているジンですが、道中で拾ったキノコを欲しがっていたおじいさんにキノコをあげると、お礼にペットとして可愛がっていたジンをくれたという感じですね。お礼のペットを目の前で吸収するというのはなんかどうなんだろうって感じですけど、まあ気にせず進みましょう。船を動かせるようになったアイテムを手に入れたので、このままピカードの船に向かっていよいよ船で出発しようというところですね。結構ジンは各地でペットにされていることが多いですね。まあ見た目も可愛いですし、僕もペットに1匹欲しいです。まあクロス衣装でピカードの船を動かしに来ました。来たんですけど、船は魔物の住処になっていたので、魔物を倒して動力室まで向かいますね。踏んだり蹴ったりのピカード君ですが、さらに船が魔物の住処になるという災難が待っていました。We're going to be trying to get our PP as low as possible. I think we don't want to go below like 15 kind of like level. So we'll get 2 casts off before we have to resort to like other strategies to get through these. ここではまあプラネットダイバーが貴族性の陣を陣で攻撃することによってこの雑魚を一撃で処理していきます。ここではムーブを使ったクリップと同じようなことをします。いい感じにピクセルを調整していけてそうですね。調整してあとダメだったか。最初にこの右の出っ張りのところとガルシアの影の右の出っ張りを合わせて、このイカとガルシアの位置をすごいいい感じに密着させて処理するのが調整になっています。この位置からチルドを使うことで乗れるかな？乗れましたね。うまいです。ここも結構難しいんですけど、イカをいい感じにね処理しまして、はい、really annoying to get into. I was tapping down right the entire time and it did absolutely nothing. So, what can you do? 結構手厳しいですね、皆さん。まあ気にせずに続けてイカをいい感じに処理し続けて先に進んでいきます。まあ、イカを倒すことによってアシテラを作れるようになるので、それで道を作っていきますね。必要なイカだけを倒していきます。Yeah, it's actually surprising that we can't do the frost clip anywhere else, but it's specifically that aqua jelly that has the wonky collision that allows us to do it, whereas all these ones have a proper collision, so we can't do the trick, unfortunately. こんな感じでジンを解き放つと強い攻撃力に補正がかかったダメージを発動することができますね。
ここでまたムーブクリップですね。ムーブを使ったバフでうまいですね。調整が早い。Leniency despite being sub-pixel perfect. You can try it again, basically. That's what's Exactly. これは順調に進んで That was really nice. That was nice, yeah. いっていますね。I recently learned that you can actually engage in an extra encounter by accident, which is really annoying. By accident. Yeah, so this one, so not the one that you're fighting here, that one that's on the top right of like the This guy bottom right here, section. this guy right there. You can talk You to can him through you- this little thing. You can engage him diagonally. I didn't realize this until I was trying to open the menu and got an extra. 結構このダンジョン長いですね。 Right, upset. 船の Always use 中 select to の。 open your menus, folks. Right, okay, so we're going to use Frost. まあイカがなんかいい感じに Run it on it, normally it will fall down. いい感じに So we're going to do a そ quick の bit of setup. 橋の下に位置取ってくれたのでチルドで橋を固定して進みました。 Just going to move breath over and kind of give all of the Mercury Ginny over to Shiba so she has で wish, ここでボス戦があるので safety save just in case. セーブ This を is し a て very この中央のイカに話しかけるとなんと here. イカが合体してイカではない何かに変身しました。 Imagine Felix's attack. One attack is ここで大事なのは hit. We're looking for seven. ガルシアが何回攻撃したかをカウントすることですね。 So that's one. ガルシアが7回攻撃した後に召喚を放つことによってちょうどいい体力になります。でまあ召喚の陣を使って調整しつつガルシアは攻撃していきますね。今メギットが出たので3回分。もうガルシア4回攻撃したカウントになりますね。 これで5回目です。結構この攻撃は強いんですけど耐えて他の人は回復しながらガルシアが攻撃していきますね。メギドが出て8回ですね。次召喚したら倒すことができます。でまあ召喚でとどめを刺しますね。結構この戦闘も荒れがちなんですけど、まあ、メギドがいい感じに出てまたあれを言おうとした危ないいい具合に倒すことができました。 Alright, we finally have the boat. The boat is a new mechanic in this game. In the first game, you had to run around on foot like a dingus. のでまあ動力室に向かいます。 You sail like a dingus. Well, yeah, and then you can fly like a dingus because, you know, why not? RPG logic. Yeah. It's pretty cool. This is a really epic moment. Casually, you're like, it's like freedom. You're like, wow. ピカード君は魔物の住処になっててちょっとショックを受けていますが、気を取り直して船を動かします。 Because on Twitch, if you select your game as Golden Sun: The Lost Age, it auto tags it as open world. I don't know if that's necessary. いよいよ船旅が始まりますね。前作は船に乗る機会がなかったので、本作はもうその船に乗って世界中を旅をしていきます。でまあ当面の目標としてはレムリアに向かっていこうということになります。大体3分の1ぐらいですかね、ここでストーリーに。船旅が始まりました。そうですね、ここから行けるところが広がってて、すごい楽しくなってくるところです。船も戦闘 BGM が専用なものになっています。僕はこの BGM 大好きですね。What we're looking for and how to do it, so we can go and do it in a speed run. But if you haven't played this game before and you're trying to figure this out, it can take a while because you know lots of encounters, relatively slow-ish movement. これが世界マップですね、今のが。最初に来たデリーという街で、これまたピカード君がいなければ進めなかったところが進めるようになっているので。最初にちょっとだけ立ち寄った怪人の社、怪人の社ですね。ここを進んでいきます。
今ちょっとアクじゃん、チルドに必要なエナジーが足りなかったですね。戦闘でも PP を使って、それでまあギミックにも PP を使う難しさがまあこういうところに出ています。のでまあ PP を回復できるアイテムをサブというかバックアップのために拾って、ここでまあチルドの分のエナジーを確保しました。しっかりリカバリーをして進んでいきます。So yeah, we're gonna get the Sea God Steer here, and this will get us even further into the Shrine of the Sea Goddess. And this is what Bowie was talking about earlier. We have to drain all of the water out of. で、今取ったアイテムが怪人の社を進むために必要なアイテムですね。ちなみにさっきワールドマップを開いたのはサービスでもありましたが、もう一度アウトオブバウンドをするための仕込みでもあります。ここでさっき見たやつですね。リターンバグで壁の外に行って、今度は先に進むためにいい感じのところに歩きます。だいたいこの微妙にスクロールするのを目印に入力を行っています。で、壁抜けをして、さっき入手したアイテムを使う手前のところまで来ました。アイテムを使って神殿を起動します。細かいんですけど、アイテムを使うときにその対象を調べたらアイテムを使った方がいいよみたいなメニューなんかテキストが1個出て、そこからメニューを開くことになるんですけど、対象を調べずにセレクトボタンでメニューを開いて直接アイテムを使えばテキストウィンドウ1個分節約できますね。A ボタンでもセレクトボタンでもメニューを開けるっていうのは豆知識というか普通にプレイしても知らない人もいるかもしれないですね。船に戻ります。この船をいい感じに止めたら、止めたのもなんか飛び乗るのを調整してますね。さっき村に入ったのは塩化リセットのためです。で、社の頂上で取ったアイテムはその3つ揃えることでレムリアの前に陣取っているボスを弱体化させるために必要なアイテムになるんですね。なのでそのレムリアの手前のボスを倒すためにそのボスに使うアイテムを集めているのが現在の目標です。トライデントの矛先ですね。3つの矛先を手に入れてトライデントを作成してレムリアに向かうという順序になっています。ここで先ほど来たガンボンマの像の中ですが、用はないんですけど、サイクロンを使うことによって進めるようになっていまして、ジンがいるので、ここのジンは拾っていこうということですね。で、ヴィーナスのジン、マッド戦ですね。このジンは相手の素早さを下げる効果があるので、結構必要になってきますね。And it's really slow, and it gets worse because then you can't do a second retreat after mud, and then you have to walk out of the dungeon afterwards. It's quite literally a 2-minute time loss if it runs away. 奥に先ほど言っていたネクロノミコンですかねがあるんですけど、それは必要ないので、ジンだけ回収したら次の目的地に向かいます。
そうですね、このゲーム GBA、しかも結構初見に出てるんですけど、グラフィックやサウンドもうハイレベルで、容量も1作目は40時間ぐらい、2作目は80時間ぐらい、十分に遊べる、結構すごいゲームですね。で、船で次に向かうのはジパン島ですね。見るからに日本の形をしています。現段階で行けるのはこのジパン村か、この後に行くアクアロックなんですけど、移動とかが最小限になるので、先にジパン村に向かいますね。So literally in Dark Dawn, what we're doing now is we're reading the book on the world map. We're literally reading lore to save time. It's kind of interesting. 船の中の上での戦術なんですけど、プロクネですね、風の三体召喚プロクネが演出が最速で、しかも敵を倒すのに十分な威力を持っているので、さっきはボレアスを使ってたんですけど、今回はプロクネで処理しながら進んでいます。Anyway, speaking of good NPCs, we have our favorite NPC coming up. This is Shop Girl. She is fantastic. We love it a bit in the community. 作曲者は桜庭元井さんという僕も大好きな作曲者の方ですね。キャメロットのゲームとかの作曲がされてて、キャメロットの最新作であるマリオゴルフの作曲もされています。出雲の村というところに来ました。ここで買い物をしていきます。次のボスは結構強力なので、装備を整えつつ進んでいきますね。ここのショップ店員のアイコンが結構可愛くて、プレクサ市の放送のスタンプになったりもしていますね。人気です。本家でも結構流れてますね。あ、流れてますか。はい。人気のスタンプですね。専用アイコンです。この裏には復活の聖水という仲間を蘇らせるアイテムがあるので進んでいきます。入手して。装備を整えても結構次のダンジョンは強力な敵が多いですね。出雲を離れてガイアロックというところに向かいます。これがロック系のダンジョン2つ目ですね。ここも外壁をまず進むんですけど、例の技を使って少しだけ近道をします。なのでまず内部を進んでいきますね。ここで難しいのはリターンバグを2回使いつつも普通にリターン使う場所が2ターンあるというところで、ガルシアの PP 調整が結構難しいですね。さらにムーブを使ったりしてガルシアの PP も消費されます。ここのパズルの解き方なんですけど、本当は下のやつを上側のくぼみに入れて、上のやつを下側のくぼみに入れないといけないんですけど、今見えたと思うんですけど、ガルシアとキーが重なる絶妙な位置でムーブを使ってゴリ押ししていますね。やっぱガルシアの PP が尽きているので、ちょっとうろうろしてムーブ分の PP を回復しています。なんでここでやってるかっていうと、ムーブを使うエリアとかではエンカウントがないエリアがありまして、そこで歩数歩いてエンカウントしないように PP を回復しています。無駄ハルマゲドンが出ていますが、気にせず進みましょう。
でここでリターンバグをすると外壁の結構いい感じのところに出ます。That's a really, really cool skip to skip that entire first screen, which is where I got stuck at as a kid. I didn't know you could run to the left or the right of the opening doors, so I never knew. So I never got sand. Yeah, like the only reason that retreat glitch ファイアロックでもまあスピンを使って進んでいますね。結構まあ同じエナジーでも違うギミックに使ったりしてて、結構そういうところが魅力ですね。All the other rooms in the maze do other weird things. We will may be able to use one of them later on, depending on ここは外れの道を選ぶと壁からモアイの顔がせり出してきて落とされるという、ギミックなんですけど、アルティエ奏者は引っかかるわけもないので正解の道を通っていきます。It also costs you a lot of time because you fall right back down to the bottom and have to climb all the way up again. Yeah. And it makes you feel like a big dumb. Judgment. Yeah. Oh, it's so nice to have judgment now. これは地の4体召喚のジャッジメントですね。4体召喚の中では演出が短めで強いです。アポカリプスですね、日本名では。During the teen levels of your party, like from like 13 through to like 20ish, you kind of lack any useful アポカリプスは前作でも結構活躍しましたね。ここではムーブクリップを例のごとく使っていきますが、その後にリターンを使うところがあるので、しっかりと PP を回復してからムーブクリップに挑みます。うまいですね。しっかりと一発で成功して。But we won't be, because they gave us way more experience in this game, so we'll actually get decent levels. Yeah. These fireworms are paper, and they give you about 158 experience per. That's really good. So, yeah, do you know why? Do I know why they give you that much experience? Yeah. Because Camelot went. No, so every other enemy in this dungeon is from Golden Sun 1. So the one thing they didn't change between games, they changed their levels, but they didn't change the experience they give. And in Golden Sun 1, the enemies give about 70% of the experience they would in Golden Sun 2. The worms, however, are a unique addition from Golden Sun 2. で、内部を進むために必要な踊る人形というアイテムを入手したら、今度は内部を進んでいきます。This retreat makes me sad, but it is faster. When you're in reveal, it's like it's laggier to do retreat because of all the sparks flying. 最初の台座に踊る人形を乗せると仕掛けが作動して進めるようになりますね。It's just because canceling also induces lag, so it's like, well, I'm going to get lag either way, so it's slightly faster. And you can see here how I'm kind of doing my menu, like all my gen are kind of across the top row, similar to with Boreas. でもやはりロック系のダンジョンはリターンバグを使うにしても長いですね。まだ半分も来てないです。Believe me, it's faster than if you tried to do things normally. The gen menu is an experience. It's really something. Yeah, because I learned TLA first, and I always knew that it was like that. And then I went back to TBS or Golden Sun 1, and I was like, oh, this is so good. ここではサイクロンを使って仕 it is crazy. 掛けを作動させてから反対側に向かいます I can do ね。 it fine. But then when you experience what the original is, it's just a different story. It's crazy. So what you're saying is I should never. 今みたいに出たり入ったりするのは例のごとく塩化リセットですね。I'd be stuck at like 5 PP, I'd have to run around and get an encounter, and it would be awful, and I'd take forever, and I'd just be a very, very sad person. So making sure I get to 11 PP before in an encounter-free zone just sets everything up so that it just works, and it's really nice. And if you forget to manage your PP properly, then you cry because that has a long walk back. Yeah, like it's. このダンジョンのギミックなんですけど、最深部にいるオロチというのを倒すのが目的ですね。そのオロチというのは強力な
敵でして、男女のギミックを解除することによって弱体化させることができるんですね。弱体化させた状態でオロチに挑みます。弱体化させずに挑むこともできるんですけど、ちょっとこの段階では到底勝てるような強さではないので、今回は4つ分しっかりと弱体化させて挑みます。I made the error once of thinking I could flee and failed fleed 7 times in a row and died. That was a good run. That's the thing. That happens. That was unfortunate to run. I won't do that again. Yeah, we will not be fleeing until we have enough levels, and that's when we. そうですね。コメントにもあるように弱体化させないと体力3536で毎ターン2430回復。しかも3回行動だったな。でまあ異次元の強さで、あまり倒されることを想定していないステータスですね。最後の最後まで後回しにして装備を整えて少しレベル上げたらなんとかなるかもしれないですけど、ある程度あんまり装備整えたりはしないので、しっかりこの段階で弱体化させて倒します。今から光を当てる演出が出ると思います。これですね。このでかいのがオロチで、オロチに4つの光を当てて弱体化させて挑みますね。The fourth light makes a massive difference in how powerful he is. First off, it takes off an extra turn that Serpent does. It reduces his healing to like bare minimum. I think it starts at like 1,000 or something. It goes down to like 300, then it goes down to like 50 or something. Again, Plexa knows the exact numbers, so feel free to correct me because I'm definitely wrong. And then yeah, so it removes a turn. 水飲んでるのはなんで水飲んでるかっていうと、酒を飲まして弱らせようと、この出雲の戦士ですね。名前忘れたけど、酒を飲まして弱らして倒そうということですね。なぜオロチを倒そうとしているかというと、おそらくエレメンタルの影響ですね。エナジーじゃないわ、灯台を灯したことによって村の守り神的な存在であったオロチが今日を動かしてこの生贄を捧げないと落ち着かないという、よくある感じの状態になって、生贄を捧げるのが生贄なんだ。幼なじみが生贄になるのが嫌なので、その酒を飲まして戦おうと、その村の人がやってます。They exist, truly. They're not in our minds. Also, you didn't get any encounters while you were climbing, right? So. Yeah, sure. Whether it's faster or not. 伝説の通りですね。Because running is quite fast. It's faster than climbing, so I don't know. ここで4つ目の光を灯したらリターンバグを行います。Now, I don't know if VWow changes the order of the maze from Yatilda's, so I'm not going to talk about the maze order, but the maze, there's like a set about the screens. Yeah, just do it your way. When I go into the maze, then we know the order. ここではエンカウントないので、しっかりと調整してリターンバグでこの迷路のエリアに来ます。迷路がもうこの一番奥のエリアなので、He specifically also got judgment back before he went into the maze because the recovery rate within certain parts of the maze is extremely low. So he wanted to make sure he had at least a judgment to get through one of the encounters. The other one likely will have to just do with some synergy or perhaps fleeing. Hopefully we'll just get on the text first. Nope. Alright, Furious, that works. 迷路の解き方なんですけど、本当はその真ん中にある草にグローというエナジーを使うことで先に
正しい道を教えてくれるというギミックなんですけど、まあ RTA なんでサクサクといきます。Otherwise, we'll just have to use growth. Right, yeah, I know where I am now. Yeah, growth is the canon way to find out, not the Ginny. It's the canon way to find out where to go because the little plant in the middle points the direction. ここもガルシアの名前によってOh, thank God. I like this room. その迷路の乱数が変わっていくんですけど、You are finishing the maze. まあ、普段とはちょっと名前が違うので確認しながら進んでいる感じですかね。Alright, second fight. Yeah, you guys can talk all about this while I focus. This is one of those cerebral fights. Sure thing. It's definitely a pretty tough one, and you can オロチの部 very 屋に much たどり着きまし still have a character die here if you get really 先ほど言った unlucky, like Bowie said, Mighty Press and たように、まあ、オロ targeting チを of 倒そうと abilities. 酒を It 飲ま can して happen. 襲いかかりますが Hopefully it doesn't. あ We え have な one life く in case it does. 倒されて We'll しまい see. ます。 If all goes according to plan, shouldn't be a big deal. We're basically going to be setting up all Venus Jin on Pierce in order to get access to Wish, so we can heal ここ everybody. も結構、 And other than that, まあ、運 it's going to 運 be 悪ければ get some summons out 臨 right 機応 away. 変に戦 Build わな up ければな again らなく to なってきます get ね。 more summons, specifically back up to まず最初に召喚 Boreas. を使用 And し then て、 that should be enough to こ kill こ him. からまた陣を回して、 So yeah, even in his weakened state, 召 4 喚を lives して倒すという is、まあ、 still 召喚 pretty と tricky. 陣を使ったサイクルですね。 I am まあ、 most 基本となる definitely 戦 making い方 mistakes で for this す。 guy. Oh yeah. I mean, there are some things that can definitely help. このシェイドという最初に使う陣はダメージ 50% カットで、まあ、一番強力な陣ですね。この陣を使ってから召喚を行っていきます。 Piers can go straight in with it, even though he didn't have enough to cast at the time. As long as when the turn comes around, you have enough standing by Ginny, you can go straight in. So yeah, that upgrade. 基本的に自分と同じ属性の召喚を行っていると思うんですけど、まあ、エレメンタルパワーというパラメーターがありまして、召喚を行うことによってそのエレメンタルパワーが溜まっていくんですね。 Someone talk about superpower wish? そのエレメンタルパワーが溜まった状態でその属性の攻撃をすると補正がかかってダメージがどんどん増えていくという仕組みなので、なるべくそのエレメンタルパワーが高いキャラクターでその属性の攻撃をして、しかもその召喚を繰り返し使うことによってだんだんダメージが上がっていくというのが仕組み、まあ、戦術ですね。 Venus and Mercury are opposite, so when they go, so yeah, so when like Venus is all water, Ginny, and vice versa, Wish is available to Felix and to Piers, and that Wish is super nice. 結構オロチはマイティープレスという攻撃が強いんですけど、それはあんまり使ってきていないですね。それさえ来なければまあ難なく勝てそうです。あ、これですね。死にました。まあそういうことです。ジャスミンは落ちてしまったんですけど、まあ、あまりジャスミンは火力担当ではないので、蘇らせ、まあ、一応蘇らせて一旦しのぎますね、ここで。We're going to maintain that healing. Wish is going to come out once again. That buff does get removed if the character dies, by the way. So we don't want to see一旦しのいで、because that would be very scary. So しっかりとマジンをサイクルさせて召喚します。結構回復してきますね。1回目の攻撃でメギドが出てるので、どうだろう、いい感じに倒せるかもしれない。Why did Boreas go off? Did I do some... No, I did a silly thing. Okay, that's fine. このターンで決着がつ Oh, くと did 思い I? ます。 Okay, I autopiloted that. That's fine. Alright, Boreas kills, it's fine. You should be safe. Yeah, there it is. Okay, There it is. no drama. まあこういう風に、まあ、運悪ければ倒されてしまうんですけど、まあそれ込みでも勝てるぐらいには調整されています。It's okay. I picked up いい戦術ですね。 What would have happened in a normal run is if that situation had arisen, I would have used the Water of Life, then I would have gone to a それでオロチを倒すと、地面から石板が出てきて、
これサンドというエナジーをゲットできますね。Nice. Well, so what's really cool about the rocks as well, right? I don't think you really mentioned it earlier when we went to Air's Rock. You actually got Reveal, which is a spell that allows us to 地面のエナジーであるサンド、この先進むのに必要なので、ここで入手していきます。So for Felix, we learn the sand ability. If you use sand in that room, you'll kind of know about the fact that でもまあ、リターンするエナジーは足りないんですけど、例のごとくリターンバグでバックアップして外に出ます。Because he was fighting and he left the Cloud Brand in there. The Cloud Brand is an amazing weapon with a really, really cool unleash. And そうですね、神話の通り、尻尾のところには村雲の、村雲雨雲の剣ですね。というものがあるんですけど、まあ、完全に使い道がないわけではないんですけど、おそらくガルシアの PP が2なかったので、サンドが使えなかったんですかね。なのでスルーして、先に進んでいます。まあ、大して影響はしません。Yeah, it's just at this point, like the Prockney is a faster animation than Judgment, and Prockney won't kill in Gaia. Or it kind of 次はアクアロックというところに向かっていきます。Slightly slower than Judgment. Ooh, this is nice. If use my oil drop. This is why I get that oil drop for this encounter specifically. Like anything with two men use. まあ、アクアロックに先に来ることの方が多分通常プレイでは多いかもしれないんですけど、ちょっとこっちのエリアでサンドを使う場所があるので、おそらくこの順番でいってるのだと思います。And in Aqua Rock, we'll try and use Prockney as well. It turns out Prockney will clear a lot more things in Aqua than Gaia, because Aqua was intended to be done first, I believe, although what is really first in this part of the game is really not clear at all. Yeah. そうですね、村雲の剣はこの段階ではかなり強いんですけど、まあ、ソルグレードに比べると大したことはないです。一応ピカードが装備できるんで、戦術的にはそこで活用できますが、今回は手に入れていません。サンドは今のみたいに砂に潜ってオブジェクトをやり過ごすというエナジーですね。この先にジンがいるので入手します。Yeah, we picked this up for one boss fight in particular, and it's not the one that you're thinking of. It's the Moapa fight. Yeah. ここすごく景色がいいんですけど、絶壁になってるんですね、世界が。球体ではなく平面の世界なんですね。これはストーリーに結構関わってくるところでして。印象的なシーンです。今入手したジン、ハイドというジンですが、味方を一体無敵状態にするという結構有用なジンなので、しっかりと回収していきます。100%RTA ではなく、ラスボスを倒す RTA ですね。一応オールジンというカテゴリーもあって、おそらくプレクサ氏は記録を持っていると思いますが、しっかり見たことはないですね。ここでアクアロックを進むための仕掛けがこのガラパス島ですね。にあるので、ここで起動させてからアクアロックに向かいます。そうですね、人回収はまあ最小限ですね。先ほど説明したハイドのような強力な能力を持つ人は必須で集めていきます。が今までも、寄り道要素がいっぱいあるのを、無視してきてて、そこにジンがいたり。あとは召喚。今回は前作はその属性ごとにしか召喚いなかったんですけど、
今回は例えば水2体、水じゃない、風2体、水3体、水2体、風3体の召喚だったり、そういった複合属性の召喚が存在してまして、そういうのも寄り道で拾ったりはできるんですけど、本作では1体しか登場しません。召喚結構全部演出がかっこいいので、増えるたびにテンション上がっていた思い出がありますね。ではアクアロックを進んでいきます。例のごとく外壁からまずは進んでいくことになります。解析の雰囲気もガラッと変わって、BGM も専用なものがあっていいですよね。雰囲気がいいです。Mario Golf Super Rush does have a leveling system, just like the old GBA type titles does, and it has boss fights. この水に当たると落とされてしまうので、避けながら進んでいきます。外壁ということなので、例のごとくリターンバグを使用して、ここですね、はしごを降りても画面がスクロールせずに隣の全然遠回りしないといけないとこに移動しています。うろうろしているのはリターンバグ状態を解除するために歩き回っているところですね。リターンバグ状態解除するには変化しないといけないので、今みたいに解除して先に進みます。That hasn't had an encounter yet. That encounter should have been factored into the calculations, and it never was. So it turns out that retreat glitch actually does save time, on average to the tune of about 30 seconds, I believe. Very nice. Yeah, very cool. I believe I said it was the only skip, but now it's the only retreat glitch. That's true. There is one other more small. Yeah. Now this is a good point to kind of like reach over to you, Plexa, and kind of ask, would you reckon? I know how you feel. 大して危険なエンカウントはないんですけど、so do you reckon it's a good time for donations? ジャスミンのレベルが18になると逃げられるようになるので、それだけはチェックしておきます。You know the pointless trick. I do. Not this one. The other one. Yeah, I love the pointless trick. Oops. That wasn't it. That wasn't it. That's Fun a mistake. fact. Yeah. Fun fact. You can actually climb up left from here. ここは足場を1個飛ばして進んでいますね。地味なんですけど、これ普通に進むのも結構難しい操作感なので、僕は1個飛ばし真似してもあんまり成功しませんでした。That's all I've managed to actually push to this game. Let's go. Alright, so I'm going to do this the intended way, and then I'm going to do it a pointless way, just to prove a point. So this is very clearly the intended solution. Just hold upright. 進んでいきますが、ここは岩でせき止めて押されないようにしながら進むんですけど、強引にゴリ押しで進めるので進んでいますね。ちなみにリターンバグで今みたいにそのまま行けたりします。が大して意味はないです。Completely unnecessary and definitely lost time for that, but that was so worth it. Swag is time neutral. That's just kind of the motto of the run, isn't it? Pretty much. You won't believe how much swag we can pack into this speed run. もう外壁は終わりに近づいて内部に進んでいきます。Yeah, this is one of those moments where like, I guess I'll use Thor. I guess. Didn't Thor get quite the glow up in DD? He's fast in DD. Thor's in DD. Prockney got destroyed. Oh, poor Prockney. Very happy news. You need those tools to stand by. Okay, so basically through this dungeon, I'm looking to see if Jenna is getting to level 18. I know I promised Argek would get an opportunity to do donations, but I need to explain level 18 because after that, the dungeon is brain dead. At 18,
that's all the experience I need, and it becomes slightly more optimal to start running from everything. We do need to hit a level threshold later on, but at this point, the encounters we would take here are less efficient than the encounters we would take later on, so we take the encounters later on because it's more overall efficient, it saves time, yada yada yada. I'm going to do a menu here, we're going to run from everything. Give us some donations because I really don't. ここから内部に入っていきますね。 Of course. Well, something that we do like is the Dullahan fight. How long do we have until that comes up? ジャスミンがレベル18なので、 A while. All right. まあここからの戦闘は逃げるのかな？でも逃げるので、その次に合わせた陣の調整をしています。 And speaking of, we have a $5 donation from Helix who says, shout outs to the marble with a screaming Dullahan inside. I like the fact how the memes are mixing now. We're getting Dullahan with a screaming marble and things are just going great. まあ最初の方に説明したんですけど、まあ、色を説明することで、まあ、クラス色を説明じゃない色を自分の属性と同じ陣を集めると結構強い上位のクラスになったりして、まあ、ステータスも上がるので、そのように調整して進んでいきます。Incentive went towards Dullahan. He's ruined several days of my childhood. Plexa, a man greater than I humbly ask you to avenge my childhood. I will be watching, このダンジョンでは残念ながらリターンバグが活躍する場所はあまりないので、普通に進んでいきます。しばらくはアクアロックの雰囲気をお楽しみください。Especially for the 20th anniversary this year. This goes towards the Dullahan fight, obviously. It should have been going towards Star Magician for that beautiful battle theme, but we'll save that for another day, I suppose. Good luck on the run. I think you're going to crush it. And here's あんまりと言いましたが、 GDQ2021. 一箇所もないと思いますね、おそらく。 We've also got a massive $500 donation from a wild Chansey appeared. I was super excited to see the first Golden Sun run at AGDQ that I had to get up at 5 a.m. to watch this run of The Lost Age. Golden Sun is one of my all-time favorite games, and I'm so happy to see Plexa running these at GDQ. Good luck on the run, and let's get that Dullahan incentive. Right, I think I have calculated the time remaining. We have about 2 hours on Dullahan. Oh wow, that's a long time. Yeah, there you go. Okay, so レベル18と言ったのは、今陣を揃えたと思うんですけど、陣を揃えた時にジャスミンが覚えるプレイヤーストームだったかな。そういう強い呪文があるので、強い呪文を使って次進んでいくので、それさえ覚えたらあとは逃げてもいいという。いった戦術ですね。I've loved these games since I was a child and couldn't be more excited to see them at GDQ. Let's get that Dullahan fight. Oh, this guy goes really long. でもここはムーブクリップをすると思います。 This is the only interesting thing in the whole run, in the whole dungeon is this clip right here. And I didn't get it. Nice. No, I got it. おお、成功しました。本当にうまいですね。 Super cool to see everybody getting behind the Dullahan. I mean, I know Dullahan wrecked me as a kid, so I can sympathize with every one of you saying, "Oh yeah, I spent 3 days trying to beat him." Yep, me too. Oh yeah, we've got more. We've got so much more for them. 回復してないけど大丈夫。 Yeah, like this one. $50 donation from Justin saying I had to donate for the best GBA game of all time. So happy to see it in GDQ this year. 実はこの作品はリバイブが簡単に使えるんですね。前作はちょっとリバイブを覚えるまで時間があったと思うんですけど。なのでまあ特に問題はありません。 We got $25 from Sup It's Carrie saying had to donate during my favorite series, Golden Sun. I can't believe it's been 20 years already since this series started. I know we all love to see the Golden Sun rise again with a 4th game, but a GDQ run is almost as good. Here's hoping we see Dullahan today. I can barely beat that dude on my best day, and I know Plexa is going to turn him inside out.
We've got a $100 donation here from Rosalina saying, so glad to have Golden Sun, the Lost Age at a GDQ event, especially for the 20th anniversary. Go Plexa! But yeah, again, everybody, a big thank you for all your donations here. They are absolutely fantastic. Please do keep them coming in. As we're jumping over the water, we've got a $25 donation from Atelier TM saying, good luck on the run, Plexa. Don't let Bowie's dulcet tones distract you. Bowie, do you have dulcet tones? I have been told. I can't verify this myself, but... I think we can verify it. You do. Don't stop distracting our runner, please. Sorry. Got a $20 donation from Golden Sun Lover saying, Golden Sun is my favorite game of all time. Never lost hope for a 4th entry. I'm always amazed at how speedrunners can make me enjoy this game even more. Greetings from Chile, and please show us that Dullahan battle. そうですね、戦闘はやはりレベルは全然足りていないので逃げる確率も低いですし、逃げミスすると、倒されてしまうぐらいのレベル差はありますね。ただ PP 回復する手段は多くて回復も豊富にあるので倒されても気にせずに進んでいきます。Great graphics, great music, and yes, I did enter the gold password every single time because I never had a link cable. すみません、途中ですが、先ほどから本家の方ではドネーションが呼び上げられていますが、デュラハンを倒すという達成で目標寄付額5万ドルを達成するとデュラハンを倒すという挑戦ですが、現在2万5000ドルまで達成していて、今でも寄付を見上げている通り、多分終了までに達成すれば行われるという感じで、結構増えてきているので、最後までどうなるかわからないといったような状況になっていますね。あと半分といったところですかね。そうですね。できれば見てみたいですけど、どうでしょう。Put this towards taking Dullahan's head off. Oh, wait. Also, shout out to the marble with the screaming head inside. You can't do both. You can't say Dullahan's head off and then screaming head inside. Oh, thank you, Nordic. Oh, we got a $250 donation from PETA. あと3時間程度ありますので、達成できる可能性も高いと思いますね。期待したいです。Good luck on the run and give Dullahan the Megiddo! We won't give them the Megiddo, but yeah, I feel you. They have the lowercase t and the plus symbol look very suspiciously similar. I know a lot of people struggled on those two symbols. ロック系のダンジョンを普通に進むとこれぐらい長いというのが分かっていただけると思います。まだまだ続きますので、ちょっとお茶を飲んできます。はい。一連休憩お願いします。And then a $250 donation from Yariafu who says, donating towards that super boss fight. Send her head rolling. Oh, wait. So one doesn't want to lose the head and the other one wants to send the head rolling. Did these people know that there's no head? Like, do we tell them there's no head? I guess don't tell them, Mark. There's a head on the shield, I guess. Yeah. I don't think they're ready for the truth, Argik. Don't tell them. I don't think they're ready for the truth either. We'll wait and see. We'll see if they meet the fight. Hopefully they will. But we have a 20. Remember that $5 train that we had for the Dullahan train? We have $20 from the Adept family saying 4 train tickets, please. 2 adults, 1 child, 1 gin destination, Dullahan fight. And we have a $50 donation from Stacy coming out saying, all the seal pups are cheering for you, Plexa. And then finally, right now... Oh, the dungeon's not over. You still got some time. Oh, no! I said finally! Okay, not finally! $75 donation from Little Haster saying, Dullahan hype! Golden Sun games were a favourite of mine as a kid.
はい、戻りました。ちょうどエアーズロックじゃない、アクアロックの最後の円盤じゃない、石板のところに来ましたね。ここでは水のエナジーであるドライですね。ドライという水を蒸発させるエナジーですね。使い方は今から言ってくれます。これも進行に必須なエナジーなので、ここでゲットしておきます。アクアロックは確かに比較的短い方かもしれないですね。雰囲気も綺麗で、結構飽きずにできた印象です。今みたいに水を蒸発させて水に埋まっていたエリアを進むことができます。It's a really fun dungeon, but it's just not that much going on in the speedrun. で、入手したので外に出ます。I do not like this dungeon. I loved it casually. I downloaded the MP3 file for the soundtrack. I added it to my MP3 player back in the day. It was great. I love the track. The ambience was amazing. But in the speedrun, 脱水。皆さんも脱水には気をつけて。涼しくても脱水症状にはなるので、適宜水分補給をしてください。So the next phase of the game is we got to finish off getting the tridents. Now that we've got the sand and parched synergies, we actually have access to all of the places where the trident can be, or trident pieces are. That's Pandaria, which is like ドライを使うことによって南の塔を攻略できるようになるので、南に向かいます。Get the piece, and then we can forge the trident and finally fight Poseidon. In between all of that, we are also trying to get Piers to level 22. At 22 in the full Venus class, Piers gets access to an ability called Wish Well. Now on the Serpent, you saw Piers use what we call Superpower Wish, which is basically the elemental boosted wish, which basically heals for twice as much. 結構この岸ですかね、岸のところにガンガンぶつかりながら進んでると思うんですけど、これがエンカウントを最小限に抑えるための動きでして、変化のないエリアを最大限にするように考えながら行動をとっています。22 or deaths, and we're going to try and get there as quickly as we can. So we're going to start taking encounters again. Now we actually have useful synergies, so we've 細かいんですけど、こういう風に端っこに止めてエンカウントを最小限にして南の大陸を進んでいきます。ここからはさっき18レベルにしたのはこのプレイヤーストーンですね。このエナジーが結構強力なので、これで倒しながら進んでいきます。A thing to start maybe, I guess, alluding to is that inside Aqua Rock, Plexa picked up, like when he was in the core, he grabbed a synergy refresh. He got full PP refresh by checking the massive synergy crystal. ここはエナジーで戦うので、結構敵に応じて戦略を立てる必要があって、結構実力の出るところですね。ただ失敗しても蘇らすことは簡単なので、あまりリスクはないんですけど、タイムの差はつきやすいところですね。as little as he needs to kind of do the tricks and skips there, but it's like a massive setup of PP usage, which is really fascinating. And it is why we've also picked up a couple of synergy crystals as well. These are items that restore PP to full, because we're going to be doing a lot of synergy usage with Shiba and with Jenna, and if we do need to, just refresh Piers as well before the Poseidon fight, we do have these in hand. But yeah. It's going to be a nice balance of healing and PP usage as well, just to kind of get Felix to a position where he's optimally managed. そうですね。通常でも結構召喚を多用して進んでた方が多いかと思うんですけど、召喚するとどうしてもそのリカバリー状態からもう一度スタンバイにするメニューを開く手間があるんですね。それは結構なロスになるので。
こういう風にエナジーで進めるとこが進んだ方がいいんですね。Shiba has access to an ability called Tornado. Tornado is stronger than Storm Ray, but uses more PP than Storm Ray. So I'm going to use Tornado when I need to, which is usually on the Dinox fights, but otherwise I'll try to avoid it. この南の大陸、サウスアイランドの塔ですね。Oh yeah, there's a Laria Tower soundtrack. ここでドライを使って進んでいきます。So yeah, that was Parch, and まあ、ドライを取らなくてもここまでは来れるので、来れるんですが、まあ、ドライがないと進めないといったダンジョンですね。This is the one time I wish I had the cloud brand, but oh well. I wish we always had it. It's just too cool and unleashed, dude. It's too cool. とにかく遺跡の雰囲気と BGM はどこのダンジョンでもいいですね。We'll talk about the move trick later on because move's got a very fascinating property, but it'll happen in just a bit. この遺跡と冒険している感じを楽しむのが船を手に入れたからのゲームの魅力だと思います。Well, I mean, it's not too tricky, but you have to go and pick it up. It is actually fine. Stick and run. Really? I always just, shade, Boreas attack. Or, well, shade Boreas judgment. So, it's old strats, that's why. Oh, right, I see. Someone hasn't read the book. I've read the book. Let's plug the book. So, ここのギミックはまあ氷の床を滑る以外にはあまりなくて、まあ、ちょっとエナジー使ったギミックというのは物足りない印象ですけど。I did it because no one runs this game and they really should. You can find it at speedrun.com. Oh yeah. ここでバイカという人がいますので、 As someone who has actually read the entire book, I can 入手し actually ます。 attest that it is a really good 体 guide. 当たりをして、 Even as someone who already ran it, yeah, I did actually learn a bunch. Unfortunately, I do have to do the bad strat, yeah, because Felix is not level 19, which is a bit sad, but oh well. ガルシアのレベルによって戦術が変わっているんですけど、ガルシアのレベルが低いときはしっかりとシェードで守って倒していきますね。But what's better than an optimal kill with a bit of hesitation is a less optimal kill with no hesitation. Because the menus are a big part of this game. So if you know if you have an answer and you just like slam it out without sitting there spending, 10, 15 seconds trying to figure it out in the menu, that's going to be better than doing the optimal kill. So if you know something works, then you might as well crack it out if you're not sure on a faster method. リフラックス、リフ、 I did get to show off one cool thing. Notice how my general but if you just run into the thing on ice, you recover your gin. I never knew that. ジャスミンはしっかりとエナジーを使うので、ジンをセットして持つんですね。Yeah, that's true. Doesn't lose time either. 新しく取ったジンもしっかりセットして進んでいきます。Which is the move hitbox. The move hitbox it goes like one tile forward essentially, and then you grab onto things. However, a little specificity about this is that the hitbox for move is not just like a straight line. 今みたいに体力の多い敵だとガルシアで補助しながら進んでいきます。What's really cool about this is that there are particular puzzles. This next one is kind of the biggest example of that. Where if we position ourselves correctly, ここではちょっと悪いことをしますね。また左側でギミックを解除して右から回り込んでっていう風なダンジョン設計になってるんですけど、ここでは左側から右側のギミックを解除します。ガルシアのピクセルを調整しまして、ここは難しいですね。あ、いいですね。右側の木をムーブで押します。本当は手前の木に手が当たってギミックが解除できないんですけど、手前の木には当たらず奥の木にだけ当たるピクセルを調整して今進みました。
two things to say about that. One is rounded hurt boxes like the edge of that pillar are really でも塔 annoying の for the 頂上 reasons です that you ね。 saw there. I did この塔の頂上には先ほど説明した三つ股の槍ですね。そのうちの1個とバーストという、進行に必須なエナジーが手に入るので、それを入手します。I didn't actually find this specific application of the trick, but yeah, that's true. Yeah, the biggest I did find one of the biggest applications because it skips basically half of Echo Ruins. That's where it was fun. But yeah, this concept's evolved into great many things, including move clipping. And well, this it's far more relevant in 100% and 100% with all general こ summons. の頂上にあるのがバーストを使えるようになるアイテムです These ね。 little places where you can use move to like skip a bunch of use move in that particular way to skip a bunch of stuff. バーストはま It's kind of like two big あ爆 places 発 on し this て物を破壊す one る of them being the one エ you ナ just ジーで saw, す。 and the other one is coming up まあ今から使うのでわかると思うんですけど。 Also, It makes me I need happy, I need to make something really obvious to everybody. There's a huge cutscene block coming up, so please do not leave Argix stranded. Please get your donations in so that he can read them で、一 off. 旦入り口に戻ります。 We just grabbed the burst brooch and it allows us to cast burst, which is I think ここで that エン blows カウン things トリ up. セットして、 You do want to keep an eye. Well, it doesn't say keep an eye. 入り口の部屋に You have to kind of be very, 祠の aware that 祠じゃないわ、矛先があるので、 otherwise you can get stuck in the game again. これで2個目の矛先 This 入 is 手 the ですね。 trend piece that you forgot, isn't it, mate? Don't Yes, forget this it. is the これ one. I did 矛先 that, はあ and と then I 一つ did です retreat,。and I never picked it up. Yeah. And then I realized way too late and was very sad. Yeah. So we're going to grab that second piece. We've got one more to get, but before we go back, we are going to do a couple of things. We're こ going to こではフィールドにいるジンが1体いるので、それをしっ Because か the り last place that we入手してい you きま just す。 walk back to the sanctum of the last village you visited, or the last place where a sanctum is. And that happens to be Apogee Island, so just north of Aqua Rock. So it'll get us all the way up there, nice and quick. And also your boat comes with you. Specify that. Because if you do the この後デスワープをするんで、 you don't get your もし boat. かしたら回復せずにジンに挑むかもしれないですね。 I've done that once as well. あ、でも回復しそうやな。 It's fine in any percent, but not in no S&Q, because you need to do a save and quit to get the boat back. いや、しなかっ So, yeah. た。もしかしたらギリになるかもしれないですけど、 actually kind of preferable. まあガルシアさえ生きてれば勝つことは簡単なので大丈夫 Isn't で it す。 really annoying when like we get the perfect fight on Weave and you don't get damage? Like, please, like you're the one I want to hit me. Please. He can hit way harder than that. He was holding back. Nice Megiddo. That's a good Megiddo. 今のいいはいいハルマゲドンですね。本当は2ターンかかるんですけど、1ターンで済みました。今手に入れたのはウイルスですね。英語名はウィーズかな。全速とかのやつか。And this means that because we want to die, we'll get one enemy, of course. Yeah. Of course. Oh, poison. That's nice. That's not bad. That does help. Don't mind the poison. このままこいつに倒してもらっ These て、 fail Fun fees fact, not. if poison procs on the first member of your party, they will take poison damage when you try to flee. It won't happen to anybody else. もっと強いエンカウントで多分デスワープをすると思います。 Because it's the that first would option in the menu. But yeah, what we're doing here is intentional summon fails. So because we have four of most. 今使えない赤文字になっていた召喚を選んでいると思うんですけど、これをすることによって何も行動しないということができます。防御してもいいんですけど、防御すると倒されるのが遅いので、こっちの方が推奨されます。視点だ先はこのカッポジ村じゃなくてあれだ、ガラパス島ですね。最後に立ち寄った村に飛ばされるので、ガラパス島に戻ります。ここで復活させるのもガルシアの PB 調整の一環となっています。なおかつ移動を削減できますね。ここでバーストを手に入れたので、船の修理が可能になったんですね。何時間前か忘れましたが、まあ、アラフラのという町ですね。町に盗賊がいた町ですが、この船の修理が可能になったので、修理しに行きます。Yeah, we're currently sailing on the ocean. We're going to go back to Alpha
Alhafra, I don't know how you say it. I say Alhafra, but and what we're going to do is we're going to fix the boat. So get your Vohayos in chat, and then we'll fix the boat, and then we will let Briggs escape. Fun fact, that boat is actually the same boat that you sail around the world in Dark Dawn, which is really cool, nice tie in there. But Briggs will escape, and then we'll kind of give chase to him, but kind of half-heartedly. Yeah. And then we'll do Ankle Ruins, which is really cool. I like Ankle. I love the music in Ankle Ruins. This is why I mentioned earlier as well that you need to be really like. ここも細かいんですが、地味にこの崖から上陸できる判定があるので、よりマッチに近いところから降りて進んでいきます。そうですね、今から海賊のところに向かって船が直せるようになっているので船を直します。通常プレイだと海を旅した後にここを思い出さなかった人もいるかと思います。僕はあまり思い出せなかったですね、初めてプレイした時は。ここの存在を。船を直す自体はもう大して旅の目的に関係はないんですけど、メインストーリーの進行に必須なイベントなので、直していきます。そうですね。なんか本当にいいところまでは最初の段階で直せるんですけど、マストの上にあるでかい石が壊せないんですね。これぐらいはガルシアじゃなくても修理できるかと思うんですけど、全部直していきます。Good luck to the runner. Thanks to the whole community for keeping love and keeping the series. まあでもなんか今の段階で使えないエナジーがあるっていうのが逆にワクワクする要素でもあったかなと思いますね。先ほどのサウスアイランドの塔とかも本当はもっと早い段階に立ち寄ることができるんですけど、全く進めないということで。まだまだ行かなければならないところがあるんだなという楽しみがありました、ね。$25 donation from Fate's Guardian saying have to donate for one of my favorite games on the GBA. So question for Plexa. Will you be playing Dark Dawn for the next GDQ? We'll see about that. Like I said at the beginning, we are in the process of significantly breaking Dark Dawn. It was a 7-hour speed run. I got a 5:30 over the weekend, so we've already cut. 最後のマストが先ほど入手したバーストによって取り除くことができ、これで船の修理が完了します。Now there you have it, folks. We'll see how it goes. It could be the third game. Onwards we go. $100 donations from Miniman saying, hey Plexa, looking forward to a great run as always. Hilarious watching you laying the groundwork for Angry Kraden. Shoutouts to Moloch, the good boy. これは海賊の家族ですね。船が治るまでは船で暮らすという約束だったので、ここで暮らしています。船が治ったので、アラフラの町長が見に来ました。黄金の太陽漆黒なる夜明けですね。DS の3作目にあたる作品ですが、まさに先週、結構大きなバグが発見されて、バグというか、更新要素ですね。今後も、さらに縮んでいくんじゃないかと思います。ので、もしかしたらということですかね。楽しみですね。Help when and where they are needed. You heard it in an interview earlier. It's a case of if they are needed, they will be there. But they can only do that thanks to events like this. Please do keep your donations coming in. One moment, Age.
I have to point out that this cutscene is incredibly disturbing. Keep in mind that Jenna is like a 17-ish at this point. The mayor is quite visibly going to hit on her right here. And 黄金の太陽3作とも and then everybody gets angry. Felix 研究が盛んでして、プレクサ氏はその、先頭に立つような方なんですけど、他にもいっぱい研究している方が多くて、本当に毎年毎年縮んでいるような盛んに行われている RTA ですね。残念なのは海外のルールで走っている日本走者が見当たらないのがちょっと僕的には残念ですね。We don't like this guy. We like the pirate, not this guy. Anyway, sorry, I can continue. Now that we've pointed out how horrible this guy is. Always important, indeed. What else is important? Our donations here, of course. We have $100 donations from Gurnak, who says, so happy to see Golden Sun the Lost Age. 今イベントですが、船を直したお礼としてアラフラ町長に晩ご飯なんかパーティーに招待されていたんですけど、その間に船が直り、そしてパイヤームが脱走して船を盗まれたという、そういうイベントですね。And a $50 donation from Chrono Dream saying, hey there, long-time watcher, finally able to donate. Thanks to the runners, the hosts, and everyone behind the scenes for their hard work. And thanks to Doctors Without Borders for everything they do to improve the world. You're all incredibly inspiring. Golden Sun is my favorite game series, and since her work is quite overwhelming lately, seeing Dullahan getting obliterated will surely give her strength. Let's get it. Cheers from France. そうですね。海外、国内より海外に人気なゲームって結構ありますよね。黄金の太陽も結構その代表なものです。Who are saying you look tired. You should get some rest. I angry like this donation. Angry like, oh no. Yeah. Quick, somebody can't sleep again. I wake up in cold sweats at night sometimes. このイベント長いんですけど、I can imagine losing ただその盗賊のパヤヤームがガルシアに圧巻米をするという、それだけです。And it's just like red eyes in the dark. They're coming to Too get me. spooky for me, guys. It's not October yet. Come on. Too spooky. Too spooky. Halloween in July. Come on. All right. Closing in. How long we got still? You can get another one in. Get another one. Well, instead of doing that, what I will do is I will tell you this is a really long run, and what we are doing is we're going to be swapping donation readers now. So I am going to do as the Pixies suggest and get some rest. No, I'm not. I'm going to sit and watch the rest of the run. I will see you in chat here, folks. But taking over is the ever wonderful Edo Bean. So please do give her all your love as she's going to come in and take over reading donations here. Remember, get that Dullahan fight. We are almost there, folks. A quick update. We are over halfway. We're at 29,826. 今セリフ分かんなかったかもしれないですけど、アラフラ町長が嫌なやつだっていうことはなんとなく分かると思います。ガルシアたちはなんか出禁にされましたね。でも大して用はないので、そのまま去っていきます。Yeah, people don't realize that when you commentate a Golden Sun run, you're basically when you're doing the donation reading for a Golden Sun run, you're basically commentating because we need you to carry the downtime. So it's big. このまま can't wait for Edo to get on as well. 先ほどの盗賊の村の方面へと向かっていきますが、その途中に矛先のある遺跡があるので、まずはそこの遺跡に行きますね。Just nuance and intelligence that kind of gets put into it to make it work. It really is worth it. I can't stress that enough. そうですね、3時間経って折り返しというところですかね。おそらく6時間はかからないんじゃないかなと思います。We're going to be making our way up to Angkor Ruins though, but I guess going straight north. And Angkor Ruins is really sweet. It's got a nice, soundtrack. Again, I love it very much. The big part of this soundtrack is like the choral sounds, like hippie. 次の目的地は真上に進むだけなんで楽ですね。
It's not just the compositions are great, but how Sakuraba managed to make it sound on the アン GBA コール sound ワッ is ト、 really, really アン impressive. コールルイン But we're going to be jumping into です here ね。 and going to be cracking on with the first bit, where we're going to be showcasing sand as a skill, and also just I think, well, yeah, we're going to be showcasing sand as a skill. ここは出雲で And I believe 手に we 入 are れた joined by サンドというエナジーがメインとなって進んでいく遺跡ですね。Good morning. How are you? Good morning. ハロ Thank you once again, Arjik, for doing the first up because it would have been really early in the morning for me. ー。現地は何時ぐらいなん Yeah, です well, かね don't。worry, we saved そもそも plenty ど of こが cutscenes 現 for 地な you の as か well, っていうの Adam. はありますけど。 Oh, yay. そうですね、今回 SGDQ はオンラインなので、厳密には More cutscenes in the back. 現地というものが存在しない Apologies. ですけど、 No, that's レ okay, ク that's サ okay. さ Don't worry about ん it. は But I do アメリカ在住ですか realize ね。 that we 調べてみ are ます。 at almost どこだったっけな。 30,000. Oh my gosh, you guys, wait, there's 30,000 for the Dolahan Super Boss. But we're not there yet. We need to get there. It's 50,000 we have to raise. We're so close though. I know you peeps can ニ do ュー it. ジーラン So ド please ですか keep ね。 on with the donations and we can make it happen. And we can cut off ニュー the ジーランド。 wait, head? Wait, no, wait. なるほど。 We've been struggling with this all night. So 日本と yeah, 大差はない可能性があ we'll りま cut す off ね the。thing. ニューヨークは11時です。そうですよね。 Yes. It will go. 8 We 時 will から we will 11 hit 時、 the- アメリ we カ will が。 hit the thing until it stops moving. That's basically what we're doing. It's all we can do. He is a tricky boy. This stone statue had a night out with the lads, getting absolutely razzed and just yeah. He needs to get it out. He needs to get out of his system. Chundering everywhere. But yeah, so that creating that little sand flow allows us to kind of sink into the sand later and then hop under the wall to meet, Brett with the lads. And we can continue deeper into this dungeon. I found out in a ア very ンコールワットの話ですが、まあ、あまりリターンバグ、あまりじゃない。ここもリターンバグは使いません。リターンバグは使わないんですけど、結構大幅に短縮できるところがあるので、バグで、そのバグ技で飛ばして進みます。Well, it's Thanatos. Yeah, it's Thanatos. Yeah. But it has like an ability that like can instantly kill things. サンドを使う位置なんですけど、サンドはエンカウントの歩数がカウントされない代わりに進むのが遅いという性質があるので、まあ、リスクを取るなら早めに解除するんですけど、まああまりメリットはないので、エンカウントが少ない方がメリットが大きいので、できるだけサンドで移動を長くして解除していますね。まあこれも細かいところなんですけど、しっかりと作戦が練られています。ヨーロッパはゴールデンタイムなんですね。That'll basically be right around the end of the dungeon. And yeah, we've なんかシニア枠として RPG はまあいいような気がします。日本的には。Normally would have used some Psy Crystal that he had to use on Piers all the way back in Dyla to be able to cast Frost. Alright, goodbye, PP. You've been useful. You will be missed. They defend. Of course they defend. Of course they do. Well, that's alright. So we've been こ doing こ持 half って of the きた、 dungeon. そこまで強く and, ないですね。 like we said earlier, we'll be basically skipping the other half. 出雲でサンドを手に入れた時点で来れる I'm の very で、 happy that I've actually found this, まあ considering 移動の関 I 係 don't で have one other 最 contribution 後 to に this 回してい game, ますが、 and they have done me 早め the に来よう service と思 of ったら calling 来れ it るわ dump けで skip. すね。 So I'm happy to actually have this good thing as well. It makes me happy. We're really good at naming glitches in our community. My favorite is obviously the fact that you are the purveyor of magical rivers, sir. Is that it's always Oh, going to yeah, be one of my oh, yeah. favorite ones. Magic River, what a great こ name. こですね、バグを使います。 But yeah, So, here yeah, it is. Flipping into it with sand, and then once まあ again, 岩にめり込んだ絶妙な位置でサンドを解除することで、本当はこちら側からは操作できない having to do the entire other half. 木の柱をムーブで動かして
近道を作っています。あれはほとんど出口みたいなもんなので、かなりの短縮になります。And I will say, it does make this dungeon a very nice length. It used to be quite a bit of a slog to get through, just because you're doing the same thing throughout the entire dungeon. But now, yeah, perfect length. It quite literally halves the length of the dungeon. It's like in terms of like raw movement, it's like 4 minutes for left path, 4:30 for the right side. So it's like, well, literally just cut the dungeon length in half. まあ帰り道用に Awesome. You can also do 作 that った道 in です a ね。 couple 先 other ほど places の that I feel like I 道 should を通っ mention. て Treasure Isle. There's 塔の頂上を目指し a ま vlog す。 right near the end where you can do it. This is all on the Golden Sun wiki, by the way. The community wiki, goldensunwiki.net, not the fandom one. That one is not up to date at all. There's all the clips on like Treasure Isle, Animos in the Sanctum, and where's the other one? I forget where the other one is. There's one more that's quite useful. It must be in Yampi Desert Cave, of course. Yep. Yeah. But we're not going to see any of those, so that's cool. And then there's another little trick to sand here, thanks to Bowie. ここなんですけれ Bowie ど、 pointed this out. If you move diagonally here, you go faster than ギザギザに登ってるのは理由がありまして、まあ真上に登るより2倍ぐらい登る速度が速いので、今みたいにジグザグに登っていきます。 確定逃げっていうのは、先制を取ったときは確定に逃げられますね。ちょっと見逃したかもしれない。先ほどありましたかね。基本的にパーティーのレベルに依存しているので、逃げられないことの方が多いですね。RTA では。で、頂上に行きます。ここの矛先なんですけど、難所ですね。RTA プレイヤーにとって難所だと有名な矛先で、全然キャッチしてくれないんです。ここだけはなぜか全然キャッチしてくれないので、プレクサシのチャートにはセットアップ方法も載っています。Well, I have an anonymous. They don't have anything they written, but they donated $2,500, and that is just amazing. But they didn't say anything. But I guess sometimes, you know, actions 村を speak 出よう louder とす than ると words. 起こ So る thank イ you ベン so ト much を for that donation. We really do 先に起こ appreciate してい that. ます。 We have a 若干 $5 donation 村側 from に歩かさせ Cloudberry るの GG で that says, For the Dullahan 先に train. イベントを起こす方が歩数的に We 早いんで also すね。 have a $100 donation from 今 Logan. 2500ドルという So 話を pumped してい to ま see したね。 Plexus す and ご the いです。 Golden Sun at SGDQ. Best birthday gift a wee boy could ask for. ここでは敵のカースト、先ほどいた赤い And 女の oh 子で my すね。 gosh, we have a $25 donation from と青い男の、 I'm sure I'm butchering これ this ま name. た I'm so 敵 sorry. サイドの Emperor? 敵 That サイド says, のキャラクターが Give me 初登場してきま Dullahan. した。 Give me Dullahan. 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 It's not stopping. Give me Dullahan. 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 You know what to do, chats. I think that was very clear. It just kept going and We going. need to give them Dullahan. Yeah. Can we confirm? Are they wanting Dullahan? Who was that for? Are you sure? I mean, Yeah. Can we just confirm with them? I think it was a bit subtle, you know? I'll make sure to keep an eye on that person, just to make sure. Thanks so much. 本家楽しそうですね。 And we have a 本家すごいですけど、寄付が今、先ほどはい2500ドルと2000ドルが入って、一気に35,915ドルまで来ますね。 Come on, い everyone. や Let's ー、す get that ごいです Dullahan ね fight.。Yay, we do want that fight. We already, we kicked it up already. We're at 36,000. We're getting there. But I know we can make it happen. So we'll keep on with the, if you want to do a $5 train, if you want to do a $10 train, whatever you guys can do. そちらを見ていただければ、個別に
金額のところをクリックすると、そのドネートのメッセージも読めるので。Basically, all you need to know is Barbie died, and those were the baddies. Cool. Oh no! So boo! Boo the baddies! I feel bad because I've only played the first game, so I feel これは行くかもしれないですね、デュラハン。楽しみ At で least す。I know what happened. But the lore is that the girl baddie is やっぱりコメントを読んでみると、やっぱ難しかったっていうコメントが多い気がしますね。デュラハン。本当に But she likes us for now. But 思い出に残るぐらい強いですね。 we're very betrayable. Yeah. Always happens. We finally met up with Alex as well. It's been a while since we met up with him. He started off quite early into the game, and we're ストーリ finally ー catching up. He's been doing his own thing. まあ先ほどの2人組は、まあ、あんまりにも主人公がもたもたしているのでちょっと催促しに来ましたね。We will bump into Briggs once again, and he, in all his infinite machismo バビが死んだって and いう confidence, いう runs の away. は、まあ、バビというのはスクレーターの、 We have to ま go あ、育て and の親みたい find な him. 感じ He's で、 hiding with his grandmother, being like, "Don't バビ let の the ために Briggs スクレーター granddaddy." はレムリアを目指していたんですけど、 Pirate captain here. そのバビが死んだということをスクレーターに Captain of his ピ bath. カードじゃないアレックスが伝えました Oh, が、 mate, I really want someone to do some fan art まあ、 about レムリアを目指す理由はそれだけではないということで、結局目的は変わらずにレムリアに向かっていきます。ここに来たのは So yeah, a little bit of setup right here. 盗賊のパヤヤームを追いかけてきたっていうのが And Jenna まあ is ストー going リー to の be 流れです throwing ね。 a nice heal in there at some points because she actually now that she has 4 Martian, she has access to the aura line up synergy, which are a nice heal. And other than that, we are setting up in order to cast some sleepy spells. So we have Waft, the Jinn, that is has the ability to maybe put something to sleep. And ここでは of course, なんかビビって Jinn 逃 is げたパヤヤーム sleeping. は I think sleeping a boss. その Well, す if ごい you've モンスターを seen 従えてい the る Golden Sun 1おばば run です at ね。 HDQ, お you ば will ば not 様 be に so 頼ん surprised で、 'cause just like Kraken, まあ、あいつを it's a 倒して little くれと sleepy. He's a little sleepy boy. 頼んでい It る is シーンですね vulnerable。to sleep, but they actually patched it in TLA. They gave bosses actually reasonable luck values, so it's a long shot whether we sleep or not. But it's なのでボス戦ですね。アビス・サラマンダーというボス even で if we す don't。get it. We need the damage anyway, and there's no better way to do it. Yeah, it's not a mandatory thing. It's one of those things that, oh, wow. まあ、2回行動 It's で not I have enough mandatory. PP for sleep. Okay, cool. That's Uh, fine. just get Waft 結 sleep. 構強力な攻撃も持ってるんですけど、 I'm so surprised. まあ、あまり運が悪くな Huh. 限りは苦戦することはないですね。 Oh well. Yeah. But it's okay. So he's going to sit there and do like 14 million damage with heat stun. Fire blast, yeah. So I mean, this is on the off turn, just going to pop an aura and just defend up, I guess. Just to Yeah, get some the only gym thing I'm back, so worried we can about in build this up. fight, the only thing I'm worried about is heat stun. Thank you. And if it actually works on somebody, if it works on somebody, we have a problem. まあ、強力な技もありますし、あとはスタン状態にする技も使ってくるので、まあ、若干祈る必要はありますが、今回大丈夫そう The でした second ね。 turn was very much just to get some Jin recoveries in there and just survive. このやっぱりシェードっていう 50% ダメージカットの陣を回しながら召喚をしていくのが基本戦術となりま Yeah, す。 so Shade will come back last, and then we'll be able to use Shade again. Pretty sure. Oh, hello. このターン召喚したら戦闘終了だと思います。 And we're using Yeah, Cockney there instead of Thor because we don't need the extra damage or the animation. Yeah, we also proc the resistance drop, which is something you do in a manipulated run because resistance is kind of like the stat that determines how much damage summons will do. It is meaningless because we can't plan on it reliably, but it's nice to get. Nice to point out. Shoutouts to Sour making the zero light serpent a reality in any extent. Anyway, that was the Heavy Manta fight. Usually it's fine like that. そうですね、召 It does 喚。 have enough nasty stuff that it can 召喚は相手の run HP に応じた It's certainly 割合 not ダ a メー boss ジ you が expect to make 入 you るの feel で、 sad. まあレベル差に関係なく Bowie can attest to this. I saw him しっかりとダメージを与えていく brutally ことが get で murdered き by ま the す。 Heavy Manta on one unfortunate run. It's just a thing. Yeah. I think when you get like stun killed, it's one of those things where you're like, I'll always pick up an elixir, it's worth it. Just and yeah, he's not like that hard, but it can just go south. ここで盗賊たちは
エレメンタルの影響で魚が取れなくなってしまって、村がやっていけなくなったので仕方なく各地で盗賊を行っていたという、背景があるんですけど、そういった会話をしていますね。And it turns out that Obaba here, this well here is actually a forge. It's an ancient forge that the champions have, and Obaba is like this awesome, blacksmith of sorts, and will allow us to use our trident pieces to forge the trident once again. So yeah, about like an hour and a half ago, or an hour ago. これでここを最後に回したのは、ここで3つ集めた矛先を1つに合わせてくれるんですね、オババが。そのため3つの祠を手に入れてからここに来ています。3ついっぺんに矛先を与えるじゃないか。矛先を渡して、三つ股の槍ですね。これがレムリアの前にいるポセイドンというボスに必須のアイテムなので、3つ集めて、穴に投げ込むと、三つ股の槍として出てきます。And so you're like, okay, how are you going to go and do that? Well, we're going to pop the reveal synergy, and she's not at all perturbed by that. What are you standing on? You don't need to know. To be fair, he has a giant magic forge that erupts into giant flames. I wouldn't be perturbed by much. 三つ股の槍をゲットしたので、いよいよレムリアに向かっていきますね。Okay, so we're going to one of the worst but most technical dungeons of the レムリアというのは錬金術で繁栄しているという言われる、伝説の大陸みたいな感じですね。前作から名前は少し出ていて、今作でやっと乗り込むことができるというワクワクポイントですね。For a dungeon with really awful movement is not really the kind of thing you want to do. Like precise tricks with awful movement usually don't mix well. So we'll see how we go. And just the vibes in Sea of Time are so down as well. They're very fitting. Fits well. It's quite like a It makes you really want to not be there. Yeah, it's like it's really you guys. Does it remind you at all of a watery grave by any chance? Yes. ここで逃げミスをすると、その戦闘中にシャキンというモーションがあったと思うんですけど、あれがリカバリーをセットするモーションなんですね。あれが出てしまって若干のロスになります。Want to go to the stars. Yeah, I think it's kind of fun though. It's not that difficult or hard. そのボスに行く前に魔の海という渦巻き、海流がいっぱいあって侵入を阻んでいるエリアがあるんですね。こういうふうにここを解いていきます。In a certain amount of times in order to kind of stop the flow of water, and then we can actually go straight up here and it's completely fine. 今ノーヒントで進んでいるように見えますが、この辺の解き方通常プレイなら最初に言ったエアーズロックとかがあるオセニア大陸の東側にある村に行くと、これの解き方にまつわる伝承を聞くことができて、わらべ歌みたいなもんですね。わらべ歌の通りに進むと、こういうふうに海流を解除して先に進むことができるんですね。RTA ではその解除方法とは違って、さらにショートカットしつつ進んでいきます。ここの操作結構難しくて練習が必要ですが、結構スムーズにいってますね。失敗してこの帯状の海流に乗ってしまうと外まで運ばれるので、
RTA 的には絶対ミスれないポイントでもあります。まあサクサク進んでいますね。2学から戦うポセイドンが、まあ、この RTA で一番強敵ですね。まあ、結構臨機応変に戦っていく必要があります。Now, the trident itself breaks the shield, so having Felix go first with the trident breaks the shield, and then Jenna can use her summon and get into the fight. And you can see we've got the certain Jin in certain ways that we have set up, like, at the right time. Here's the save. Best of luck, mate. There's a lot of stuff you can do. First off, Watery Grave is an AoE damage that also has a chance to insta-kill. Ocean Fist is single target that can reduce our characters to 1 HP. He has Icehorn, he has Flywell, he has Counter Rush. 2回行動で最初の行動は攻撃かオーシャンフィスト、海王の一撃という技かカウンターラッシュといってカウンター状態にする、これですね。この3つに限られているのですが、1回目の行動でカウンターじゃないや。海王の一撃という技を使われると高確率で倒されてしまいますね。海王の一撃というのが確率で HP を1にする効果がありまして、まあ、そもそもの威力も高いので結構きついですね。この2回目に使ってくる可能性があるのが、ある中で一番嫌なのがオーシャングレイブという、まあ、今使ってきた技ですね。本当にシールドを張って相手の攻撃の組み合わせ次第では倒されるという。She's in danger now. So because we want to be aggressive here, so it's going to be Kindle, it's going to be Char as well, Wishwell once again, and then we're going to reflux onto. ここでは守る系のエナジーじゃない、ジンを使うのも、これがオーシャンフィストですね。そもそもの威力が高いので、ジャスミンが倒されるという、まあ、今みたいな状況になります。2回目の全体攻撃は全部強いのできついですが、とにかく1回目に海王の一撃を使われるのが一番きついパターンかなと思います。これは立て直せるのか際どいですね。戦術としてはジャスミンがメインウェポンとして、まあ、メテオが弱点なんですけど、非属性の4体召喚ですね。メテオを回しながらジャスミンでダメージを稼ぐ。で、ピカードはまあ一旦ウィッシュ、ウェルですね。全体回復のエナジーを使う。で、ガルシアとシバで陣を回すというのが基本戦術なんですけど、陣を回しながら、うまいこと蘇生をしていきますね。ガルシアとシバはまあそういう微調整をする役割があるので、なんとか隙を見て復活して陣を回していくと思います。とにかくピカードはウィッシュウェルを毎ターン打つというのと、ジャスミンは陣が回ったら召喚をするというのが戦術ですね。ジャスミンが死ぬのが一番嫌なパターンかもしれないです。それはエレメンタルパワーというのが、まあ先ほど説明したんですけど、召喚するたびに溜まっていくんですが、ジャスミン死ぬとリセットされるので、メテオの威力が落ちてしまうんですね。なので、なるべくジャスミンは生き続けてほしいです。Ocean Fist can drop you to 1 HP, that's what Boy means by no proc. Because yeah, why not? Instant death and 1 HP. Cool. 2ターン目はほとんど何をしてくるかわからないんですけど、まあ、攻撃や回復がラッキーなコードですね。1ターン目はとにかく、1回目はとにかく太陽の一撃を使われないように祈るしかないです。でもうまく軌道に戻ったので、ジャスミンでメテを使う。この
オーシャングレイブですね。これが一番2回目では来てほしくない攻撃です。それの後に1回目の行動が海洋の一撃だったりすると、確実に誰か落とされることになりますね。今、運よくアタック攻撃されたので、まあ大丈夫でした。メギドがいい感じに出て、見事倒せました。本当にここはもう本当に失敗して当然ぐらい難易度が高いところですが、綺麗に決まりましたね。うまいと思います。いよいよレムリアに入っていきます。What Bo is saying is more true than he knows. And we are going to go back into the ship here once again. レムリアに船をつけることで、船の中に入ることができるんですね。今までは船に乗ったらすぐワールドマップを移動してたと思うんです。ここで船の中を探索できるタイミングがあるので、先ほど手に入れたドライとエナジーでアイテムを回収します。ここのミストポーションというのは、後のボス戦で大事になってくるので確実に取っておく必要があります。レムリアに入っていきますね。Lemuria is a big lore dump, and there is one cutscene we do want to go through because it's very critical to the narrative of this game. And when we get inside the castle, but until we're inside the castle, it's full on with the donation train. Let's get that Dullahan incentive met. So the point here is that we've said no strategically to a bunch of text boxes. レムリア入り口では、ポセイドンを倒してきたんですけど、ポセイドンを倒すような危険なやつらはちょっと中には入れれないなみたいな話でちょっと揉めてますね。ピカードはレムリアの出身なので、なんとか中に入れてもらえるよう頼んでいます。So these are Lemurians. The whole point of the first game was trying to get to Lemuria because Barbie's like, I need immortality because, spoiler alert, Barbie is also a jerk. レムリアは錬金術で発展した文明と伝えられているんですが、その実態としてはあまり活気のない大敗的な感じですね。時間がゆっくりで結構寿命も長いので、地位は回り病気になったりもせず、いいところなんですけど、その分活気がないという状況になっています。I beseech you. All right, here it is. Bowie, you're up. Okay. あ、怒られるイベントですかね。Maybe this whole quest is just a game to you, but it's not to me. Are you bored? Do you want to go home? Fine, that's it. Then let's go home, yes? 結構な切れ具合ですね。確信の朗読もあって。Cheers for letting me do that. Wonderful. If you say yes to that text box with the crate encounter sufficiently high, he says, "Oh, good. I thought you were going to say no for a moment." 本当にピカードはピカードじゃねえ。スクレーターはその錬金術の研究に命を懸けているような人物なので、本当にああいう感じになります。ここで泉でコインゲームで遊びます。これはカニの位置を200洗って真ん中にコインを投げ込むことで手に入ります。手に入るのが召喚ですね。エクリプスという召喚ですね。これが今後の戦いの肝となる召喚で、
先ほどちょっと説明した複合召喚ですね。マーキュリーの陣2体とジュピターの陣3体を利用した5体使うことで召喚できる召喚です。召喚できる召喚、召喚です。まあ出てくる複合召喚はこれだけですね、RTA 中では。でも4体の召喚よりはるかに強力なので、ここからのメイン火力になっていきます。We have a $5 donation from Atelier TM that says Plexa, more like Flexa. Come on, people, let's make this legend kill Dullahan. We also have another $25 donation from Sunny Muffin that says good luck on the run, Plexa. Thanks for all you do for the Golden Sun community. Hey, Sunny. Recent convert from Octopath Traveler. Thank you for joining the better RPG. No, I love Octopath. Great RPG. Man, spin! No, I'm gonna get crucified for that. I really genuinely like Octopath's game, so please don't hate me. It's a good game. Team Tressa. Anyway, sorry, continue. Wow, No okay, problem. okay. It's okay to throw. I guess I have a little shade every now and then. We have a $10 donation from Anonymous that says, I know almost nothing about Golden Sun, but this run has been the highlight of my morning, donating for that super boss so we can keep the run going. We also have a $25 donation from 結構寄付も来てるようですね。 says Golden Sun, The Lost Age is one デ of ュラ my ハンに favorite 挑め games る。そうですね。 of all time. Can こ we うどん get どん a 集まってき $5  て、 train to 先 get ほど that Dullahan 言っていた fight? 時から Here's すで my に fight 1000ドル増えていて tickets. 3万 More 8000ドル Golden ま Sun で is worth 達成してい it. ま I す。 agree. まあ、あと1万。まあでもでかいですけど、達成 Oh でき gosh, る。今 we の have a ペースのま $5  ま増え donation て from くれれば、 Boots that そうで says, すね。I'm sure ギア you までに can は達成されているかもしれない Dullahan ぐらいの boss. 勢いですね。 I'll say myself out. Just a quick MSF plug. We're finding out that Pierce's mother has died from an unfortunate heart condition in a place of near immortality. Things might have been different if MSF existed in this world. So shout outs to all the work that they do. They could have saved Pierce's mother. Please continue. Oh, no problem. あ That was so 寄付コメン sad. トありがとうございます。やっぱり He's about to run off to the graveyard. Goodbye, Piers. すごいですね、プレゼントの代わりに寄付してほしいな。 We have a $5 donation from あまり the 日本では Polish 考 Star え that ない says we must duel the あまり Dullahan. そこまで Yes, 寄付が we 一般的 do. に行える場がないですか Oh ら my ね。 gosh, そう there's です so ね。 many. We have a $25  いい donation 文 from 化 Blue だと that 思い says, ま gotta す。see that Dullahan. Yes, we do. Ooh, Cabbage donates $100 that says Dullahan fight? Give. でストーリーですが、 Oh gosh, we レ have a ムリア $25 donation の王 from 様は Tim and Paul ちょっ that と says, 会 I 議 don't 中だ think った this ので、 convinced me to put this ここはピ donation カー to ド the の実家で Golden すね。 Sun Dullahan 今話してる incentive. のはピカー Great ドの job おじ on the さん run で and すが、 commentary, and thanks again to everyone involved in putting together this ピカードの wonderful 母 event. 親は、ピカードが津波にさらわ Tyler れて、 Sell donates 外の世界に出 $5たことが that ショ says ック this で、 donation is 持 specifically 病が in 悪化し honor て of Plexa's menuing, 亡くなっ which てしまっていたんで frankly すね。 gives me feelings I should probably なので unpack. ピカードは今、 Donation goes to the Dullahan fight. 墓参りに行っています。結構本当にピカードを踏んだり蹴ったりでかわいそうなシーンで I had to す。 donate during the run. I was looking forward to the most. I try to catch Plexa practicing his runs when I can. まあ I 今はピカード know 一人 he's にしてお just こう gonna という kill ことで、 it. Definitely have to put this towards Dullahan. Best こっちに住んでいるルンパという人の屋敷に来 And ました。 Jonah, thank you so much for your $25 donation that says Arjic and Edo Bean commentating the same まあルンパ fantastic というの run. は Dullahan incentive. 前の And I get 前 a の世界じゃない、外の世界を hype in chat. でまあ名を馳せた伝説の盗賊でし The て、 canon way to say it during GDQ. We're bringing the audience. まず世界を回りながら旅をしてレムリアにたどり着いたんですね。大昔に。でレムリアに Oh, by the way, 永 this 住 is してい Lunpa. る Sorry, just quickly. This is Lunpa. Yeah, He's yeah. really old, but he looks really, really young. 前作で立ち寄らなかったんですけど、まあルンパの名前を取ったルンパ村という盗賊の村があるほどまあ伝説的な人物 But で Lunpa す。 is not, despite the fact that they're roughly they came to Lemuria at the same time. So this is kind of the ここで灯台を灯す理由の Continue, sorry. 話になっていくんですが、 I love learning まあルン plot パ and lore, は so 世界中を don't 旅 forget. して世界がだんだん縮まっていることに気づいたんですね。それは
錬金術を封印したことによる弊害で、だんだんと世界の果てが、さっきガラパス通り映ったと思うんですけど、あれがどんどん内側に寄ってきて世界が狭まっているという事実に気づいたんですね。ガルシアとスクレーターに関しても研究でその事実を知っていたので、東大を灯そうと急に言い出したわけですね。ここでまあその事実が本当にそうだということが確かめられたので、確かめられているというシーンですね。ピカードもその錬金術封印によって世界が縮まっていることを調査するために外の世界にハイドローに調査を頼まれて出ていたわけですね。Am I still good to go? You are still good to go. You are. This is Lemuria. You got time. Yeah, This is the lore dump of the game. There's so much lore being dumped. For all the cutscenes we skipped at the beginning, like this is like the entire plot of the ル game. ンパは大昔の有名な人と言ったんですけど、レムリアは時の流れが遅いので、レムリア人は大体何百年も生きる種族となっています。ここで王に謁見します。真ん中にいるのがレムリアの王様で、右にいるのはレムリアの学者、偉い学者ですね。ともかく世界、東大を灯さなければ世界はだんだんと縮小して滅んでしまうという話を今していくところですね。右の偉い学者の人は錬金術は危険だから灯すんなという、東大を灯すのはやめろという、そういう立場の人物で、基本的にどっちを取るかという話になってくるわけですね。今映っている赤いのが昔の世界ですね。昔の世界100年前ぐらいですかね。この青いのが今じゃない、ルンパが作ってきた世界地図で、黒い部分が広がっているのがわかると思いますが、こんなように世界が狭まっています。さらにピカードが外で見てきた世界はさらに縮まっていたという事実がここで判明しますね。そのためここで旅の目的がはっきりします。Saturis and Minardi, by lighting the lighthouses, we were letting Wayard slip slowly, inexorably towards its doom. However, with Felix, we now know the truth. そうですね、1はロビンたちが、神的な存在ですね。ワイズマンという。それに命じられて錬金術を止めろという話ですが、世界が緩やかに滅ぶか、錬金術の強大な力を手に入れた人間によって滅ぶか、というテーマになっていきます。もちろん錬金術を解放しても滅ぶとは限らないんですが、限らないので、そこは人間を信じるという、そういう感じですかね、主人公サイド的には。とにかく東大を灯して世界の縮小を防ごうという目的になっていきます。ここで先に進むに必須なエナジーが
宝箱に入っているので、それを入手して進んでいきます。グラインドというエナジーですね。この後すぐ使う場所があるので、わかると思いますが。そうですね、一の敵の人たちは無理やり手段を選ばなかったんですけど、灯台を灯す必要性があるんですね。それは後々わかるんですけど、手段を選んでられないぐらい灯台を灯さなければならない理由があったんですね。で、レムリアを出ていきます。しばらくゆったりとした会話ですね。レムリア人は年を取っても生き続けられるという話があったんですけど、じゃあ、ピカード同じぐらいに見えるけど何歳なのっていう会話が繰り広げられています。で、みんな、茶化し気味にピカードに年を尋ねていきますね。おそらくスクレーターより年上だと思います。ピカードはそんなこと気にしないでいいよって言うんですけど、この女の子たちは好奇心から教えろ教えろみたいな感じですね。Thank you so much for the consistent fun runs and the great cause of the event. Let's get that Dullahan encounter, folks. Let me double ピカードは拗ねてもう教えないみたいな、そういう微笑ましい会話を言うんですね。We're getting there. Slowly, but surely. 結構好きな人も多い。パーティーの仲の良さが伺えるイベントですね。I know we can do it. I know we can. Sorry, we gotta make that dollar hand. 大人になってからというか、最近プレイして思ったのは、ピカードは結構母親を亡くしたり、かわいそうな目に遭ってるのを察した芝が、そういう明るい話題を振ってくれたんじゃないかなと思いましたね。昔は単に楽しそうなイベントかなと思ってます。あと、風のエナジストはやっぱ人の心が読めるという、デフォルトでそういう能力があるので、そういうのに気づくのも芝だったのかなとちょっと思いましたね。そしてレムリアに行くというでかい目標を達成できたので、物語は灯台を灯すという大目標に向かって進んでいきます。今、そうですね、ストーリー的には 50% ぐらいですね。残すダンジョンは4つかな。なので、65% ぐらいはいってる気がします。さっきから寄付コメも結構来てて、本当にデュラハンいけそうですね。今まで海で。ちなみに現在42,000ドルまで来ました。はい。素晴らしい。シルバー周りって感じですね。本当に達成できそうな勢いですね。The sheer amount of golden sun knowledge in this man's head is crazy. That's where the shine in your glasses go in and be like, actually. The anime glasses push. Oh yeah. Yep. 今から西の海に向かっていきます。今まで通れなかった理由としてはここに石があったので、ここまでは来れるんですけど、ここから先には行けなかったという状況ですね。We also got a $500 donation from Mr. Horrible. ここからいよいよ西の海です。西側に2つの灯台があるので、まずはジュピター灯台を目指します。So we are getting into the Western Sea, which is like the whole point of this game. It's been teasing you the entire time. Like this is one little thing where you have to use grind to get through. You can only get grind from the Muria, so you basically spend the entire game. 道中で陣を集めながら進んでいきますね。まずここにムースという陣がいます。It should be noted that we have gone the full length of the entire Golden Sun 1 speedrun and haven't seen a single. 先制取れましたので、あっさり勝てると思います。It's also worth pointing out that
先ほどアポカリプスじゃないわ、何やっけ、イクリプスですね。水2体と風3体を使った召喚がメインになってくると言ったんですが、そのため水と風は特に多めに集めておく必要がありますので、大した能力がなくても水と風の陣を集めていくということになります。Yeah, most of it's still accurate, so it's fine. It's good enough to get runners going. Anyway, the realization was that running in this part of the ocean is slightly faster than taking encounters, despite what it may look like. It's just they take too long to clear otherwise, which is just very sad. Oh, I need to not do that. To be fair, it's probably a good idea to save this version of the book as a beginner-friendly version, because it's a lot safer to not. I'm not getting rid of the book. I'm making an update to the book, but that's good. But this actually made me really depressed because I realized that fleeing was faster through the entirety of the rest of the game, save for the final dungeon. ここの進み方も地味にエンカウントが最小限になるように考えられた道を進んでいきます。But then I had a brilliant idea that actually ended up being faster. We'll show that off in Jupiter Lighthouse, which プレクサ氏の作ったこのカテゴリーのガイドは150ページぐらいあります。僕はそれを参考に喋らせていただいています。Everything we do is for getting past Poseidon, and then the extra stuff we pick up, well, it gets around Moapa stat check. If we had actual proper levels of Moapa, we wouldn't need any of that stuff, but we don't have actual proper levels. We have these levels, which is like 19, I think, 19, 20. About that, something like that. ストーリー的に先に行くべき場所がこっちの大陸にあるので、一番ストーリーが進むストーリーに沿って進んでいきます。結構寄り道できる場所も多いんですが、そこには陣があったり、新しい召喚があったりします。とりあえずはシャーマンビレッジというところを目指していきますね。ここにも陣がいるので、陣を入手します。先ほど、水と風の陣は優先的に集めると言ってたんですけど、ここにいるヴィーナスの陣のペトロですね。これはなかなか壊れた性能をしているので、わざわざ集めます。ペトロは使うと相手を1回行動不能にするという、ボスには必須の陣ですね。似たようなのが前作にもいたと思います。G と呼ばれる地属性のエナジーですね。地属性の G とペトロ、それぞれ1回ずつ行動不能にできるので、ロビン合流後にはその G も手に入るので、その2体は活用していきます。ここダンジョンに入る前に回復したと思うんですけど、ここの設定とこの先にある街の設定が入れ替わってまして、ここでは PP 回復もジンのリカバリーもされないんですね、歩くことによって。なのでここでしっかりとジンを1回スタンバイにしてから入らなければ召喚を使うことはできなくなってしまうんですね。なので歩いても PP は回復していませんし、1回リカバリー状態になったジンは歩いても回復することはありません。のでここのエンカウントは結構気をつけて進んでいきます。ギリギリでも逃げれました。結構短いダンジョンですが緊張感がありますね、RTA では。でこっちだけ見るとデメリットなのですが、街でリターンが使えるようになっているので、リターンが使えるということはつまりそういうことです。リターンバグで
現段階ではいけないところに行って陣をゲットします。結構もうめちゃくちゃに使いますね、ここで。まあ、ダンジョンで回復できない分、まあ、こういう恩恵があってもいいと思うんですね。設定ミスなので。シャーマン村ですが、まあ、前作からシャーマンの杖というアイテムがキーアイテムとして、まあ、使われてたんですけど、ここでシャーマンの杖を見せることで、シャーマン族の人たちが驚いてると思うんですけど、これはギアーナという村ですね。まあ、今後出てくるんですけど、ギアーナ村の勇者という人が、勇者と選ばれた者が持つもので、この勇者が杖を持ってきたら、なんか渡すエナジーがあるらしいですね、このシャーマン村には。ですが、まあ、どう見てもギアーナ人ではないし、本当に勇者かどうか確かめるということで、今から、まあ、その勇者と認められるための試験を受けに行きます。Shout out to Bowie. He did a run earlier. This marathon was really, really good. The Deedlit Lotos. It's got a very long title. What's the full title? で、ここの試練が、この竜巻のオブジェに向かってスピンを使うというの。で、まあ、これで本来ならば、勇者と認められるはずだったんですが、まあ、今からの会話ですけど、まあなんか女が勇者なんて認められんみたいなことを言うんですね、シャーマン村が。まあ、時代遅れな感じで。シバがちょっとイラッとして、女の私に勇者になられるのが嫌なのみたいな感じで挑発することで、バトルですね。トライアルロードといって、まあ、昔からなんかシャーマン村とギアーナの勇者で力を競うために行われてきた、その儀式の場所があるので、そこでバトルをするという話になります。ここでちょっとリターンバグを使うので、まあちょっと見ていると、リターンバグ状態でトライアルロードの説明を聞きに行きますと、本来ならルール説明が長いんですね。説明しようという感じで、ルールは簡単と言いながら、まあ、ルール説明が始まるんですけど、画面が切り替わると、なぜか神殿に飛ばされているので、まあ、もう一度トライアルロードのところに戻します。ここまで来ると、まあ、1回説明を聞いた扱いになって、トライアルロードの説明をすっ飛ばして、スタートすることができます。トライアルロードも本来はガルシアの名前でバランス調整して、まあ、簡単なやつにして進むんですけど、まあ普通にやってもあまり負けることはないので、大して影響はしません。なので内容はまあ一応乱数となっています。まあトライアルロードのルールですが、最初に来た人は装備を1個箱に収める。後からついた人は装備を2個箱に収めることで先に進むのですが、まあ、先に進むので、まあ、当然最初にこの扉の前にたどり着いた方が有利ですね。実際これはこっちの装備が減るだけではなく、向こうも防御力が下がった状態で挑んでくることになります。宝箱に用がないので負けることはなく普通に進んでいきますね。まあここで箱に収めた装備品っていうのは次の戦闘では使用できないんですけど、戦闘が終わったら自動で手持ちに帰ります。この自動で手持ちに変えるという仕様を逆手に取ったバグがあるので、それを利用してアイテムを増殖させます。この後、
装備と陣を整えるんですけど、ここでガルシアの装備をすべて捨てます。ソルブレードも含めたすべてのガルシアの装備を捨てます。捨てる、貴重なアイテムっていうのは捨てると道具屋の掘り出し物屋さんに回るんですけど、今回はその装備が戦闘後に元に戻るという仕様が機能しているので、戦闘終了後ガルシアの装備は元に戻るし、その掘り出し物屋さんにはソルブレードが売り出されるという、そういう仕組みになっていますね。で結構この戦いは装備を捨てたりするので、ソルブレードに頼れないという、ちょっとしたデメリットもあるんですけど、エクリピス主体で戦っていくので大して問題はありません。ただこの相手が使ってくるエナジーのアイテムがなかなか普通に強いので、しっかりとガードしながらエクリプスを発動していく必要があります。So we're going to have Judgment, I think, goes over to, Meteor goes over to the left, I think. Judgment cracks on in the center. Petra Moapa しっかりと do another Eclipse. All that damage 陣 being を put in 回しな kill がら、 off the left さっき knight. 言ったペトロを今 Moapa, so he does 真ん中 another の turn. So シャーマン the の only 族長 enemy に getting 使い a ま turn した on ね。 this one is going to be the そのお right かげで side. 今回そのターンは Still do something 動けません。 really annoying, but only one その enemy 隙に can 召 get 喚 a をいっ turn. ぱい打 We ちま don't す。 kill off the left hand knight, and we don't stop Moapa. Thanks for coming. エクリプスの何がいいかって、2体と3体っていう、Now this next turn is just to set up strong hit. 4体召喚を2回する場合は、8体いるわけですけど、2体と3体なので、水4体、風5体いれば2連発できるんですね。5体じゃない、6体か。6体いれば2連発できるという。複合召喚の強みはそういうところにもあって、とにかく回転率がいいですね。この最後のターンは絶対誰か倒されるようにできているので、気にしないで、芝さえ守って芝にエクリプスを打ってもらいます。そうですね、装備を入れても負けてやり直しなので、増殖することができます。結構有名なスポーツでもあります。ここで無事勇者と認められたので、東大を進むために必要なエナジーをゲットすることができました。Every note. Getting a bit emotional. So good. Oh mate, yeah, a tear to my eye. で先ほどの無音なんですけど、バグです。この無音を神曲だと表現する風潮が結構海外にはありまして、プレクサ氏も結構ノリノリで無音を聞いていましたね、今。結構無音ってかっこいい演出だから、例えばラスボス前とかにやってるじゃないですか。そういう特別な演出なのかなと思ってますけど。緊張感走ったと思うんですけど、ただ単にバグです。ここからしばらくの間、ちょっと BGM のフラグがバグっているのは、トライアルロードでちょっと説明をすっ飛ばすときにむちゃくちゃしたので、フラグがちょっとぐちゃぐちゃになっています。So the way that it handles that is just by making a copy of your inventory as you were when you go into it. So everything you use in Trial Road comes back. So that missing portion we used in battle returned to us. これでいよいよ東大に進めるので、3つ目の東大ですね。3分の2経過してやっと3つ目の東大へとたどり着きました。本来の目的ですね、これが。There's a very interesting caveat to this, however. That when you drop those items during Trial Road, by dropping them, it actually makes it it makes the items go into the relic pool of items. 東大はこちら側の大陸にあるので、こちら側の大陸をまた川をたどって内部まで移動して向かいます。We'll see exactly how that works a bit later on. But we get all of our items back.
And because of the copied inventory, we actually managed to duplicate any items we drop. Pretty sweet. やっぱジュピター灯台は結構ストーリー的にも重要で、好きな方も多いんじゃないかと思いますね。僕が灯台の中で一番好きかもしれないです。ここで港に着くのですが、港に着くときにちょっとした細工をして港に向かいます。この右側に沿って入場するのが仕込みになってますね。それが分かるのはちょっとジュピター灯台攻略後なので覚えておいてください。見る方は。This is definitely the intended track here, and still definitely the intended track. Absolutely. 先ほど話に出たギアナ村というのはこっちの大陸のここにあるんですね。ここにはジンがいるので、ジンを入手して進みます。It doesn't have any diminishing returns or diminishing ratio on it. It's not meant to be that good. They nerfed it in Dark Dawn, which is entirely fair, personally speaking, but whatever. We will make use of it while we still can. Yeah. Just grabbing that extra Ginny essentially means that ジュピター灯台は結構戦闘していくので、しっかりと陣を整えてから向かいます。By having 6 on one person, we can give that 6th Ginny to Felix, who's now a ninja. And if there's one thing we know is ninjas are pretty cool. And the whole thing about the diminishing ratio as you go, we mentioned it a bit earlier, but just in case there are PvP いよいよジュピター灯台に向かっていきます。 the main target of your synergy will take the max damage, and then there's splash damage that gets less and less as it goes. But as you see there, Shuriken doesn't have that. Disgusting. It's very good. ここも召喚を多用するよりかはエナジーを使っていく方が早いので、エナジーですね。I don't often have the time to test stuff myself anymore with this kind of stuff. With Ninja, I actually wanted to experience the testing myself. ここちょっと BGM がバグってるのは、先ほど言ったフラグのバグですね。What we used to do was we used to use Eclipse and just eclipse everything down, and which is fine. 奨学金が入ったので自分の危険にさらすことなく寄付ができます。恐ろしいコメントですね。無理のない範囲で寄付していただきたいと思います。It was very sad. And then Ninja came along and it's never been the same since. It's just been super fun to be shurikening things down. It actually makes the dungeon kind of fun. Yeah, I like it. Kinda, because I still don't like it. ここのガルシペが使ってる手裏剣というエナジーなんですけど、 It's fine. But yeah, in order to get a little bit of extra damage in just for those extra ranges we did. エナジーっていうのはターゲットを設定して、そのサイドにいる敵にもダメージを与えるんですが、ターゲットじゃない敵はちょっとダメージが低いんですね。与えられるダメージが低いんですが、手裏剣はその差が少ないですね。プラス攻撃力に依存するので、ガルシアで使うことで結構効率よく処理できます。Anyway, good time for donations then, I think, probably. Yeah. Should we maybe explain something about these little blue fellas? 向こう2000ドル兄貴が来ました。あと2000ドルなんですね。これはもう達成しましたね。Actually, in the amount of characters that are available for monster names, at least when there's multiple of it. あと2000ドルって言いますけど、2000ドルって言うと、日本円にすると22万円相当。いや、恐ろしい。そもそも5万ドルという目標がもう途方もないんですけど、本当に達成されてしまうんですね。The part of the memory where their level is kept. Which means that there are going to be extremely low-level Devil Scorpions whenever there is multiples of them. So the math works out like this, right? Like ジュピター灯台を見た感じ、見たまんまのサイクロンを対応して進んでいきます。Obviously, it's very fast to kill stuff now as well. So the point here is that with 2 Devil Scorpions in play,
their effective level gets halved. You should be dead. Their effective level gets halved, so they're now a level 本家でも説明しているので説明しますと、デビルスコーピオンという敵がいるんですけど、デビルスコーピオンっていう文字が最大の文字数なんですね、敵の。デビルスコーピオンが2体目に来ると、デビルスコーピオン2という名前になるんですが、それって名前、文字数がオーバーフローして、デビルスコーピオンのレベルが0になるんですね。0って計算になって、そのパーティーの全体の平均レベルが敵、デビルスコーピオンが2と3がいた場合、平均レベルがガクッと下がって逃げられるという、仕様の穴というか、プログラミングの穴がありますね。当然、デビルスコーピオンという名前の文字数のことなので、日本版ではないんですけど、海外版ではそういうバグがあります。で今、ジュピター灯台の頂上に来たと思うんですけど、頂上にはちょっと蓋がされているので、現在では頂上を灯すことはできず、ちゃんと灯台を起動してギミックを解いた上でもう一度ここに来る必要があります。I have no ulterior motives. Give me Dullahan. Thanks, GDQ. Give me Dullahan. You guys are awesome. Dullahan! This odd feeling of wanting Dullahan is weird. ここで先ほどもらったエナジーを使うことで灯台が起動されました。$50 from Anonymous that says Golden Sun, first of the name, was the best GBA game of my childhood. Hype to see that Dullahan Butts fight hype building up. Let's go. We're like under $300. Come on. We're right there, guys. We're right there. そうですね。海外翻訳も大変ですね。グラビティ、今みたいに目印のところで発動すると、空中浮遊ができて移動できるというエナジーですね。今入り直したのはエンカリセットです。BGM が切り替わらないのはバグです。ジュピター灯台はその灯台の左右に塔が立ってて、その塔のギミックを発動することで頂上に行けるようになります。It's funny because like Plexa is both the most qualified person to actually. リフページを見るとそうなってますね。多分本家ではアナウンスがあると思いますけど。Because he knows how to do it. Bowie and I, we were just handed an entire document before, and it's okay. Here's how Dullahan works. Learn it. Yeah. I will not be able to commentate it by my own. It's way too intense. It's like, there's a lot of stuff that goes on in there. It is. And yeah, it's unbelievably technical. I feel like we need to do. そうですね。もう思ったよりはるかに早くスパートがかかって達成されました。And everyone was like, "Oh my God, he's gonna fight Dullahan!" And everyone got really excited, and then he trolled everybody. And I'll troll you the same way, but then I'll do it the hard way as well. So, yeah. Oh, what have I done? Okay. この名前はデビルスコーピオン212がつかないんで逃げられないですね。There obviously must be a lot more donations that get before disaster. There you go. Yeah, yeah. Obviously, must have been a huge amount of donations that came in to make that happen. So obviously, this is unreal. Just the amount of support for the game, the series, this run. そうですね。嬉しいですね。ゲームが愛されている unreal というのがわかりますね。I thought 30k for the mealist Thoros was insane. This is just blowing my mind. I guess Dullahan ruined a lot of people's childhood, so I'm right there with you. Oh boy. Let the people speak. ペースもかなりいいペースで、おそらく5時間40分は切りそうな感じかな。まあわかんないですけど。ちょうど合わせて6時間ぐらいになるような気がします。$25 from Draco8 that says Golden Sun was one of my favorite games as a kid for a good reason, and wanted to wish Plexa luck on the run. Shout out to the shop girl and Izumo for no reason.
appreciate shop girl. Yeah. Shout out to Melissa. She's great, and she's got a appreciate shop girl kind of points thing, and it's fantastic. Great emote too. Hannah donates $100 saying, I owned Golden Sun, but was never able to get very far. Enjoying seeing it being played today. Good luck to all the runners, and huge thanks to the incredible GDQ ジュ team. ピター灯台はこんな感じで左右の Just the Great donates 塔に $100 鍵を使って入って Sup, Plexa? 左 Tell me 右 how から to 起 get 動す that るという gin. 仕組みになっています Which ね。 gym do you want to know? I know, right? Which one? There There's are a- 72. There's 72. Yeah. How do I get gin? Yes. 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 Clearly. But Varuna donates $50 that says, thank you, Plexa, for running my favorite RPG of all time. Good luck on the rest of the run. Venom Turtle donates $25 that says, I'm so excited to get to see more Golden Sun on the GDQ stage. Let's get that Dullahan incentive, which we all have made that. So thank you guys ジュピター so 灯台では much そんなに for your リターンバグ donations は対 for 応しないん this ですけど、 incentive. You will 使う場面 not はあ be るので、 disappointed. You will not. そういう意味でもガルシアは先頭で TP を消費しながら進んでいっているという状況ですね。 But now I'm ready to kick back and enjoy this amazing run with top-tier commentary by Bowie and Sid. Looking forward to breaking Dark Dawn more with you, Plexa. Let's get it sub 5 hours. Also, shout out to Shop Girl. There she is. Thank こ you の for listening. 日々のギミックは How you doing? 2回乗ったら落ちるという、まあ、ギミックなんですけど、 Also, let's talk about this. これ斜めに進めるんですね、実は。多分通常プレイで気づいた人はあんまりいないかもしれないですけど、斜めに進めるので、斜めに進んでショートカットしています。 こっち側のギミックは完了いたしました。 Remembers where you were when you fell down, then loads you into the next room at those coordinates. We call them falling coordinates. By using the retreat glitch as we fall down one of these tiles, what's going to happen is the game's going to load us to somewhere without falling coordinates. それでこっちの塔にある、右側の塔に侵入する鍵があるので、それを拾ってから右側の塔に向かいます。 I'm just going to kill this guy here in a very inefficient way. That's not that inefficient, actually. With intent to drain my PP as much as possible. And then we're going to do the retreat glitch. And we're going to end up back at the start of the dungeon. And then eventually things will happen, but we can get a 右側の塔に向かうんですが、その段階でリターンバグを使います。 We get the blue key. Yay, blue key. Hold on. The blue key went to blue. That's appropriate. It is the blue key. ここですね、リターンバグを使って、 12, perfect. まあ、落下することで入り口に戻るんですが、 Very, very, very important that I do not なんで普通にリターンしないかというのは、 and I need to get my PP back, and there we go. All right. まあこの先でわかるんですけど、 The next time I enter a room that has the ability to support that, 落ちた時 I will fall to those coordinates. Keep that in mind. 落ちた時の座標が今保存されている状況で、 Yay, puzzle. We have a でこの次にある、 it has まあ、落ちる once again, no エリア words, があるんですね。 but from Alex この落ち F. るエリア、 They donated 落ちる、まあ、アクション $1,000. があるエリアに行くと、 We その座標が読み込まれ really て do appreciate, the donations. アウトオブ No バウン matter ズに how big or small, we really do 飛ぶという appreciate アウトオ them. ブバウンズができる。 I have a という、まあ、 $250 仕込みになってる donation んです from ね。 Mr. Mark that says, I love Golden Sun and was quite happy to see the first at AGDQ. 今、デビルスコーピオン逃げたと思うんですけど、 SGDQ. My inner まあそういう child ことで is す。 very happy watching this run. 結構右の Anonymous donates 塔が $20 that says, まあ please 面倒な use ギミ this ック small が donation 多 to い塔なんですけ crush ど、 Dullahan and his poorly その面倒なと translated ころは special attack names. さっきの仕 I 込み mean, のアウトオブバウ what ン is ズ a で Formina すっ飛ばして sage 頂上に向 meant かい to ま be す。 anyways? Is it some sort of health drink? It's certainly not a name I would use for a sword attack. I can tell you that much. Considering the amount of damage it does, it is not a health drink. Not even slightly. It might be a health drink for Dullahan. Oh, it's a death drink. まあそこまではしばらく普通にパズルを解きながら進んでいきます。 We have like 200 HP. Yeah, that's not going to end well for us. ので、ちょっとお水を飲んできます。 Yeah, if you're not flashed,
はい、いらっしゃいませ。はい、失礼します。ね、ぜひ、適度に休憩なんかして、見てくださいね。ここまで見るこのゲームかなり BGM いいなって思いますね。これでもここのトーンの BGM とかも。うっそうとした雰囲気で、時間帯に聞くには若干眠たくなるような。So excited to see Plexa absolutely destroy it. Ooh, and then we have a $100 donation from Angel Ducky that says the Golden Sun games are among my favorite games ever, and I always love seeing the runs of GDQ, especially when it can make the workday go faster. Let's see that super boss. Keeper of Light donates $100 that says you have the 新画面右下にある SGDQ2021 も一応確認はしているんですけど、レムリアの BGM では眠くなるってコメントが来てました。We have an anonymous donation of $200 that says the Ragnarok weapon unleashed is 結 still 構まあ one ゆ of っ the たり coolest め things の I remember as a BGM kid. が多いですね。 Throw in some of the best battle music ever, and well, have to donate for Golden Sun. Here's to Dullahan. Alright, so we're coming up on the glitch point now. So remember, I've got these coordinates stored in memory. サントラはないんですよね、残念ながら。Well, some point is coming up after we jump across this room and then go up some stairs. If I get an encounter out of bounds, I'm going to ただこの失われし時の闘技場でサウンドテストができるので、まあ、そこで聴きたい BGM を聴くことはできます。ここですね、落ちるギミックがあるところに着くと、先ほどの落ちた座標が読み込まれて、アウト・オブ・バウンズに飛ばされます。で、まあ、それを利用して、頂上付近の扉に入りました。頂上に着きましたね。本当は結構印象的なギミックのあるエリアがあるんですけど、まあそこはすっ飛ばしましたね。まあ両サイドのギミックを解除することで灯台を灯せる状況になりました。そうですね、もう本当に GBA とは思えないクオリティの高さですね。グラフィックも BGM も本当に素晴らしいと思います。やっぱ特徴的なテキスト、英語版では引き継がれてないんじゃないでしょうか。I remember having a conversation with Plexa about this, and he's been umming and ahhing about whether or not to play up. 私はこのタイトルプレイしたことないんですけど、やっぱり戦闘中のカメラがぐるっと回るような演出がすごいなと思いますね。はい、やっぱり特徴の一つですね。本当に他では見られないですよね。Yeah, we did the music thing. Well, let me talk about how you actually beat them. You get the genie Rhyme from Lemuria. Rhyme has this wonderful ability called that seals the enemy's situation. I'm doing this to preserve the music, by the way, because I really want to get the good music for a long time. This kill does it. It does. So, where was I? でここで全スタックのメンバーがいよいよ登場します。So you seal Agashio synergy with Rhyme, and then Agashio is like a little puppy dog who can't do anything. So you just keep applying the seal on him, and he can't do anything. ここですね。 One dangerous ability, and as long as that doesn't happen, you're fine. So that's the strat. We do it in 100%. ここのシーンでは打ちかけたメアリーを助けてかばって誰だっけガルシアじゃないよ。ジェラルドですね。ジェラルドが落ちてしまったという、そういうシーンですね。まあこの2人、ロビンたちの、まあ、当然ロビンは灯台を灯すのを防ぎに来ているので、敵として罠にはめてバトルを挑もうとしていますね。
ロビンは今までははい家しか言わなかったので、ペラペラと喋ってちょっと衝撃的なシーンではあります。でまあこの2人は火のエナジストなので水のエナジストであるメアリーだけを落とそうとして一応そのアレックスを入れて3対3で戦おうとしてたみたいですね。結構敵キャラですけど、あと口も悪いんですけど、まあ戦士的な側面はあります。まあロビンもその人を見下した態度はサティロスとメナーディの仲間だなという、まあ、セリフもあるような、まあそういうそういうキャラクターですね。カーストとアガティオというのは。バトルが始まって、まあ、ロビンとはまあ一応目的は違えているんですけど、まあ、当然ロビンたちがやられるのを見ているわけにはいかないので、アルシアたちは助けに向かいます。I was going to say that, you know, we're going to, before we reach the point, because we obviously want to go and save our friends, you know, as much as, you know, they are, you know, quote unquote, enemies of us, you know, opposite in terms of what they want to try and do, we do want to try and save them. We want to obviously do you know, ここでアレックスが登場します。カーストとアガティオを協力すると思いきや、結構ガルシアたちを助けてくれますね、ここでは。その理由はリードっていう心を読むエナジーを使えば分かるんですけど、まあ、同郷のメアリーがピンチなところを見捨てられなかったという、まあ、思いがあったみたいですね。で上に着くとイワンですね、ボブと書いてあるイワンがやられていて、それに気を取られたロビンも倒されてしまいます。まあこの2人はロビンたちにとどめを刺そうとするので、さすがにとどめを刺されるわけにはいかない、まあ、同郷ですしね。ので、まあ、ロビンたちからマーズスターを奪って、東大を点火するのを協力しろと。まあ、その代わりロビンたちは見逃してやろうという話になります。Like everything about this fight is so cool. Like the music, the character design, the abilities they have, the fight design. This is the only fight in the game where you get 2 people, then 3 people, then 4 people. It's so awesome as like a casual moment. You're like, the lighting of Jupiter Lighthouse is this thing that you've been dreaming about since the first game is now likeで、まあ、ロビンからマーズスターですね。ロビンはまあ前作からマーズスターを持って旅をしていたので、まあ、ロビンからマーズスターですね。それを奪ってというか、まあ、もらってと、頂上に行きますが、ピカードとガルシアだけで向かって、まあ、残りのメンバーは崖から落ちそうな2人を助けるという。別行動を取る感じになってます。Yeah, I'll try pull out the one line in the reunion cutscene that gets me every time, because it's just such a good line that Isaac says. I think you guys know the one I'm talking about. I believe so. Yeah. Also, I do want to say a thing about Agatio and Cast as well. They're normally kind of like critiqued as being not as interesting or not as cool as like Satoris and Minardi. Excuse me. The thing is about Satoris and Minardi is that Minardi and Cast are pretty much the same. They're both very fierce and like headstrong characters, right? But Satoris is this very kind of cool, cunning, level-headed force that just kind of tempers her anger and like and pushes it and redirects it. Whereas Cast doesn't have that. And I think that's a really nice thing to have a look at, is like the separate ways that the two operate, where Cast doesn't have that mitigating force. She's just got another brute who's just like,ですが、まあこの2人はガルシアたちもよく思ってないようで、ここで戦いになります。マーズの灯台はこの2人の出身の村であるプロクス村ですね。プロクス村のところにあって、しかも火のエナジストだと
灯台を登れるという設定があるので、マーズスターを奪われてお前たちは用済みだという感じでとどめを刺しに来ています。ここはまあ負けても進むので負けます。結構一人ずつ火星に来て2ターンごとに一人ずつ火星しに来るんだったかな。まあ勝とうとすると結構熱い演出なんですけど、勝たなくても進めるので負けます。Oh man, I did a challenge playthrough of this game once where I only used Sheba and Jenna wrecked face, of course, but this was the only fight I couldn't do because they are forced to appear in the same place. まあガルシアたちにもとどめを刺そうとしますが、アレックスが止めに来ましたね。You know, hurt, but you can't do that there. I tried so hard to do it, but it's so hard. That is a tricky fight. It really is. アレックスはこの段階ではもうこの2人から裏切り者扱いされてるんですけど、まあさすがに消耗しているのか戦うのは得策じゃないということで、あの2人は一足先にマーズ灯台に向かいました。でもここでいよいよロビンたちのパーティーと出会います。ニアリーが回復してくれますね。結構ロビンはガルシアを敵対してて、どういうことか説明しろと結構強めの口調でガルシアたちを問い詰めますが、まあ、イワンがとりあえず仲裁に入って、向こうの村で話し合いをしようということになります。ロビンは去り際に絶対に逃げるなよという、結構強めの感じですね。前作ははいいえしか言わなかったので結構意外でした。We have a $250 donation from Anonymous that says, "Good luck, Plexa. Hope that's a comfy chair." It is. Just shout out to the Blues though because he needs to buy a new chair. Anyway, continue. It's okay. The Irish above donates $100 that says, ようや "Good く luck 物 on 語 the が run, つながります Plexa. ね。I want to see Dolahan get destroyed." ガルシアたちが灯台を灯してきた理由、まあ世界が縮んでいるという話と、まああとはその事故で死んだと思っていたガルシアの両親やロビンの親ですね、ロビンのお父さん、まあ、前作の冒頭で、まあ、事故って亡くなっていたという設定なんですけど、実は生きていてプロクス村に、まあ、人質のような感じで捕らえられていたんですね。まあ、人の胸を説明してロビンたちと協力していこうという流れになります。This is a really cool moment. By the way, it's the Isaac learns that everything he's been doing has been in service of destroying the world. Yeah. Oh no! And he's like, "Oh, all right then." Okay. And そうですね、まあ成功法と呼べるかどうかわかんないですけど、まあフラグというか物語の流れにはしっかりのっとった RTA になっていると思います。ここで前作に登場したハモという人物が登場してくるんですが、まあ、ハモとイワンは実は兄弟であり、このギアンナ村出身だという事実が明かされます。This is Hama. This is Ivan's sister, which is like, and it's going to be relevant to a story I'll tell after Dolahan. Ivan finds this. Alright, here we go. This is the best line. This is でまあなんか私の意思とはちょっと感づくかもしれないんですけど、2人組もマーズ灯台を灯しに行ったので、まあ、正直もうマーズ灯台に向かう必要ないんじゃないか感じですけど、先ほど来たハモ様がまあ、あの2人では強大な力に阻まれてマーズスターを灯すことができないので、お前たちも迎えという、まあ、そういう話になりますね。今言ってるところは
アネモス神殿ですね。ここにデュラハンがいるんですが、この段階でゴリ押しでOkay, 迎えるの this is かな。 a specific thing that Plexa has to do to sort out this as a separate part of the run. The save point that was made earlier will be used to continue the run to mitigate all of this ちょっ stuff. とあんまり行くとこ見たことないんですけど、ここでジンの整理をしているということは、おそらく今からデュラハンに迎えるのではないかと思います。ちょっとすいません、あんまりこの辺、ちょっとやってるとこ見たことあるんですけど、あんま覚えてなくて。あ、そうか。こっち側、ちょっとしばらく見ておきましょう。この段階で先ほどの前作パーティーと合流して8人入るんですか？そうですね、8人パーティーで進んでいくことになります。前衛後衛、自由に設定できるんですけど、ターンの初めに前衛と後衛1人だけ交代することができます。しなくてもいいんですけど、その交代が結構敵の強烈な攻撃をかわしてうまく攻撃するのに使えるんですけど、ちょっと説明が難しいですね。ここに来て急にできることが出ますよね。そうですね。一応そのメニューでごちゃごちゃと関数調整をしたので、狙い通りの陣がロビンたちの手元にありますね。全部入手した状態で引き付けば9体持った状態でロビンたちが合流することになるんですけど。ここでリターンバグの仕込みですね。あ、これか。召喚ですね。I need silence for a small moment. Of course. All right, fingers crossed. Okay. All right, so the reason he needed silence is because ノーセーブ&クイットってことなんですけど、リターンバグ状態でセーブをしてロードすると、位置がずれるんですね。これはレギュレーション、ルール的に見ることができないんですけど、今回は特別にセーブロードを使用して、ダンジョンを進んでいくことになります。And if it is one that he can recognize it, then he can advance with some attacks, and that he then cancels. He can advance the GRN to the points that he needs. デュラハンに行く必要はないので、本来は使わないんですけど。今の逃げるのも、ランス調整によって固定化されている逃げをしているんだと思います。セーブロードをすると本当にランス調整が簡単という、ある程度はできてしまうので、活用していますね。このパズルを完成させると、デュラハンのいるところにたどり着きます。He got an encounter, and then what he did is he forced the general RNG to be advanced in a certain way by doing like action cancel. So he'd go like he'd do attacks to kind of push the GRN a little bit, and then cancel out, and then fled. So that's very この段階でガルシアたちは22レベとか3レベぐらいですかね。これで、ロビンたちは28レベで固定なので28レベです。が、デュラハンに挑んだことある人が分かると思うんですけど、多分60レベから70レベぐらいの段階でしか挑んだことがないんじゃないかなと
思いますね。 Elemental power is like a big thing. We need to make まあ sure 低 that レベルとか you know, こだわってやってた getting 人た out ち of は there. もっと He's gonna 低レベル summon, でで get き the たの buff かもしれ right, ないん get です him けど、 out of there, so that that buff is not removed, so he can come in, do a hit, and get out again, kind of thing. There's a lot of moves that were being mentioned, like Form in a Sage. But yeah, let's go straight into it. So it's turn one is going to be Meteor Attack, Mud, and Flash. So Flash まあめちゃくちゃレベル上げて陣を72体集めてこのコマで来るので、 This is forcing RNG to move in a certain way because attack will. まあそれでやっとみたいな、そういう裏ボスなんですね。この状況で勝てるのかどうか、ちょっと見守りましょう。でまあ、デュラハンの基本情報としては3回行動で毎ターン HP200 回復。でジンヘルストームと話題になってるんですけど、持ってるジンすべてをリカバリー状態にするというえげつないエナジーですね。エナジーというか、まあ特殊技ですね。まあ、ある程度パターンがあるので、多分ダメなパターンを引いたのかもしれないですね、今。まあ、ジンヘルストームで、まあ、ジンを全部消耗させる、リカバリー状態にさせるのがまあ一番きついんですけど、それはパターンでちょっと防げるので、ある程度。それを防いでも、まあ、攻撃技である、先ほどちょっと話題になったファルミナスエッジですね。これは1000ダメージぐらい、まあ普通に装備を整えていっても与えられるので、基本的に一発でやられます。一番やばいのはジンですね。ジンじゃないわ。エナジーチャージ。エレメントチャージエレメントですね。チャージエレメントという行動をした後の次のターンに使ってくるカロンという召喚。まあ相手はモンスターなんですが召喚を使ってきて、そのカロンという召喚ダメージがただでさえ半端ないんですが、さらに即死という即死の追加効果があるんですね。のでまあカロンは受けないっていうのと、ジンヘルストームを防ぐというのはまあ普通にやる上でも一番大事になってくる要素ですね。It starts, it's quite high on the target, and then it like I think is it guaranteed on the target, and then it mitigates down like 60, 30, 10. So not quite guaranteed. With the right manipulation, you can make sure that it doesn't kill the target. I'm pretty sure. ちょっとまあどうやって勝てるのか僕は見当もついてないので解説ができないんですけど、申し訳ないです。A big turn to look out for is going to be the 9th turn in the fight, which we will talk about a little bit closer. But it's the one turn in the fight where we don't have any real protection, no granite, no shade, no flash. So it's very very important that turn goes well. So we're back into it again. Turn 1. まあ召喚割合ダメージなので当然ステータスが低くてもそのダメージが通るんですね。なのでまあ召喚をメインで戦っていくのは重要というか、それしか手はないです。So this is the thing. We need to make sure we get the right actions coming out. We're going to swap Piers for Isaac again. ペトラで1ターン目防いでますが、まあ、1ターン目にジンヘルストームが来る。ジンヘルストームと、まあ、ある程度パターンで来る攻撃が決まっているので、まあ、1ターン目はとにかく相手を防いでいきます。これさっきと同じじゃないか？大丈夫かな？エレメントチャージというのをしてきたので、So here's where we're going to try and avoid this Karen hit. We're going to have ground's going to come out to stop the first turn.
次カーロンというのが来るんですけど、このフラッシュですね、マグナという9割ダメージカットできるので耐えれるというターン3段ですね。このアタックしてからキャンセルしている入力を知ってた、気づいたかどうかわかんないですけど知ってたと思うんですけど、これはおそらく乱数調整してるんだと思いますね。これマグナですね。マグナじゃない、カロンですね。カロンの即死を多分乱数調整でなんとかして、ダメージはマグナで抑えるという感じですかね。グラニトで今度は 50% カットの壁を張ります。ギリギリで耐えてますね。50% カットで409ダメージと。まあ、そういうことです。最大 HP はまあ400ぐらいなので、まあ、当然、場違いなぐらいダメージを与えられます。マグナとグラニト。あとは、なんだっけ、シェードかな。を回していきます。このヘイズ、ハイドってやつが無敵になるやつですね。でこの今、オーラを張ったのがシェードで 50% カット。おそらく即死技がロービンに飛んだのもまあそういうことだと思います。でまあカットしているのでギリギリ耐えれて、エクリプスを召喚してますね。2000ダメージということで、まあ相手の最大 HP かける何パーセントだっけ ?20% ぐらいかなダメージ与えられるので、エクリプスをメインウェポンとして使っていきますね。とにかく1ターン目はチンヘルストームが怖いので、まあ、防ぐ。で、エクリプスでダメージを与える。あとは壁を張って耐えるという、まあ、感じですね。まあ、イナモもおそらく芝で召喚しなかったのは調整かなんかだと思うんですけど、まあ、すいません、ちょっと推測で喋ってますんで正しいかどうかわかんないです。まあ、これも地味に強いんですね。ダメージを与えて HP を吸収する技ですね。魔の接触、日本ならそういうんですけど。これミナスベッジをマグナで防いでますね。しっかり調整を確認してますね。おそらく次のターンフラッシュを使いたいので、フラッシュマグナですね。使いたいので、メアリーはマグナをセットしました。全員ギリギリで耐えてますね。隙をついてエクリプスを使います。次は、どうすんだろう。回復するのかな。回復して壁を張って、マグナどうだろう。Shade comes out, Breck again just to get that priority heal. Elemental swap because it's going to be preparing for Karen once again. あ、カノンですね。エレメントチャージが多分このターンに来ることが分かっていたので、次のターンのカロンに備えてマグナを置いておいたんですね。あれ来ないですね。カロンで多分これ全員死ぬのかなだとして。Dullahan has reduced damage taken from summons. This is unique to, well, it's set to only him and Valakar, the super boss in the game. The break did not work on Ivan because of the haze there as well.
So it's very, very important to get that haze off and allow the brake to come through. If you were allowed to that 耐えてますね。 that break to not come through, if you and Dullahan would have skipped it, that would mean that Jinstorm ここでマグナを使っている隙に we can no longer prevent it. So it was 召 very 喚で important 攻 to 撃 let と it いう go 感じ through ですか and ね。 deal with it in a different way in this case. Okay, that's very close. I think it should be. This is Meteor. This is turn 12. So one turn to go. We've seen the attack. Should be True Collide and 4-minute Sage. There's True Collide. Formina. Fieri survives. 本当にギリギリですね。今はマグナとグラニット使ってガルシア残り31なので、すごい調整です。メレイで終わるのかな。ああ、勝ちましたね。Yes. Wow. You did it. これは本当にやばいですね。That's the hard way to get Iris. Way to school me, Plexa. あ、もう完全にパターン把握して最適な行動をしていますね。Sorry, if you don't just go and すごい。 Plexa right now for that, I don't know. 本当に神業としか言いようがないですね。God, jeez. 結構見てるこちら側も緊張してるような感じでしたね。はい。32 out of 72. Jin, it's nuts. Thank you. Yeah, that was off script. So 本当に何を考えてやってるのか見てみたいですね。すごい。There was a slight change. I'm pretty sure there was a missed target early on that I noticed that I was just a little bit curious about. Wasn't sure if that was going to change everything, but I did notice a missed target. But words hard. なかなか20レベルでデュラハンに挑んだっていう人は本当にいないと思いますね。まあまあバグ前提なんですけど、そもそも20レベルでラスボスを倒したことがある人は自慢していいレベルだと思うんですけど、まあ、デュラハンはラスボスの比ではないので。How long did that must have taken to get that perfect and get that right with that? 恐ろしいですね。神業中の神業です。When it comes to top level routing, these guys they know what's going on. まあ寄り道する前のセーブをロードして本来の目的であるもうこの東大に向かいます。今その岸から乗り移ったと思うんですけど、本当はその入り江に入って羽が生えるイベントですね。船に羽が生えていると思うんですけど、羽が生えるイベントを見てから進むことになります。ここでシバが旅についてきた理由が語られてるんですけど、ジュピター灯台に行けば自分が何者なのか分かるんじゃないかと期待して、来たと言っているんですが、結局手がかりはなく、シバはがっかりしていますね。エスクレーターは励ましています。I feel like I want to find out about myself, and she hopes to find answers in Contigo, but she doesn't. But it's all okay. I need to continue my Shiva story, but I want to try. まあ飛んでいくんですけど、I gotta show this off now that we did Dullahan. Anyway, the whole point of Shiva's story is that 何かしようとしてますね。何をしようとしてるのか。 But eventually, is this famous cutscene in Garoth where she's like, "Oh yeah, I am." Oh, this is the Magic River. This is cool. なんじゃこりゃ。I found this. This is mine. So yeah, she's never had any agency, but she like steps up. あれ初めて見ましたね。 Just like carries the whole run and like proves Moapa wrong. Shows people that the power of wind is really something that you should respect and look after. どこで今仕込みをやってたんだ。 Kick-ass character. I love how she's written so much. Anyway, you're not meant to enter this area from this side as a boat, and so you end up being this. ああ、なるほど。羽をつけるイベントを飛ばすとバグるんですかね。That's a thing you can do. おお。But that's fun to show off. But I love this story. It's so like. I think it's a story everyone can relate to with someone you're ガルシアがおばさんになりましたね、今一瞬。完全に見せるためだけに。Everyone consistently thinks サービスで披露していただいて。
and not powerful enough, or just writing you off. And that's like Shiba to a T, but she consistently steps up and just does stuff. Like you saw her destroy Moapa. She's gonna carry the fight against Doom. この船は乗組員のエナジーで飛ばしているので、ちょっと飛んでるとエナジーを消費するんですね。そのゲージが今映っています。船の体力ではなく、ガルシアたちのエナジーが表示されていますね。All of that, Shiba's great. She's my favorite. It's incredibly cool, and it's very, very true. I mean, everywhere. ここが最後のロック、マグマロックですね。モアイがキャッチボールしています。We should crack on with this because it's going to get a little bit more intense as well. So, is it possible to know what? ここでもちょっとしたグリッチなんですけど、バーストというグリッチ、バーストグリッチですかね。バーストは Z 軸が無視されるという性質があるので、段差の下からバーストを使って、本来想定されてない進み方しています。Magma Rock's got some real cool stuff to it. The fact that it just checks to make sure that you're in the right Y and X axis, and it goes, is it right? Sweet. It doesn't matter how high up it is, and it actually allows us to do multiple great skips in Magma. 火のバーストをメインに進んでいくダンジョンとなっていますね。Roughly, like they're the two most fascinating and brilliant rocks for sure. But Magma's got some real beauty to it. And it's majority of unique tech. Like it's unique to Magma Rock. We can do it elsewhere. Just doesn't, it's not useful elsewhere. We can do it in like the burst glitch that we're doing. Like this is really going to be obviously wrong. ここも Z 軸が無視されるので、下から上のギミックを見えてないんですけど破壊して進んでいきますね。ちょっとバーストの演出は長いんですけど、そういうもんです。It's really helpful. It should be noted as well that we're staying in Felix's team to run away because we're going to do a retreat glitch in. ここはガルシアのパーティーを前に出して全滅させることがガルシアの PP 調整の一環となっているので、ガルシアパーティー死者が出たりダメージを受けた者がいても回復せずに進んでいきます。So what we're going to try and do is be in Felix's team, try and flee, fail, have them all be downed, and then we can use the fact that they're downed to revive them and waste a lot of PP and get back into like a low PP count quickly. So that これもちょっと長いですけど、 at that point, also auto swap to Isaac's team so that we can then run away a lot better. I should also address we have a flying boat. So I feel like we kind of しばらくは普通に進みますが、外壁なので例のごとくリターンバグを使いますね。Yes, we kind of also skip the cutscene that explains the flying boats, but yes, they put wings on our boat and now it can fly by the power of synergy. It drains the synergy of everyone. It's kind of prioritizing the ones with higher levels. And with some good positioning, and when we arrived there, we actually managed to skip. これ上に乗ったのを感知して勝手にすぐに飛ばしてくれたらいいんですけどね。そうですかね。なんか焦らす必要ないと思うんですけど、上に乗っている人、そういう。モーションは面白いんですけど、時間がかかるのが難点です。ここ全員倒されるのが調整なので、無理やり逃げて、倒されるまで逃げようとしますね。この前衛が倒されると4体、後衛の4人がちょうど出てきて、戦闘後も入れ替わったままなので、ロビンパーティーを前にして今後は進みます。ここでリバイブを使うのがガルシアの PP 調整で、4人分のリバイブをすることでガルシアの PP がちょうど5以下になるので、リターンバグを使用します。ここのリターンバグでスクロールしないんですけど、次のエリアをガルシアが動いているので、心眼でギミックを動かして、結構ここは本当に心眼マジで難しくて、音楽を頼りにどれぐらい進むかを調整していると
まあ、チャットには書いてありますね。僕はちょっと音楽のやつがうまくいかなかったので、別のやり方をしてるんですけど。ここは集中力が必要です。まあ、うまくいってますね。ので、まあ、このエリアを飛ばして先に進めます。この火の玉キャッチボールしてる楽しそうな思いぶつかるとダメージ受ける。落ちるのかな。当たったことないから分かんないですけど、まあ当たらないようにしながらいきます。まあギミックをすっ飛ばしたおかげで外壁はもうおしまいですね。Yeah, the battle strategy here, if you haven't worked it out already, is run away. Yeah. They gave us a level 28 party. It's like a good 8 levels higher than everything else. So sorry, we're gonna abuse that and we'll just run away from things. 当たると落ちるみたいですね。 The last dungeon of the game, it's not faster to run away from things, which is good. ガルシアパーティーはあんまり逃げられなかったと思うんですけど、ロビンパーティーはまあ適正レベルで合流しているので、まあ割かし逃げられますね。今はあまり逃げられなかったんですけど。Every rock has a great score, but Magnus is on another level. You can see that I'm getting slightly better slightly better turns per each party rather than when I had Felix's party. And again, it's the fact that they're just putting me on a high level, which gives it more probability to flee. ここもまあ相当長いんですけど。Please note what's happening here as well. The mechanic inside the interior of Mars is to fire the fireballs using burst into the big tiki statues, and they will start vomiting lava everywhere. What vomiting lava does is activates マグマで満たしたり、マグマを引かしたりして。 And the idea is to kind of like raise and lower the lava levels so that you can, you know, traverse. Keep that in mind as we progress because it's going to be quite fascinating. We obviously ここで PP 調整してリターンバグを2回使うんですかね。おっと、リターンバグ状態で戦闘に入るとリターンバグ状態回避されるので、戦闘後にもう一回リターンをするのを忘れないといけません。今ちょっと忘れてたんですけど、まあ2回リターン使うとマグマの中に出てきます。そのままマグマを進んでいきますね。まあエナジストなんで多分マグマも余裕なんでしょう。ここも Z 軸のバグを利用してバーストを下から作動させます。ここは本当に原型がわからないくらい変な道を通っていきますね。It's good to know that in Dark Dawn we have the protagonist is called Matthew, and Matthew is the son canonically of Isaac and Jenna. And part of the Dark Dawn speedrun is that Matthew runs across the water a whole bunch. So it's very clear where he got those genes from. He got them from Jenna's side of the family. でまあここちょっと細かいピクセル調整をして周期を本来は乗れない周期で乗るというまあテクニックがあります。ガルシアのアホゲが後ろの岩のなんか境目と重なったところでバーストを使うと本来ここ間に合わないんですけどギリギリ間に合って飛べますね。こういったまあ数秒単位の短縮をしっかりと丁寧に決めていくのが素晴らしいところです。角はアホゲじゃないのかな、寝癖。 Okay, we have a $50 donation from John Coral that says私もアホゲに見えますね。 アホゲですよね。 I'm glad to see the fight 多分 is そう。 as epic in speedrun as it is casually. Farming a sage. That is an ability. It's basically instant death, as you saw.
Not at all scarred by that, are you, mate? No, Not at all. It did make me sad when I had to sacrifice my TLA team members. It's just that Dullahan's AI is like, I can kill you, and he does. So it's like, Yeah. Oh well. Thank you, Shiva, for your contribution of dying. Very sad. Very sad. Oh well. そうですね、本当に細かいメニュー操作から1秒以下の短縮になるちょっとした調整までしっかりとこなしています。プレクサッチは。普通にメニューとかのこともめちゃめちゃ早いですよ。本当にめちゃくちゃ早いですね。これ Z 軸バグでしたから、これ起動してマグマが来るのでは。そうですね。マグマが来るのですが、まあもう平然と耐えていますね。Awesome, it's spicy food. But yeah, you can get a couple donations in as we finish this up. There's some fun stuff. この地味なんですけど、本当に動く床がある、動く床が今あると思うんですけど、そのレールの上はエンカウントの歩数が加算されないので、見えないんですけど、しっかりとレールの上を歩いていますね、プレクサさんは。Something in the air just makes me want to give money to a great cause. And there's no better cause than to help fund doctors all around the earth. So, water, you waiting for? Well played. You could see what they were going for. Pseudonymous donates $25. It says Golden Sun is lit. Oops. Spoilers. That was actually pretty good. I like that. That's creative. Sodium 70 milligrams. I don't know why that was a name, but sure. Donates $100. That just says Dullahan. Ryan donates $50. That says excited for this Golden Sun run. One of my favorite series as a kid. Are you doing okay, Condemn is Plexa? Condemn is just a fantastic ability. How many more props can we get? They both have. なかなか逃げれないですね。 Oh my goodness. Oh boy. Alright, it's fine. It's not a big deal. 不死鳥っていうのはまあボーナス的な Yeah, キャラでして、経験値が異様に多いです。 Oh goodness. Earlier on in the run, that would be catastrophic, but now we have revive as a basic ability, so it's. がまあレベルを上げても whatever. 大して耐久には影響せず、まあ、召喚メインで戦う場合はまあ大してレベルは必要ないので、ある程度は借りません。Walk on Walava if you like. You can also do this trick. Caught by surprise. That's not the trick I'm referring to. Don't do that. And now for the enemy's next trick. Yeah, I recommend not doing this trick. How many more condemns can we get? No, we're gonna do the same kind of thing we did in Ayers Rock, where we change our retreat point to something else, and then that's gonna allow us. 前衛後衛いると回復も楽ですし、 Jump over here. 前の4人が倒されても幻滅にはならないので、前作の終盤は結構シビアにラストランで戦ってたと思うんですけど、結構こういう風に雑に逃げるを連打しても大丈夫なんですね。でもマグマロック違う入り口から入ったので、こっちの入り口をブックマークします。リターンを使って普通に最後は変えるので、それ用ですね。ここでリターンバグの調整をします。それとまあ、右の入り口に入ったら最深部に一気に飛びます。はい。もうまあおなじみですよね。まあ最後にあるプロミネンスという火のエナジーがマーズ灯台ですね。最後の灯台の進行に必要なので覚えます。本来この消える床を通ってから円盤に触るので帰りに使えないんですけど、まあ不正入場したので帰り道として普通に使います。でこの謎のエリアなんですけど、本当は溶岩が真ん中から湧いて道が塞がれてて、ここに溶岩の一部であるマグマボールというアイテムがあるんですけど、まあその溶岩から出てくるんですけど、そのイベント見てないので溶岩はないので遠回りせずに
このままマグマボールを入手して帰ります。本当はプロミネンスを入手してからプロミネンスを利用して進んでいくギミックがマグマロックの中に結構いっぱいあるんですけど、その辺は全部すっ飛ばしてますね。BB 消費してるのになんで飛ぶかっていうと、エンカウントがないからですね。あと移動が早いからです。でもマグマボールを取った理由がここにあるんですけど、この村で大砲をもらいます。ここで大砲の弾を使ってこの壁を壊したら大砲あげるよって言ってくれるんですけど、言ってくれるので、ここで弾を込めて大砲をもらおうという話ですね。RTA では話を聞かないので、いきなり村に入ってきて大砲ぶっ放すやべえやつになってますけど、まあそういう事情があります。この村は、鉱物がよく取れるということで、こういうふうに開拓しながら鉱物を取ってるんだと思います。あまりちょっと覚えてないんですけど、なんか親切なのでこの人たちは船に積み込んでくれるみたいですね。ちょっと手伝ったらいいのにと思いましたけど、親切に甘えましょう。で、壁を壊したことで進めるようになったところにジンがいるので、最後ではジンをゲットします。このピースですね。英語名だとなんだっけ、ルルかな。これも結構壊れた性能を持ったキャラで、デュラハンにも欲しかっただろうと思うんですけど、結構便利なキャラですね。一旦すっ飛ばすという感じです。一旦すっ飛ばすのがなぜいいかというと、相手の強力な攻撃が来ることは結構分かってたと思うんで、デュラハンとか。その攻撃をすっ飛ばしつつ、こっちの陣はセットできるというメリットがあるんですね。なので結構便利なキャラで。それが多分デュラハンのカロン対策に、ほぼ必須というか、絶対に使うような陣ですね。今回なしで倒されてましたけど。そうですね、本来はそれ用のもうジンという、ジンは全部集めないと挑めないっていう前提もありまして、全部ジンの能力を使ってレベルも上げて装備を整えてやっとという、そういう存在なんですね、デュラハンは。そうですね、ジンを使ったコードの後なんで、行動順も意識すると、何人かは動いた後にピースを使って相手が動かれる前にピースを使えば、実質の相手のターンを飛ばすという効果にもなりますね。いよいよプロクスという敵たちですね。敵タティルスとメナーディやカースター、ガティオといった今まで敵として立ちはだかってきたものの村ですね。ここは本当に世界の端っこにあるので、世界が縮小されると滅んでしまう。そういう危機感から、彼らはその強引な手段を取ってでも東大を灯さなければならなかったんですね。ガルシアと囚われていた両親たちですね。
はちょっとここでプラしていたので、結構温かく迎えてくれて、プレイヤーの印象とはちょっと違う感じの、結構いい選手たちの一族なんですね。でここでお金を調整してソルブレードが売ってあるので買います。その他ガルシアの僧侶もまあ強力なのでロビンにつけますね。必要な装備を整えてラストダンジョンへと向かいます。ここがガルシアの両親とロビンの父親が囚われていた小屋なんですけど、その3人の姿が見当たらないという話ですね。何やら不吉な予感がしますが、とりあえず家の中にいたペットのジンを取ります。ここのジンは引き継ぎの救済みたいなジンです。前作で引き継いでないジンから1体だけ、補助として獲得できるんですね。なのでジンを全部揃えたかったら、前作で全部集めないといけないんですけど、1体取り逃してても救済されます。ここではブロックス村の村長たちがカーストとアガティオは東大に灯しに行ったのに戻ってこないと、結構ごまごしてます。ここで自己紹介をして、ロビンは当然メナーディとサティオスと倒した形的な存在ではあるんですけど、正々堂々と戦って勝ったという説明をして、説明をすると結構選手として認めてくれるんですね。結構そういうスポーツマンシップ的な戦士的な村なんですね、ここは。でアースやアガティオたちが無理ならもうこの村には行ける人はいないとなってたんですけど、ロビンやガルシアたちなら大丈夫かもしれんということで送り出してくれました。いよいよマーズの神殿じゃないマーズの東大を攻略していきます。ラストダンジョンですね。相変わらず BGM が最高です。そうですね、今一瞬見えたんですけど、本当に世界の端っこにあって、今にも絶滅しそうな感じですね。あとはエレメンタルのバランスが多分崩れているので、雪というか、その気候の悪さも、多分気候もさらに悪くなっているという状況だと思います。ここにソルブレード3本目ありますが、必要ないので取りません。あると思います。Everything from here on out is routed assuming you get the minimum possible experience. So ちょっと定かではないんですけど、多分おそらくあると思いますね。Enjoy hearing the level up animation a bunch of times. But yeah, we don't need them. Preferably they run away. It'd be nice. Megiddo's still here. It's always been here. Megiddo? Yeah, we actually get to use it again. Kind of cool. ここの戦略は敵が1体ならロビンとガルシアのソルブレードで倒す。2体ならロビンとガルシア手裏剣で倒すという、シンプルな戦略ですね。This is mine. It's called dumb skip. So remember how I was happy about the really cool thing I found? I found something really dumb as well. And you did it. But it's I went right.
ここでも結構ユニークなバグというか、ここ特有のバグがありまして、今、本家でもちょっと言ってたんですけど、ダムスキップという、なんでダムスキップという名前なのかは知らないんですけど、ギミックをすっ飛ばすバグがあります。ここの炎は本当は上にある銅像を押しながら進むことで押して防ぎながら進むというところなんですけど、炎にギリギリまで失敗しましたが、炎にギリギリまで近づいた状態でメニューを開くんですね。陣のメニューかステータスのメニューでいいんですけど、それを開くと炎が一旦収まるんですね。一瞬収まった隙に右にずれると成功します。見てればわかると思いますが、今見えたと思います。成功しましたね。あんな感じでちょっとだけ火が収まる瞬間があるので、ギリギリまで接近して素早くメニューを2回閉じて動けるようにして進むんですね。そのステータス画面を1回閉じると選択画面がまだ残っててガルシア動けないので、動けないのですが炎のエフェクトは復活しているので、素早く2回閉じて右に進まないといけないですね。ちなみに銅像を動かすのはめちゃくちゃ遅いので、あそこ3回ぐらい失敗しても多分お釣りが来るぐらいの短縮になります。or worse, basically, to the point where it just cannot work at all. So it's a horrible trick, but it's fast and it's dumb that it works. It's dumb the way it works, and it's dumb that you can lose time. It's very appropriately named Dunskip. 手裏剣は今見えてるように均等にダメージが入るんですね。それが一番のメリットで、3体処理するときもターゲット真ん中にしたらしっかり3体均等に処理できます。We like to have fun here. We do. Coming up though, I hope you have you ever played chicken with a fireball? Yes. No. No? Really? I do it all the time. Well, actually, I have a very interesting past that you might want to know about. Well, yeah, we're just gonna shortcut pound here just to break these ice rocks because we. 今ハルマゲドンが出てたと思うんですけど、まあ2人とも通常攻撃が出れば一番いいんですが、最悪なパターンとしてはまあロビンが普通に攻撃してとどめにガルシアがハルマゲドンをするというのがちょっと遅いので。ハルマゲドンが出ないように祈る感じですね。今のペースはそうですね。途中でまあデュラハンを挟んだので、すみません。わかんないですね。デュラハン何分ぐらいかかったかな。1回リセットしてパズルを解き直してますから、そうですね。結構かかってそうですけどね。15分ぐらいかかったんですかね。エスティメイトをちょっと過ぎるか過ぎないかぐらいになる可能性が高い気がします。ここで2回目のダウンスキップですね。It's nice that the movement progresses slowly, like at all. At first, you just walk everywhere on your legs like some scrub. Here's another dumb skip. Then you get the boats, then your boat starts flying, and then you fail dumb skip maybe. We'll find out. And then you do this. 結構本当に難しいですね、これは。素早くメニューを閉じると言ったんですけど、1個目のウィンドウを閉じた後、
2個目のウィンドウ閉じるまで入力受け付けないのが、入力受け付けないフレームがあるんですね。3から6フレームぐらいだったかな。なので、まあ、早すぎず遅すぎずメニューを2回閉じるというのが、まあ、成功の肝です。今、セーブリセットして、セーブしてリセットしても、リセットしても、ですかね。はい。リロードすると、また炎が吹き出るタイミングが、そうですね。リセットされててってことですね。マップ画面が表示されたときに、口から出てくるようにモーションが設定されているので、新しくゲームを始めると、当然炎が吹き出るところから演出が始まるので、進めるという感じ。まあ、本来の RTA では、まあ、セーブ&クイット禁止なので、あれですけど、まあ一応ああいうやり方もあるよという感じですね。Yeah, this requires, yeah, I'll let you focus for the attempt first, obviously, but watch out. Holy crap, I actually got the frame. おそらく同じ原理を使ってセーブ&ロードで。That's the first bit, but not done yet. Yeah, we're not done yet. 炎をやり過ごす。やり過ごしました。もうまあかなりの短縮になりますね。まあ、本来は見れないんですけど。特別版ですね。We've already got two. I can't believe I got that first try. Wow. I guess it wasn't as extremely stupid. Yeah, it's very dumb. You should never go for it, but whatever. Now, we do these things. What's more flexible? そろそろボス戦ですね。 Or extremely stupid skip? Both very If you flexible. ask me, extremely stupid skip. ここで氷漬けの2体の竜がいるので、先を通るためにこの氷を破壊します。Yeah, two dragons of fire descent, one slightly bigger than the other. We're going to do a quick setup here just to make sure that it's. Are you right, mate? Oh, the menu's No, the menu is so laggy. Oh, it's okay. とにかく8人分のメニューを操作しなければならないので、結構ぼーっとしてると失敗というかミスをしたりすることもある。メニューが難しくなってきます。2頭のドラゴンです。このなんだっけ、フレームドラゴンですね。1体大きくて1体が小さくて、何やら見覚えのある技を使ってくるんですけど。まあ1回コードなので、最初のターンは地面のコードを防ぐ G とペトロですね。それを使ってダメージを受けないようにします。その後、召喚をした後に、さっき言ってた一旦すっ飛ばすジンを使って、召喚した後は相手に行動される前に一旦すっ飛ばしますね。ボードは触れないよな。でまあ結構封殺してる感じですね。まあしっかり召喚をして。そうですね、ロールは2本目ピースですね。しっかりとノーダメージですかね。こんな感じで陣を活用することがまあ前提というか、これからのボスは前提になってきます。まあ相手もそれを見越したような行動をしてくるんですけどね、デュラハンも含めラスボスは。なんと2体の竜の正体はカーストとアガティオでした。なんか石の目玉によってドラゴンに変身させられたということでしたね。残念ながらこの2人はもう体力使い果たして
命が尽きるところです。でまあ命を尽きる前に灯台を灯してほしいと、マーズスターを託されてガルシアたちは上に向かいます。And then start cracking on with lighting the wings so we can reach the lighthouse proper. So yeah, we've got some interesting stuff to do first. We've got 4 wings to clear, one of every single element, which are geared towards puzzles akin to that element. So you know, we got a bunch to do. So yeah, we got a lot to do. ボス用に陣を並べ替えてたんですけど、雑魚敵用にまたこの2人のクラスの忍者に変えて手裏剣で進んでいきます。ちなみに忍者はロビンとガルシアに炎の陣3体、風の陣3体持たせることでクラスチェンジしますね。灯台がさっきマーズスターを使ったことによって起動して4つの試練を超えろと言われます。この4つはそれぞれ火の試練、水の試練、風の試練、地面の試練に対応してまして、集大成、これまでの集大成みたいなダンジョンとなっています。Plexa is absolutely killing it, and it's been amazing to watch this with some of my favorite commentators in the GDQ roster. Thank you for bringing love to this incredibly ambitious series. これは逃げようとしましたが、結構厄介なエンカウントでして、体力が500近くあるんですよね。だいたいソルブレードを持ったロビンの攻撃で200ぐらいしか効かないので、普通に戦えるか逃げた方が早いんですけど、ちょっと運が悪いですね。Great to see you as always. Good luck on the run. This run's gonna be S tier. 地面の地、まあ、地ですね。ヴィーナスです。地って言うと分かりにくいかなと思う。最初はマーズの試練ですね。確かまあそれの象徴するドラゴンの試練書いてあるのかな。説明、灯台の説明文には。3 times as strong as anything else in this dungeon. It doesn't make any sense. But oh well. ミノタウルスも体力が多いんですが、これはちょっとロビンで補助し、ロビンじゃない、イヴァンで補助すれば倒せる程度です。You can just take out the prism after a point. Yeah, look, the point of the Mars Wing is to drive speedrunners insane. For some ungodly reason, the encounter rate in the next room is like 3 times the rate anywhere else in the game. So this ginormous, stupid room gives you about 5-6 encounters on a good day. ここも地味なバグですけど、灯された瞬間に灯していますね。まあ火が灯されるのを待ってどこに行くんですが。Oh my goodness. You have a $100 donation from JAPF that says the Golden Sun games are one of my favorite games of all time. It's been a joy to revisit this part of my adolescence together with the runners. Says don't die to cruel ruin. I'm assuming I'm missing something. That's a very smart thing to do. We will do our best. We have a $50 donation from the Casual Scrub Gamer that says, I've never played Golden Sun, so I want to know what their super boss is like. Well, you saw how it was. It was really interesting. It was super. We have a $15 donation, and I really do apologize. I'm not going to be able to pronounce this name. I'm just going to say Bloomin, because it's very long. そうですね。もう本当にあと30分ぐらいだと思います。ラスボスはあれですね。ポセイドンなどに比べると、そこまで振り回される要素はないです。ラスボスの厄介な行動っていうのも結構もう解析されてまして、パターンがあるので。こちらの強力な陣でそのパターンを封殺して倒すことができると思います。
than what I. Well, yeah. Say what you gotta say, and then I'll crack on. Okay, Kindle just donated $150 that says, I can't see the run because I'm at work, but from the way things feel, it seems like Mars's lighthouse was lit first. It's like the Sohola out there, Plexa. Go light Mercury lighthouse, please. Good luck and good RNG. Don't die. And that was it. I just wanted to quickly remind that because これはいいメギドですね。 I've thought about it a few times, but I was like, いいハルマゲ I ド forget to do で it. す。 But one thing that Plexa and I forgot to do ラ last スボス time, は急にこんにちは。確かに we そう can't ですね forget。this time. 待ち構えてはいないで Forget this す。 time. Thank you for reminding me. No worry, it's all good. There これは良くない is- メギドですね。 well, there was. Well, there is and was. During AGDQ, Plexa and I forgot to do one thing, and that was shill the fantastic shirts available at the Yeti. Specifically because JMV is one of the artists who has been doing some of the designs and has designed an incredible Golden Sun: The Lost Age shirt. So remember that all of your purchases at the Yeti do go towards, a portion of it does go towards the donation total that goes towards MSF. And we forgot to shill the shirt last time, so wanted to make sure that we do shill it this time. JMV's designs are really cool, and it'll be awesome if you picked up a shirt to support Golden Sun, support JMV, support MSF. ここは本当に正攻法にパズルを解いていきま Yeah, す。 we didn't. And also forget. to just own a really cool Golden Sun shirt. 'Cause, Yeah, it's really I cool. love it. I'm getting it. 一応さっきダウンスキップを I 使っ definitely た want の it と同じよう myself な as well. オブジェクトなんですけど、 I I've just already got think they mine. outdid themselves this time. 通るところが竜の口の近くなの The で、 AGDQ one was 火 really の good, but this one is 演出が really, really 復活し good. た瞬間に当たっちゃうので、すり抜けることはできな Alright, いで that was す。 the worst room in the game. Like I said, so many これで火の試練は終了。ドラゴンの試練ですね。 Whatever, it's done. 終わったので、一旦入り口に戻って、 You didn't like it the 別の first 試練 time, を受け now に it's 行きま dumber. す。まずは4箇所、 The fire is this moving. time- 4箇所の Fire is moving. 試練をクリアしないと、 Left. Oh, yeah, thank you. 最後の頂上まではいけないですね。 Saved Sorry. the tile of movement. Good job, thank you, Bowie. Yeah, no Appreciate it. worries. If まあ4箇所と言ったんですけど、 yeah. まあ例のあの技を使って Um, 3箇所で済ま I し think we ま got. す。 Sorry for like jumping in. まあそれも on ち the ょっと donation. 後で We 見 need ら for a れ little ま bit す。 of shillage. So if you do want to crack on with a couple more. 次は鳥の試練ですね。鳥は風 We got a little bit of time before ジュピターの試練です。 the Gotcha. dominating. We have a $30 donation from Karasu that says, donating for the first time for my favorite game of all time. Golden Sun left a huge impression on me when I was younger, and I'm so happy to see it being run. Seeing that Dullahan fight, and don't forget that こ King のダンジョン Shiba 長いで is す the け most ど、 powerful player まあ you さす can がにラストダ perform ン in ジョン this なんで game. ね。普通にプレイしてる分にはまあ長いなとは思わないと思い Moogle ます Mage が。 donates $100. RTA 的にはもう Hello, 5時間 Plexa 程 and 度 all of the Golden Sun community. Been a 連 big 続 fan で of 走 Golden った Sun 後 1なの and でちょ 2 っと for 長く years. 感じるかもし No れない Dark Dawn yet. It has been a joy to watch the runners over the months and seeing the times lower in a crazy pace. And obviously the money went towards Dullahan, which we did have it happen, so it was really cool. And then Kido Raja donates $25. It そうで says すね。 Golden マー Sun: ズ The 東 Lost 大 Age の was the 全部盛 first りで、 game in the series I found, and I thought it was ガ amazing ス from ガ the スと start. タガティは Love 火の seeing it at GDQ and can't 火の wait エナ to ジ see スト all な the ので ways it can be 進めると言ったん absolutely ですけど、 destroyed at the 実 many 際どうや points って I 進むんで struggled すか with ね。 as a child. Take my money for Doctors Without Borders and keep up the good work. 前作の東大はおそらくそのエナジストだけで大丈夫だったんですけど、 Devin donates $25 that says Golden Sun at AGDQ, The Lost Age at SGDQ. Sign me up. Sir Dan 1987 donates $15 that says, I recently have played through this game casually, and I recall how horrible the Dullahan fight was. Curious how this turns out. This is towards the incentive and one of the many times I'll be donating during this run. Best of luck to the runner. When you want Megiddo, you don't get Megiddo. It's the way of the blade. Every game that has something like this, it never actually happens. I'm playing I've been playing a lot of FF. デュラハンは倒せましたけど、やはり Whenever you get the chicken, この段階でここに来るには flee for you.
レベルはちょっと低い感じがしますね。今の見てる感じ。Sod's law, man. Sod's law. Alright, here comes Dumb Skip 3, the Dumbening, the Dumber Skip. It goes by a lot of names, but there's dumb in there somewhere because it's the same principle as before. We're going to open the menu, close the menu, and hopefully we run past the thing. メギドの数数えてるんですか？でもプレクサシのタイマーにもメギド、無駄なメギドが出た回数を数えるカウンターがついてますね。メギドントって書いてあります。メギドント。今のタームスキップですね。まあ同じ原理で。今回はしっかり1回で決めています。ここで風の試練は終了です。That's 2 out of 4. We're halfway there. Halfway. Oh man. 折り返しですね。3つ目の試練に向かいます。The last two. The Venus one is really fun. ここの入り直してるのは、例のごとく塩化リセットですね。Good job. Considering we've just done the fire one, which is just such a drag, and the wind one just feels long because of all of the cyclones. ってことはもうコメントによると、タイムロスのメギドがすでに26回ぐらい出てるんですね。まあ平均的だと思いますけどね。やっぱメギドの発生率、ちょっとどれぐらいかは知らないんですけど、結構高頻度で出てると思います、今見てても。まあそういう仕様なので仕方ないですね。まあでもポセイドンの戦いでしたけど、ポセイドン戦とかはやっぱメギドに救われていたところもあったので、まあ無駄が出ても多分タイム的には十分ですね。メギドで救われているところと多分メギド、無駄なメギドでロスしている分は釣り合ってるんじゃないかなと思います。I will gush all over that strat and explain it best I can. I love it so much. 3つ目の魚の試練。マーキュリーの試練ですね。It's got a really sweet name because the strategy for Fusion Dragon at the end ofここはまあ変のギミックとこのチルドのギミックが組み合わされてて、チルドで標柱を作ったところに火がつながってしまうと溶けるという、新しいギミックがありますね。35% ですか。ありがとうございます。まあ3回に1回ぐらいは通常攻撃すると出ちゃうんですね。3回に1回攻撃力3倍と考えるとやはり性能はめちゃくちゃ高いですね。あ、出ました。これがダメギド。はい、ダメギドです。本当にターンまたいだとどめの時に出るのが一番ちょっと心にきますね。Looks cool. Sounds cool. And in casual play, I would never. It's just really slow. Yeah. If in any other situation than a speed run, it's great. Okay, so 3 down, 1 more to go. We're just going to quickly blaze. ここで3つ目のマーキュリーの試練が終わったのですが、ここで最後の例のあれですね。最後のリターンバグを行い、リターンバグを行ってもう一度火をかけると、今黄色く光ったのが見えると思うんですけど、あれでヴィーナスの試練はクリアした扱いになります。のでもう試練は終了ということで、いよいよラスボスに向かいます。ヴィーナスの試練は3度を使うんですけど、まあ3度演出が長くて、とにかく時間がかかるので、まあ、おそらくヴィーナスをすっ飛ばしてるんだと思います。でいよいよ頂上へのテレポートの魔法陣が出てきたので、整えます。He has three heads, which each represents a phase and each represent
one of his attacks, with the last one having 2 attacks. And those three, those とにかく attacks 陣 are をループ essentially さ a せるこ pattern, とと much like Dullahan, except this time 壁になる陣を使 we う。 can't really aren't 壁になる陣はグラニトとシェード So we're just gonna make ですね。 sure that we never have to worry about where in the pattern we are. でメアリ The ー nice に thing about the 相 pattern 手 is that の行動を all 止め of る the 系の most dangerous 陣を集中 abilities, させていま so す。 that includes Jin Storm, which resets all of your Jin, グランド、 ruin the グラ entire ンドと strategy, are on the ペト first ロ、 action. ペトラですね。 Which 日本 means 名 that は throughout ジー this ト、 entire fight, we ペ will トロなん always ですけ either ど、 be using Petra to remove the あ first とピース action, です Ground ね。 to remove the 一 first 旦すっ action, 飛ばすピース or を lull in order to end the turn 常に before 発 doing 動 damage しながら even 回 happen. していくと We're いう also 感じで using す the ね。 Trainer's Whip here, finally, picked it up all the way in Yumpy Desert. I said we would explain it. And ま we あ don't 細かい actually, 調整をしていきま Trainer's す。 Whip is a item 誰 that も覚えて gives ないと思うんですけど、 gives you 砂 a 漠 certain で class. 取 There's a 得 couple したトレー items ナー like ウィ that. ップという And ア in イテ this ム case, it's a trainer class series. とかも We don't 活用 actually し care て about the abilities of that class ステータスを itself. 調 What 整 we して do いま care す about ね。 is its agility stat. Because with that agility stat, ラ Mia, スボスは on Mia, 3 she 形 is 態あって、 exactly fast enough, and only Mia. 最初は She is 4回行動、 exactly 次が3 only 回 Mia. 行動、 She's その次は2 exactly 回 fast 行動 enough となっています to が、 fulfill her role 最終形態 in, 2回行動なんですけど、その in 分 this 攻撃 particular が fight. 厳しいので、 And otherwise, then I 結 said 構 without speed. 通常プレイでは Yeah. 苦戦した方も多いんじゃない I かと思い have ま to す。 point out that every character in this fight has to be that character. 頂上に来ると It's really rare because a lot of ワイズ characters マン are clones of each が other. 現れますね。 But you can't replace Isaac with Felix. You can't replace ワイズマンは Garen 錬 with 金 Jenna. 術 You の can't 解放を replace 阻止 Luke し with たい Ivan. It has to be these exact characters doing what they're とい doing. うサイドの、 The only two まあ、 that 最 can 初にロビン really たち change に Garen's 阻止する gears ことを is 命じた Leviathan. 神的な存在 But です all the ね。 characters we're using, there's no other option. It's their unique combination of stats and でまあ実際今錬金術を解放したらそれを を入手しようとアレックスが企んでいるということまで、まあ、読んで Yeah, no, he was having a 兄 good 弟を day 灯す that のは day. やめろと That was a good day. ガルシアたちに説得してきますが、当然世界が縮んでいて、まあ、今にも滅んでしまいそうなプロクスを見たガルシアたちは、まあ、当然灯すという意思を変えずに説得しています。そうですね、まあ、基本的に人間に干渉しないので、ロビンを使って止めさせようとしたり、まあ、自分では直接手を下さなかったりするんですね。ラスボスの3つ組のドラゴン、ゲームドラゴンが現れました。まあ、これを乗り越えたら、まあ、乗り越えてみせようという、まあ、試練的な意味で、ワイズマンは、まあ、召喚しました。ラスボス戦開始ですね。まあ、この壁を張る系のエナジーを利用して防ぎながら、壁を張るエナジーと相手の行動を1回防ぐペトラや G を回しながら戦っていくことになります。先ほどデュラハンのところで話題になってたジンヘルストームなども使えて結構厳しいんですけど、そういうコードは全部1ターン目に来ることが多いというのがもう分かってまして、まあ、とにかく1ターン目は防ぐグラウンドですね。1ターン目はペトロかグラウンドで防ぐ。その後は、その他は陣を回して召喚をするという。ループを回して、状態異常とかになると、まあ、不足の事態あるんですけど、高火力技ばっかりだったら、まあ、そこまで耐えさえすればいいので、触れることはないですね。なので、まあ、4回行動するので、当然バリアを張るのは必須なんですけど、バリアさえ張れば怖いところはないという感じですね。で、まあ、陣を回しながら、さっきのはピースですね。一旦飛ばしました。一旦飛ばすことによってまたペトロとグランドが回せるようになっているので、
壁を張りつつペトロフグランド、これですね、を回して安全に戦っていきます。Basically make this fight completely free. Sorry, continue, Bowie. No, you were right. Yeah, there's just cycling those three is essentially what we're trying to do. In between those turns, what we're trying to achieve is just trying to ready. 4回コードなんで結構回復したり攻撃したり、あとは1ターン目に状態で技を使ってきたりと、かなり厄介になってきたんですけど、いい具合に戦いています。So we're also going to be cycling in, things like ground and petra being used, and then flint, and then because he used kite, we're going to flint into judgment immediately afterwards. 今ロビンが2回動いたと思うんですけど、これも次のターン選んだ人を2回行動させる陣ですね。名前忘れたを使っています。カイトかな。On these turns again, when we have lull, we use this opportunity to heal, and it just keeps resetting and rotating, similarly to how we did Courthouse, where we'd have one turn attacking, one turn preparing, one turn attacking again like that. So that's cool. こんな感じで陣を使いつつ、何も壁を張れなかったり、相手の行動を防げないときは、ピース、ルールですね。で回していくようにしています。Alright, this is the final turn of the first phase, and after that, the first phase is the longest because we have to do a lot of setup. We have to get Shiba powerful enough. リウムドラゴンを倒した後出ますが、首が1体倒せただけで、あと2本首が残って第2形態に移ります。ここから相手の行動は1回少なくなるのですが、攻撃は結構きつくなってくるですね。で、まだ油断はできます。戦術は基本的に変わることはなくて、1ターン目の行動を防ぎながら召喚をする感じですね。Should be noted as well that for the longest time, there was like a breakthrough that Plexa made a few years back when he finally figured out exactly how Doom Dragon worked. It was like this big thing that I remember him kind of like being like, right, guys, I've cracked it, I figured it out. 唯一気をつけないといけないのが、ルインクラストという全体攻撃の強力な技ですね。Before we had Darkside, we did have, there was like 8 pages of notes of like varying different fights based on what the first 2 turns were. Because we'd figure out what the first turn was, see what he followed up with, so we know where in the 8 turn order he is. Because he's got 8 turns that he rotates his first action. そうですね。バリアがなかったら勝てる気がしないですね。行動がパターンっていうのもあんまり当然初見では気づかないので。So it gets worse and worse, and so it was, there was like so many pages of notes. Just if it starts with this, you do this, and then when you see it change to this, you go to this set of notes. And it was 結構強力なボスではありますが。陣をうまく使えばこういう風に完封できます。I'm a tiny bit worried that I've got something in the wrong place, but we'll see. 幼少期に苦戦した思い出がある人も多いかと思います。ジンヘルストームっていうのが今回使われないんですけど、やっぱりこのシステム、陣システムをもう本当に完全に防ぐ強力な技として当時の子供たちを苦戦させた原因だと思いますね。Now the cruel ruins are going to come in a lot more. So you may remember as well, you may have noticed that there were 3 heads, 2 yellow, 1 red. Does anyone know what those colors denote? Anyone? Any takers? You in the バリア、そうですね。バリアは本当に破格の強さですね。でも倍率とかを書いてるわけではなくて、陣の中では防ぐとしか書かれてなくて、マグナは有名なんですけど、あんまり意識して使ってた人がいないかもしれないですね。手首が1本になって相手は2回行動になりましたが、とにかく1回目の行動は厄介なので防ぎつつ、これですね、ルインクラスというかっちょいい技なんですけど、これがかなりの大ダメージなので、
pretty tricky. So you do have to make sure you have these heals coming through. まあ壁を張ってさえいれば大丈夫なんですけど、警戒は必要です。Something is not quite right. No, that's okay. I think we're fine. Yeah, it should be fine. It seems like you're putting out the damage and it's rotating nicely. This when you bring it in. やっぱり改めてコマンド操作がめちゃめちゃ速いですね。いやコマンドは本当に追い切れないですね。本当に見て選んでるのかと思うぐらい速いです。If not, we will recover. This late in the fight, you could probably just try and find a way to burst it down anyway. So yeah, case in point, this Zephyr is completely unneeded. Oh no, Guard Aura. Too bad we're not doing any damage. Because we're just preparing for the following turn. His Guard Aura is also a priority. So if you both use priority. 今使ったガードオーラというのはダメージを結構防ぐやつなんですけど、こっちはピース使うので関係はあります。One of the final turns. This is the final one. This is the final turn. Everything looks good. Put in the last bit of damage, and that is Golden Sun, the last stage. And time will not be after this. おそらくこれが最後のターンですね。This is the last hard thing to do. We beat him with a Tiamat, with Jenna. まあ陣システムをフル活動すればこんな感じになるという見事な戦術だと思います。Jenna gets the kill, so really it's all her that did it. Well done, dude. Really good job. GG ですね。まだタイマーストップではないんですけど。I'd like to note that by complete accident, I ラスボスは撃破です。Dark Side of the Moon shirt. Fantastic. するとラスボスの3体の首のドラゴンはジャスミン、ガルシアの両親、そしてロビンの父親が変身させられた姿だったんですね。スクレーターは戦いの前に刺して止めていたみたいですけど、止められずに両親たちは力尽きようとしてなんとか治療しようとしてるんですけど、ちょっと無理みたいですね。エナジーが切れてしまいます。He's the custodian of Wayard, as Plexa likes to call him. Yeah, he's all-knowing. That's the point. Yeah. So he knows that once, well, it knows, I should say, it knows that when alchemy is restored to the world through the Golden Sun event, that there's going to be war and chaos and all kinds of things. And we see some of the consequences of that in Dark Dawn. But 仲間たちをワイズマンに怒りをあらわにしていますが、ロビンとガルシアたちは結構気丈に使命を果たそうとしています。This was the final test for Felix and Isaac to basically say, if you, because Isaac has this line where he says, "I knew who." で、最後の灯台を灯すことにしました。Basically implying that they will sacrifice everything to save the world, and that's what the wise man was looking for. And since they're willing to do that, everybody gets out alive, and it's all very good. なぜかジュピター灯台は割れなかったんですけど、灯台が灯るときはこんな感じで割れます。Pretty wise, pretty wise. He is a good kid. So wise one, that one. Felix is much more stoic in general, much more quiet, a reserved kind of hero. But ここでまあどこから声が聞こえてくるんですが、マーキュリー灯台ですね。灯台が撃つと思ったら危険なので灯台から離れようとワイズマンからのお告げがあったみたいですね。灯台はしれっと元に戻って点火されています。ぴったりと。まあジュピター灯台からも灯台から離れようというお告げがあったというまあ話が先ほどのハモ様から届いています。いよいよ錬金術の解放、まあ、黄金の太陽現象と呼ばれるものが始まります。Now that we're here, just once again, I cannot express enough gratitude that we were able to raise 50 grand for Dullahan. That is insane. とにかく灯台付近は危険なのでロビンたちは脱出しました。Showcasing a game that is very long for a marathon. So to be given the responsibility of the time slot, I hope we
we did you all proud, so thank you for having us. And lots of people I got to shout out. I got to shout out my dad because I didn't shout him out last time. I felt bad about it. So I spent 3 years in Australia. I'm from New Zealand. I live in New Zealand, but I spent 3 years in Australia, and I was speedrunning stuff in Australia, which is really cool. But he'd get a little bit lonely sometimes because all the kids have moved away from home. まあその黄金の太陽現象が起こるのはロビンたちの故郷にある He's all alone. He knows nothing about Golden Sun. Absolutely nothing. 山ですね。ソル神殿とかがある山なんですけど、そこの様子を見に行こうということになりますね。And of course, my wife, who puts up with me doing this, she's great as well. I didn't shout her out either. で、ロビンの父親やガルシアたちの両親は東大のパワーですね。東大にはおそらくそのエレメンタルを補うというか、火のエナジストは火のエレメンタルによってまあそのパワーを得ることができるので回復しました。でまあ死なずに済んでますね。なんでワイズもああいうことしたんだという感じですが、まあ、本当は誰にも被害が出ないようにしてて、まあその人間が錬金術に打ち勝てるのかどうかの試練をガルシアたちに与えたんじゃないかみたいな、おそらくそういう締め方だったと思いますね。実際にワイズマンが何者なのか、どういう意図があったのかは語られることはないですが、まあ、とにかく村の様子を見に行って使命は果たしたというエンディングですね。ここで GG です。タイマーストップで。タイム5時間57分ということで、まあなんかとてつもないタイムですね。I know we want to keep the show moving, so I do really need to show off this last little thing while we do our epilogues. So, ラストは黄金の太陽現象を先回りして錬金術の力を手に入れようとしてるんですね。アレックスが。アレックスは東大の方には言いずに、その錬金術の力を得るために先回りしてたんですが、すべての力を手に入れたと思っているアレックスですが、ここでなんと普通に負けます。on this stage is incredibly humbling. So thank you very much for, again, as Plexa said, giving us the responsibility, and I hope we did you proud. It's a real pleasure. でまあこれは誰も覚えてないと思うんですけど、前作の冒頭30分ぐらいのところでマーズスターにワイズマンが細工をしているシーンがあって、それが伏線として、まあ、完全な状態で錬金術のパワーを得ることはできなかったという。まあ伏線が回収されていますね。で村に帰ってきた一行ですが、村は沈んでいるんですね。自分たちの故郷の村はもう黄金の太陽現象に巻き込まれて崩壊して愕然とするロビンやジェラルドたちだったんですが、Picture books are the best. Oh yeah, they are. They're really good. It's absolutely amazing, though, how much the community is growing. And I've barely been able to keep up with everything that's been going on with Dark Dawn, but just seeing that game finally get broken, and honestly, probably going to end up faster than ここでみんな無事だったというハッピーエンドを迎えます。この村の人たちが無事だったのもワイズマンが逃げろということをあらかじめ伝えていたから無事に済んだということですね。1枚目があるのはここぐらいなんですけど、本当にいい1枚絵だと思います。Yeah, this is my favorite game of all time. It's a pleasure to speedrun it, and that end. Thank you very much. ということで、おしまいですね。時間にもわたる長時間の解説、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、があれば、
いや、特に宣伝はないんですけど、拙い解説だったのは、自覚していますが、皆さんありがとうございました。6時間、お疲れ様でした。本当に素晴らしい解説だったと思います。ありがとうございまして、黄金の太陽、失われし時代、2% のセーブ&クイット、解説はライトさんでした。はい、ありがとうございました。じゃあ、ライトさんからは何もないということなので、次のゲームの準備についたいので、失礼したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Which, for those wondering, that is our next incentive. Let me double check real quick. It's the bonus game for Hitman 3. I believe it's to add the trilogy campaign, which is the SASO professional run of Hitman 3. Right now, we're at $41,809. We need 70,000. So we are already pushed the halfway there. I know we can make that incentive happen, make that bonus game happen. And then we have a $250 donation from Unholy Sheep that says, giving me for a good cause and getting to enjoy people break my favorite games. Count me in. And with that, we're going to be taking just a little break. But don't worry, we'll be right back. Get a snack, get some drinks, and we will be right back.